れ慣れてんじゃないか。いやいや。岩津先生聞いた話も。ああ、どうもご無沙汰してます。しかし岩田先生隣に座られるとすごい話しにくそうなんです。どうも本当にお久しぶりです。はい。どの順序にしますかね。スケジュール表ありますよね。順序は決まった。一応順番でいけばですね、最初三上さんに僕がやって、次に高橋さんで、次に山本さんというそういう順番で、各30分僕が45分ですか。いただきます。いや30分ずつ。30分。ああすいません。それを少し休みまして、各45分ずつ討論をして、最後に45分の総括討論をしています。あんまりそこをきつく別にタイトにしないで、はい、皆さんとね、自由にこう議論できるような感じでやっていった方が、はい、後半はね特にいいんじゃないかなと思います。できるだけいろいろ活発にね議論ができる。じゃあそういう提案ありましたね。お前の共同幻想論は理解間違っとるとかね。宇田さんなんかいるから。わかりました。宇田さんの共同幻想論については私の本より売れたみたいな。私の本さっぱり売れ、いやそれでもね僕としては結構売れた本なんですよ。2000部ぐらいはいったみたいだから。それくらいはいったんですよ。まあこれ割に小ぶりな本だったしね。私の本としては異例に売れた。ただし重版にはなってないですよ。私の本で重版した本ってないんだよな。なぜか。たった一つだけあった。別冊宝島っていうやつでね、あやさんと一緒にやって、保守反動思想家になった。これがね、我々で一番あれ売れましたね。8万4000部ぐらい売れたんですよ。あれはやっぱそんな売れたの？そう、萩さんと僕と菅秀美だ。それからゴチエだ。あれゴチエもなんか最近吉本論書いてたよね。共同幻想論するこそね。全然分かっちゃいない。単に全教徒の共同幻想に過ぎないみたいな話。ちょっと変だと思う。まあいい。ちょっとね、僕に水をくれませんか。どっかで。ちょっと待って。だから始めてくださいよ。高橋さんから。そこはだってあれでしょう、何言ってるんですか。共同幻想の講座を担当してる三上さんですよ。三上さん。すいません、三上さんってちょっとね、三上さんっていうものをどうしてもこう呼びにくくて、やっぱアジさんというふうにね、そう呼ぶことをお許しいただきたいと。じゃあちょっと僕のから始めましょうか。はい、だから今日はまずアイさんに。ちょっと遅れてきてすいません。遅れてきてすいません。今ですね、僕は図書新聞で、共同幻想論も含めてですけど、吉本龍明と中上健二という題でですね、1年間の、連載をやってるんですね。でちょうど今ですね、
その23回目で初期の中上の話をまあこれから少し27、8回ぐらいまでやるつもりで、いて、でその前段のところでですね、共同幻想論と南東論の関わりみたいなことで、まあ、ある種のその共同幻想論を吉本がある程度その思想的にね実験したと言ったらおかしいですけど、まあ、試みたというかね、そういう意味で、南東論の位置があって、で南東論がまあその意味では72年の復帰後、まあ、あまり言われなくなって、いた問題を少し言及してるんですね。でこれはもう一回、80年代反核議論からまあ80年代の頃にのところでもう一回吉本がアフリカ的段階論を提起する初段階なんですが、そういう、まあ、アジア的なものからアフリカ段階へという問題提起をする段階でですね、もう一回それのところを触れてみる。もちろんその段階でハイメージ論とか南東論の一応ついて書いてるハイメージ論の評価とかっていうのも全部含めて、でまあ中上の評価とちょっと重なってくるところのところを書こうというふうに思ってるわけです。でその段階でですね、ちょっと僕がやっぱり今のところ気になってることっていうのは、まあやっぱり誰もあまり書いてないんですけど、やっぱり共同幻想論から南東論への中座の段階と、まあ、80年代でもう一回試みた色とした、まあ、その後吉本さん自身はボケ論とかいろんな形でその続きを書こうとする、展開はずっとあるわけで、アフリカ的段階論の提起もまあその一つなんですが、そういう中でですね、その中座の意味というのを現代的にどう考えるかということで、今再びまあ提起されている沖縄闘争のここ数年の沖縄問題の提起というのとね、それからまあある一方では原発問題があるわけです。原発問題をどう考えるかということで、それからまあ最近話題になっている、まあ、もう一回浮上しているですね、これは断続的にずっと浮上してくるわけですが、憲法の問題でね、この3つをですねもう一回どういうふうな手段で捉えたときに共同幻想論自身が検討に値するのか、あるいはもう一回それを受け継げるのかということで、ちょっといろいろ考えているところがあるわけです。でこれに対してまあ一つの批判というか批判の一つのね展開というのはまあ武田誠治がですね、人間の10の人間的条件というのだったっけな、本でですね、吉本の共同幻想論はマルクス主義の、まあ、暴力実態論に対する批判、まあ、大きな意味でアルツェルの重層的決定論も含めてですけど、マルクス主義の批判に対する幻想論的批判としてね、さまざまに出てきている幻想論の類型では現代やっぱり国家の問題は解けないという形で批判してて、この問題をもう一回どういうふうに現代国家の問題として解けるのかということと、まあ南東論の中座ということをまあ考えているわけです。それでそういう中でですね、じゃあ今国家の問題あるいは共同幻想論の問題を書くときにもう一回どういう原則的な立場で問題を書かれるのか。で当時まあ共同幻想論がいろんな形で読まれてきたわけですが、どういうところがやっぱり問題だったのかということでですね、僕がそこへ一応その分析を僕の分析が手を伸びてみる。で伸びようとするときにどこで僕は今そのなんていうんですか、その困難性を感じているのかというか、ちょっとそこで行き詰まっているのかという問題を一に話をしてみたいというふうに思っています。で共同幻想論自身はですねいろいろ言われたんですが、国家論であるかないかという議論が一つありますね。で僕はやっぱり共同幻想を対象にしているという意味ではですね、国家が共同幻想を本しているという意味では国家論ではあるんだと思いますが、でまさに国家論として読んでいいと思うんですが、
ただですね、国家以前の国家と国家以降のにもやっぱり共同性という問題はやっぱりあるわけですね。その意味でですね、国家が全ての共同元素を追い尽くすわけではないと。だから国家以前の共同性の共同元素の領域世界とか、あるいは国家以前のですね共同元素の世界ということは当然あるわけですから、そういうことを射程にして、もともとそういう問題意識もないところの国家論を前提にして共同元素論を解いてしまうとは、共同元素論自身を狭い枠に縛ってしまうという意味でですね、共同元素論はやっぱり吉本さんが言うように国家論ではないよという意味では、国家論よりもうちょっと違う射程でものを考えてるっていうか、人間が生み出した共同性の領域っていうか、共同幻想性の領域というそういう問題をですね、中での共同性の領域をどういうふうに理解するかという広い歴史的射程で、国家以前国家以降ということも含めて、考えているというで、当然その中に国家の問題が含まれるわけですね。でそれは共同幻想の歴史的対応、あるいは共同幻想の対応、あるいは構成形態、彼の言葉で言うと対応構成形態論として書かれているわけで、その中で宗教と法の問題という形でいろいろと解かれているわけですが、そういう射程でその共同幻想論自体はやっぱりあるんだということは一応認識してですね、で我々はいやおなしにですね、歴史以前と国家以前と国家以降をやっぱり現代的に意識しないと国家の問題はやっぱり入れない。で国家プロパーというか国家が全てでね、で国家論から入ると国家論で終わって袋みたいな形で、なんかそこで終わってしまうとかですね、国家論に伴うイデオロギーなり概念なりのですねところに、なんかそこで足を食われてしまって、そこからやっぱりそれ自体を相対化する視点というか、それ自体を分化する視点がやっぱりどうしても見出せないという意味でですね、国家の問題を論じるんだけれども、国家以外のもの、国家以前のものっていうのを同じ共同性の設定の中で、もちろん対元素や自己元素という領域からの問題もあるわけですが、設定の仕方できちんと問題をやっぱり把握できるという意味で、一応共同元素論はそういう射程を持ったものとして前提的に理解をしたらいいんではないか。でその中でですね、共同幻想論でから南東論へっていうさっきの話にちょっとなるわけですが、吉本さんはやっぱり一応その共同幻想論自体が連載始めるのは66年ぐらいからでしょうけど、68年の時に本としては交換されるわけですね。でその段階で当然68年の段階の闘争っていうのはまだどうなるかっていうことはそんなに意識されてなかったかもしれないんですけど、もっと直前になって急に盛り上がってるわけで、直前まではですね、これ竹内義美が65年ぐらいの展望という雑誌でね、70年は目標になるのかどうかっていうそんな設定をしててですね、どうも70年は60年安保闘争みたいにならねえというふうな悲観的な情勢分析をしているものがあって、それはそういう動きなんですが、その60年代のですね68年直前になってぐっとこう盛り上がってくるわけですが、吉本さん自身はやっぱり60年安保闘争の時はね、一行動者として60年安保の中に関わっていたし、文土との動きの中である種の共感的な位置を持っていたと思うんですが、自分でですね理論的っていうか思想的な何かを持ってですねそこへ乗り込もうというか、それに対応しようという構えはなかったと思うんですね、60年安保闘争には。だからむしろ60年安保闘争は行動者としてそれをずっと付きていって、その動きをやっぱり正確に認知しようとしたけど、自分で国家の問題、あるいは権力の問題、階級の問題としてそういう問題をね、運動との絡みの中で提示するっていう判断はですね、なかったと。で60年70年の頃はやっぱりそのことをどこまで意識したか知らないけど、一定程度意識してて乗り込もうとしてたんじゃないかっていうふうな形は当然考えられるわけですね。でこれは僕もちょっと書いたことあるんですが、65年の頃にですね、ちょうど吉本さんと三浦勉とに呼ばれてですね、思考新聞をやらないかっていう話があって、思考新聞のような編集をやらないかっていうので、思考新聞を作るんだという、思考って雑誌が出ましたね。
彼に新聞を作るんだっていう。でどういうあれで、作るんだってやっぱり政情力をやるんだという、まあ、例による全国政治新聞のイメージなんでしょうけど、石本さんとか皆さんは独自の形で政治新聞みたいなものをイメージしていたんでしょうけど、そういうのをやっぱり装置したい、作り出したいということで、やっぱり70年に向かって60年とは違う形で、運動に関わろうとするというか、運動に関わろうとする結局かなり利益があったと思うんですね。でまあ僕はその時ちょうど65年で大学ちょうど中大で、当時の文道社学堂ですけど、僕もその前に全国緊張やってたんですけど、実際上ほとんど僕は自立派独立派ですけど、その自立派独立派もまたね明大系と分裂してほとんど孤立状態で、もう行く場所がないというか政治組織的にも離れた状態で、いてですね、今度孤立のような場所にいて、随分迷ったんですが、それでまあもう一回でも実践的な運動に戻りたいという欲求も結構あって、もうやり尽くしたことがちょっと残ってるっていう感じがやっぱりどうしてもあってですね、それで、ね、70年、に向かってですね、もう一回ちょっと大学に退学処分食らってたんですけど、大学に復帰したっていうこともあって、もう一回やっぱり、清楚政治運動をやりますということで、ちょっとそこへあれしなかったことがあったんですが、その過程で見ると吉本さんは割と70年のそのに向かってですね、そういうことを考えてると。でそういう意味では共同幻想論自体は言語にとってみては何かとは違って、言語にとっては何かの、ある程度言語論というのを一番規定に置いてですね、言語表象論を置いて共同幻想論が書かれてるわけですが、心的現象論を書いてるっていうのはちょっと別個で、共同幻想論はそういう位置づけを一定程度持ってて、共同幻想の理論的展開の後にナショナリズムの問題で、要するに日本のですね、古代政権の間の空白期間という問題をどう埋めるかということの問題を、別個の形で提起はしてるわけでしてたんですが、そういう問題意識でですね、現代の問題を書こうというふうな意欲があったと思うんですね。で実際その当時の流れで言いますと、一方では三島由紀夫が出てきて、三島さん自身が政治的な過程の言動を始めるのは1958年ですが、文化防衛論を書いて、文化防衛論から70年までですね、ああいう天皇制の問題を提起してですね、腹切るという、ところまでね、全教統があると。で一方で戦中派のもう一人の有力なイデオログだった橋川文蔵さんって方がいるんですが、この方はやっぱり1968年に紀ノ国屋からですね、ナショナリズムっていう本を書いてるんですね。でこれは明治維新からのネーションの問題ということで、ナショナリズムの問題、ナショナリズムネーションの創出運動として明治運動、明治維新をもう一回捉え直すという観点でね、でちょうど1968年が明治維新からちょうど100年なんですね。でちょうどそれでもう一回日本におけるその国家の問題を見直そうというか、そういう問題提起をしようというふうな形で、これも中断で終わってるわけですが、一応出揃っていると。でこれに対して当時の新左翼系の運動はですね、60年安保から70年の闘争が過程の中で、やっぱり学園闘争とはちょっとまた別個の位相で登場するんですが、やっぱりベトナム反戦闘争から沖縄闘争へという流れが出てきて、やっぱりベトナム反戦闘争、ベトナム問題をどう捉えるかということがあってですね、実はこれは本当大変混乱してましてね。で一方であれは民族解放闘争、非抑圧民族の解放闘争だという観点で、ナショナリズムの闘争だね。一方でこれはやっぱり社会主義を目指す闘争だっていう世界革命の観点から、あれに強引に社会主義っていうのを付け加えてですね、民族解放社会主義というようなスローガンをくっつけてですね、なんとかベトナム問題を言ったような感じにしたんですが、どうもなんかね、呵責に合わねえっていうか、ベトナム問題のことをやっぱり我々の現代の日本の国内での1968年の海峡闘争という問題でいいんですかね、その問題と結びつかないということに関して、割とちょっとこれにものすごい空撃があるということで、ちょっと悩んでたのでね、でちょっとこれはどうもなんかここのところに展望っていうのを開けないということで悩んでたわけですが、それで
まあそういうことでその後にその沖縄が出てくるわけですが、沖縄の時もね、これは奪還闘争っていう、まあ、本土復帰自体っていうのはね、一つの政治的具体的なプログラムとしていい悪い別にしてそれは進行することなんだけど、それをナショナル民間では本土奪還論で位置づけるのか、それとも沖縄解放独立論でやるのか、それともそういうような議論があって、これも我々はちょっと答えられようがなくてね、沖縄問題ということで沖縄解放問題という言い方でごまかして沖縄闘争とかね、そういう形で処理して、まあ乗り切ろうとしたわけですね。でそのやり方はもちろんベトナム問題と同じ延長上にあったわけですが、その時代のやっぱり問題をどうその認識するかと。で当然これは後でポストモダンの連中が1968年の世界革命という、ね、いうことで言い出すんだけどね。で本当に我々が直面した問題は世界革命どころじゃなくて、それ自身を世界史の中でどう位置づけるのかというような問題で、やっぱり、で我々自身の問題を考えてやるのかというところで本当に空白状態、いろいろ言葉はあるんですけどね、全然信用的な理念的な言葉はあるんだけど、この言葉が全然こう肉体になっているような言語じゃないという、そういう意味で我々の表出感覚から見ても、我々のその理念的な意味での身体性っていう意味でも全然そういうものにフィットしている言葉じゃないというですね、ことをですね、まあ、割と敏感な連中は一応感じちゃったわけですね。だから、まあ、暴力性として表出できる戦いのそのなんていうか闘争のね、運動のその表出感覚っていうか表出意識とね、それを表現した時の理念っていうのは暴力革命とかそういうものも一方であるんですが、一方でそれと同時に世界革命か民族革命かという議論自体もですね、これもどうも違うんだということはより明瞭だったんですけど、回答がないということで、まあ吉本さん自身が共同幻想論を書いていることで、国家の問題に対してある程度違うアプローチをしているということに関して影響を受けてて、僕自身が実際上共同幻想論を読むのはですね、その出た当時ではなくて、その当時はとても読み切れてなかったんです。連載してるってのはちょこちょこと上読みしただけですね。で実際上読むのは70年に獄中に入ってからもうゆっくり読み直すという感じになるわけですから、当然なんで、ですけども、で逆に今度は68年出てきた時には沖縄問題と南東論の絡みでですね、共同幻想論の延長上でもう一回、それがどういう位置を占めるのかということを考えたわけですね。そうすると確かに吉本さんは共同幻想の国家以前の段階ということと国家以降の段階ということを非常に射程にして南東論の問題を書いてるっていうこと自体で、南東論の提起っていうものがそういう問題を含めた問題提起として十分にあり得るということだけど、そうすると現代の国家の問題との間の距離がね、あってどうもそこの間の現代の国家の課題というのと媒介的に前が結びつかない、現代の国家の問題を提起するときにはどういう媒介がそこにもう一ついるのかという、で沖縄闘争の問題も現代にあるわけですが、でそのことはずっと当時から悩んでたんですね。でそうするとその時に最近の沖縄問題でいうと中里君という沖縄の理論家っていうか思想家の人がね、やっぱり沖縄の現代の最近の新しい闘争をやっぱり自己決定の琉球港の自己決定というね、国民の地域自民の自己決定というような概念とネグリの公正的権力論と結びつけてね、でここに一つの南東論ともう一つのつなぎ方を現代民主の闘争という形でつなごうとした展開をしてるんですね。でこの問題はやっぱり割と重要な問題を提起してるんじゃないかということで、僕はやっぱり我々にとって憲法の問題をやっぱりなかなか我々直接語れないっていうか、出てくればね、憲法に対して反応として出てくれば憲法はそのね権力を縛るもんだと一般論、立憲主義の立場がどうだこうだって一般そういうことはいくらでも喋れるんですけどね、どうも本当に我々にとって憲法とは何なのかっていう、憲法と戦う主体的に憲法をどういう問題として捉えてるのかっていうことになるとですね、ちょっとやっぱりしっくりこないというで、どうしてもだから政治的プログラムとして権力の側から提起する憲法の改正に関する賛成反対だっていう意向やね、闘争のものはいいんですけど、じゃあ憲法の問題を日本国家のね、歴史の問題と国家の現代の問題として我々の国家のことをどう考えているか、あるいはどういうふうな形で国家イメージを乗り越えていこうとして提起しているかという、そういうですね70年以降、ずっとここ何十年間の問題ということで
言えばですね、国家論、憲法と論を解けないというか、もう少し今、肉薄できないというところで、僕自身が今、そこのところで、かなり憲法に関する本を書いてくれってオファーがあるんですが、やっぱりそこのところでちょっと今、苦言してるというか、ちょっと悩んでる。で、ちょうどさっき言った沖縄問題と憲法問題、そういう時にその中間の媒介みたいなものはどう入れるのかということがあってですね、でこのことで共同幻想論はどういうふうに起源論から現代論へ、現代の共同幻想論というところへ問題を移した時にどういう問題が出てくるのかなということで、正直僕自身はもう一つ悩んでるんで、そこで問題提起だけしますとね、2つの問題があると。で1つはですね、やっぱり吉本さん共同幻想論の序文の中で言ってるですね、社会との関係、ある関係を通して、共同幻想領域と非幻想領域が関係するという言い方をしているところありますね。でこれはもう非幻想領域の独自性という形でですね、ある面でマルク主義的な一種の幻想領域との還元論に対する批判としてね、独自領域論というのは吉本さんの大きなポイントになったわけで、これはこれで幻想性の領域ということを明瞭にするために必要だった措置だというふうに思いますし、非常に大きいんですね。ただですね、これは幻想性の領域がただ日本ではこの戦前、国体論なり天皇制の問題として非常に強力に出てきたっていうことの問題になるわけですけど、大正デモクラシー以降のね、左翼思想の問題ではね、憲法の問題もそうですが、あんまり問題にならなかった。要するにその自由とか国家とかですね、そういうレベルのこの幻想領域でのマルクスで言えば2050年代ぐらいまで書いてるマルクスの国家の問題っていうのはね、日本でいうと明治維新の住民権運動からですね、あの辺でやっぱり切れちゃってる。それ大正デモクラシー以降の問題としてはむしろ左翼思想としては階級問題が中心になってくるっていうのがずっと出てくるよね。でこれは1947年の世界革命、あるいは48年の世界革命と言われるやつ以降のですね、大きな思想の枠組みでいうとやっぱり階級問題が前面に出ることによって、それ以前のフランス革命からそれ以前の問題になっていた自由とか民主主義とか近代国家の問題っていうのはね、いわば相対化されてしまっているという、そういうのがあってですね、それがズボッと70年で落ちてきて、それでもう一回そういうのがあって、ある程度それである程度重層で国家論みたいな形を書かざるを得なかったという形でですねあったけど、その社会国家みたいなやつですね、山本さんの言葉とかで社会国家ということになるんでしょう。それでいいと思うんです。経済国家でもいい、社会国家でもいいんですが、政治的幻想的な領域の国家に対して経済構成領域がどういう関係性を持ってですね、現代の問題の中に幻想論の中に位置づけられることができるかということが一つ重要な問題で、現代でも今でもね、憲法問題のアベノミクスみたいなああいうものがやっぱ全面ずっとできていることの社会的な動きということと国家を考える場合にどういう位置づけられるかというのが一つですね。それからもう一つはこれ山本さんもどっかで吉本龍の思想が展開されていると思うんですけど、思論の問題でね、要するにがあるわけですね。で武田誠司さんが展開しているのは、もう一回ヘーゲルの思論に戻って思論から従論で国家論で、彼はアレントの問題までをむしろそこで取り上げてるわけですが、国家論でいうと思論としてね、そうすると主体の意思という概念で吉本さんが世界認識の中で、我々はフーコーとの財団の中でね、マルクス主義が処理した意思論の領域の世界を受け継ごうとしてるんだっていうふうに言ってるその意思論というのをね、どういうものと理解するかということがあって、どうもですね、共同幻想の意思というのはね、主体の側から共同幻想に向かっていく意思というのはやっぱり半分で逆にするわけですから、向こうから来る共同幻想という意思というのは意思させられてしまう意思というね、そこのところにね、どういうふうに関係できるのか、でそれを我々がどういうふうに現代的に理解できるのかっていう、そういう問題って、それは結局
実践的にはいつも本当は分からなくてですね、後で分かっていくっていう過程でしかないのかと。でそういうふうに螺旋で展開していくので、我々が今ある国家意思というやつ、国家意思の現代性とは何かというような問題をですね、掴もうとする時自体はですね、我々はむしろ掴めないんで、結果として行動して後で分かるというふうにしかも見えないものなのかどうかっていうことでですね、それは例えば政治過程で国家のビジョンなり構想なりを考えたりするときに、そこの問題にやっぱりぶち当たっててですね、だから共同幻想論がある程度後の結果の運動の結果としてはものすごく理解ができやすいんですけど、共同幻想論を持ってですね、現在の情勢分析やり先の国家分析やろうとするのはちょっと方法的に無理なところがあるのかというようなことに関してですね、ちょっと悩んでる、自分も解決はつかないんですけど疲れてる。でこれ、最後に一つだけもう一つ言いますとね、僕最近ですね、連合赤軍の全体像を残す会というグループがありましてね、でそこのグループのメンバーに呼ばれて、ちょっと話をしに行ったことがあるんです。話をしに行ったって聞きに行ったというわけです。でそこで岩田啓二さんっていう人が、72年ぐらいに連合赤軍事件、共同幻想論を使って連合赤軍事件の分析をやってるんですね。でなかなかこれが見事な分析で、72、3年頃でこんなもの書かれてるのかと驚くぐらいちょっと面白い文章なんですが、でそれのちょっと後で何かがあれば木端さんあげてください、もし持ってればね。この間の僕の共同幻想論の回でも使ったんですけど、なかなかいい分析をしてるんですよね。そうするとやっぱり共同幻想論が連合赤軍事件みたいなやつは誰も解けなかった角度でですね解明してるんだけどね、じゃあ積極的に共同幻想論がじゃあ時点でどういうふうに連合赤軍事件をやってる連合赤軍派のメンバーのですね、やっぱり国家イメージや運動イメージになり得たのかっていうなんとなくの絡みで、そこら辺のことをもうちょっとですね自分としては考えあぐねているところがあるということは、僕自身は今経産省内でですねテントに1週間に1遍ぐらい泊まり込んで、脱原発闘争をやってるわけですけど、先行きの闘争の展望をね考えるっていうか、構想を描くっていうか、国家の構想を描いていくっていうのを実践的に描いていくっていうことがなぜ困難なのかという問題で、それはもう本当の分からなくて無我夢中で運動と実践した結果でね、むしろ見えてくるもので、先行き見えるというふうに考えると無理なのかという、そういう問題をですね、実は意思論の領域の問題、意思論という世界の問題として課題なのかなというか、そこのところが意思論をどう理解するかということで、ぶつかっている問題だというような形が今あるんですね。大雑把に、あちこちすっ飛んでな話をしましたけど、また議論の中でそれぞれ分かれればですね、細かく話をさせていただこうと思いますので、とりあえずは僕の確認させていただきます。以上です。どうもありがとうございました。そしたら続いて、僕の方から。今、梶岡さんからもお話があったところに、もしかすると触れる形にもなるかもしれませんけれども、ちょっと僕の方からまず、共同幻想論をめぐって、僕なりのお話をさせていただきたいと思います。共同幻想論という本、これは先ほど皆さんも言ったように1968年の確か秋だったと思います、初めて単行本が出て、当時僕は高校3年生で、ちょっと親が海外に行った関係で豊島園の近くに下宿をしていて、西武線の豊島園の駅からその下宿へ行く間に一軒本屋さんがあって、そこに共同幻想論が出るということで予約をして、出たばっかりの時にその本を手に入れた。とても嬉しかったというのを覚えてるんですけれども、しかし言うまでもないんですけれども、読み始めたらさっぱり歯が立たないわけですね。理解できない。なんとなく時代の状況の中で
多くの人がそういう接し方をしたその国家共同幻想だとかそういう切れっ端めいた言い回しの中で本を読んだつもりになってたっていうようなところがあったような気がしますけれども、しかしその後いよいよ本格的に自分なりに共同幻想論というものに取り組もうと何度か試みたんですけども、正直言って挫折の連続であったと。字面では読めるにしても一体この本が何を言おうとしているのかっていうのはどうしてもつかめないというもどかしさがいつも残っていたっていう気がします。で、ようやくそれが少し自分の中で変化をしたかなっていうふうに感じたのが、こちらに山本さんいらっしゃいますけど、山本さんが前のアソシエ21で吉本龍明の講座をやってらっしゃった。ところが山本さんが水星行かれるということであとは頼むと言われてその講座を僕の方が引き継いだ形で結局その講座が7年続いたっていうのも、ちょっと驚くべきことであったなとは思うんですけれども、その7年続いた吉本講座の中で改めて自分なりに吉本さんの本を、読み直す機会というものを持ってでその中で特に共同幻想論ですね、それを読み直す中でようやく自分なりに共同幻想論ってこういう問題を論じてるんではないのかなっていうふうに、つかめ始めたという感じがしました。でまずそれについてちょっとお話をしたいんですけれども、僕は共同幻想論という本はあるいは共同幻想論というこの著作を通して吉本さんが共同幻想という概念をめぐって何を論じたかったのかということ、これ先ほど有田さんも共同幻想論は国家論であるかという問題を提起されているわけですけれど、もちろん共同幻想の中には国家としての共同幻想という部分、つまり国家幻想としての共同幻想という部分があることは確かなわけですけれども、しかしそこに全ての共同幻想が還元できるわけではない。むしろその国家としての共同幻想以前の共同幻想と、それから国家としての共同幻想以後の共同幻想と、この2つの共同幻想の段階を含めて、これもさっき味岡さんがおっしゃったことですけれども、この共同幻想っていうのを考えなければいけないのではないか。で僕はその国家としての共同幻想以前の共同幻想っていうのを、とりあえず起源としての共同幻想というふうに名付けてみたらどうかというふうに考えています。で起源としての共同幻想、実はもう少し考えていくと、この起源としての共同幻想自体二重の段階で考えなければいけないのかなというふうに思っています。ただ大雑把に起源としての共同幻想、つまり国家としての共同幻想以前の共同幻想という段階、それから次に来るのが、国家としての共同幻想の段階、そしてさらにその国家としての共同幻想の向こう側というか彼岸というふうに言ったらいいんですね。お彼岸の彼岸ですね、彼方の岸という彼岸としての共同幻想というのがあり得るのではないか。で、そうするとその人類における共同幻想の、段階というのは起源としての共同幻想から国家としての共同幻想へ、そして国家としての共同幻想からさらに国家の彼岸としての国家としての共同幻想の彼岸にある共同幻想へという段階を踏んで、この場合にじゃあその何が一番問題になるかっていうと、実はその起源としての共同幻想と国家としての共同幻想の間の非連続的な継ぎ目というか展開点、ここがどうなってるのかという問題。それからもう一つは言うまでもなく、国家としての共同幻想からその国家としての共同幻想の彼岸にある共同幻想への出口のところでのやはり非連続的な継ぎ目という、この2つの継ぎ目というのがおそらく共同幻想とは何かということを考える上で大きなポイントになるだろう。でそういうふうにして考えた上で改めて吉本さんの共同幻想論を読んでいくと、その継ぎ目に関して一番実は問題になっているのは共同幻想そのもののではないというと変な言い方ですけどね、
実は共同幻想のその今の3つの段階のこの非連続的な継ぎ目のところで問題になっているのは共同幻想そのものではないんですね。ここが僕は一番共同幻想を読む時の重要なポイントじゃないかということを見つけたというか気がついた。じゃあその時に共同幻想ではないとすればその継ぎ目のところで問題になるのは何かというと実は対幻想なんですね。でこの共同幻想が次のステップへと移行していくその非連続的な展開点継ぎ目のところで常に問題になるのは実は対幻想の構造であるということ。したがって共同幻想論という本は実はその一番核心のところに対幻想論というもう一つの構造を含んでいるということ、そのことが共同幻想論というテクストを読む時の一番大事な視点ではないかなというふうに思います。で、これについてはまた後ほどだと思うんですけどお話をしたいと思うんですけれども、改めてとりあえずここでじゃあ継ぎ目のところで対幻想が問題になるといった時にその対幻想ってのは何なのかっていうと、これはもう端的に吉本さんが言っているように性の問題ですね。セクシュアリティの問題である。じゃあ起源としての共同幻想から国家としての共同幻想への非連続的な継ぎ目において問題になる対幻、性としての対幻想の問題は何かっていうと、もうこれは端的に近親相関の禁止というインセストタブーの問題ですね。インセストタブーがなぜ発生したのかと、この継ぎ目のところ起源としての共同幻想から国家としての共同幻想に至る非連続的な継ぎ目において問われているのが、なぜ人類は普遍的なタブーとしてインセストタブー、近親相関の禁止という一つのルール、掟を生み出してしまったのか、しまったっていうのは変ですけど生んだのかっていう問題、これに尽きると思います。で、じゃあ今度は逆に国家としての共同幻想からその彼岸にある共同幻想への非連続的な継ぎ目のところで問題になる対幻想、性としての対幻想は何か。これは非常に難しいんだけれども、とりあえず言える吉本さんの言葉っていうよりも、これはもともとはドゥルーズ語りのジル・ドゥルーズとフェリックス語りの言葉ですけど、エヌコの性という、つまりこれはフロイトの言葉で言い換えると多形盗作っていう問題ですね。性が限りなく多様化するというか多形化するという。つまりヘテロセクシュアリティだけではなくてホモセクシュアルや、ゲイレズビアンを含めたホモセクシュアルやもうさまざまなフロイトが多形盗作と呼んだようないわゆる性的異常というふうにかつては呼ばれたようなさまざまな諸現象の中でセクシュアリティの構造がどんどん変化していく。でそのことを端的に思想的に表した言葉が僕はドゥルーズ語りのエヌコの性という概念だと思います。このエヌコの性というのが国家としての共同幻想からその彼岸にある共同幻想へと出ていく、その出口のところに生じる非連続的な継ぎ目に関わる対幻想の本質的な課題であると、エヌコの性というのが課題である。でこれはもう少し言うと国会の共同幻想が入っていくところでは近親相関の禁止というインセストタブーという掟の問題であると、国家のから彼岸への共同幻想に出てくるところではそのインセストタブーのタブーさえもが相対化されるような意味でのその性の規範性の全面的な妖怪というか崩壊というか性を規範化していたさまざまな契機というものがどんどん妖怪していって性に関するタブーというものがほとんどなくなっていく、消滅をしていくということと、その国家幻想から彼岸としての共同幻想へという非連続的な継ぎ目のところの問題っていうのは同じ問題として捉えることができるだろうというふうに考えています。この問題はちょっと後でもう一度触れたいというふうに思います。基本的にはそんなような形で、共同幻想の問題というのを真ん中に、もちろんだから真ん中にある国家としての共同幻想というのは大変大きな問題を含んでいることは確かなわけだけれども、しかし
共同幻想の問題は国家論に尽きるわけではないと。国家以前の共同幻想と国家以後の共同幻想も含めた形で共同幻想は論じられなければいけない。でそれを論じとすれば今言ったような形で一つモデルを作ることができるのではないかということに講座の中で、吉本共同幻想論を取り上げた中で、ようやく自分なりに気づいたというか、そういう読み方へと至ったということが一つあります。それについて後でこの吉本夢と共同幻想という本にそれを、その読み方を自分なりにまとめたわけですけれども、さあそこでもう一つ先ほどの味岡さんのお話とも関連をしながら考えてる問題は、今先ほど言った後者ですね、国家としての共同幻想から悲願の共同幻想へと抽出していく、その国家幻想から抜け出ていく、この問題というのが吉本さんが共同幻想論を書いた1960年代から、約、10年というか、それを経て1980年代にやはり再論した問題であるというふうに思います。で吉本さんはハイイメージ論を共同幻想論をもう一回違った時代状況の中で論じたと。つまりハイイメージ論っていうのは第二の共同幻想論だという意味のことを、吉本さんどっかで言ってたと思いますけれども、やはりもう僕も先ほどの味岡さんと同じようにこの80年代において共同幻想論が違う形で再論されたっていうことの意味というのが一つこの共同幻想論を読むときに非常に大きな問題となるんじゃないかと思っています。で、先ほどこれも味岡さんおっしゃったけど68年の闘争が一つ共同幻想論が出版された時の時代状況としてあったと。で当然我々はその時代状況とこの共同幻想論というものをつなげながら読もうとしたわけだけれども、その時にじゃあ吉本さんが共同幻想論で論じようとした問題と直接68年の中で結びつきうるものがあるとすれば何だったのか、これはやっぱり僕は大学闘争だったんじゃないかなというふうに思うんですね。その大学闘争こそが吉本さん自身味岡さんがやっておられた中大の自主講座の中で確か大学共同幻想論っていう講演をされてたと思うんですけれども、大学という場こそいろんな意味での共同幻想の場であった。で68年の学園闘争っていうのはその大学という場に形成されていった共同幻想とのぶつかり合いという側面を持ってた。じゃあその大学という場にその当時存在した共同幻想の具体的な中身っていうのは何なのかっていうと、これは僕は戦後近代、戦後思想あるいは戦後近代思想っていうか要するに平和と民主主義あるいは戦後啓蒙というふうに言われるような、まさにその日本において近代化、第二の近代化、第二の黒船って言ったのは確か丸山がそうだったと思いますけど、第二の近代化としての戦後という時代の中で形作られた種のいわゆる戦後イデオロギー、近代イデオロギーというもの、これこそが大学の中で形成されていた共同幻想であり、また学園闘争の時にその戦いの標的となった共同幻想ではなかったのかと。そうすると先ほどこれも味岡さんがおっしゃったこととの絡みで言うと、その学園闘争は全く違う2つの方向からこの共同幻想に対するアプローチっていうか批判的っていうかね、対抗的アプローチをやったような気がするんですね。一つは、もうすでにその時徐々に到来というか出現しつつあったポストモダンというかポスト近代の問題意識ですね。近代以降という問題意識、これは具体的に言えばさまざまなサブカルチャーであるとかポップカルチャーであるとか、時代アングラという言葉が確か非常に流行したと思いますけれど、そういうような形で要するにハイカルチャーからどんどんはみ出していくサブカルチャーやポップカルチャーというふうなものの起源として68年というのはあるわけですね。だから68年のそういう側面というのは
具体的に言うと例えば寺山修司であったり唐十郎であったりするわけだけれども、そうした存在が示しているのはある種のポスト近代ポストモダンというものへの示唆であったのではないか。ただその一方でもう一つ68年の頃非常に流行した言葉は土着という言葉だった。土着土族という、これは先ほど小谷治子さんが言った橋川文蔵のナショナリズムの問題とつながる。この頃しきりに言われたのは土着革命論とか土族革命論っていう言い方だったんですね。具体的に言うと誰でしょう、さっき思考の創刊者っていうことで谷川雁とか、それから村上一郎さんですね、それから桶谷秀明さん、桶谷さんも思考の初期の常連執筆者だったわけだけれど、こういった、特に桶谷さんの出した第二評論集のタイトルですね、土着と状況というタイトルは極めて象徴的だったというふうに思います。だから一方でポスト近代があるとすると、むしろプレ近代的なもの、その近代前的なプレ近代的なものというものが、その両側、プレ近代とポスト近代と両側からその戦後という近代空間に対する異議申し立てを行う、戦後という共同幻想に対する異議申し立てを行うというところに、僕は大学闘争あるいは大学闘争に象徴される68年の闘争の一つの意味というものがあり、またそのことが共同幻想論との一つのつながりというものになるんではないか。そして吉本さんの80年代における共同幻想論の再論ということの意味には、やはりそのプレモダンの段階における共同幻想の在り方としての、先ほど言った悲願に国家幻想の悲願にある共同幻想の問題、これは結局背明治連における像イコールイメージ、像イメージの像イコールイメージの問題ということ、意味なき像イメージ、指示表出性と同時に明確な自己表出性の輪郭もこう全部溶解していって、純粋なイメージというものにこうフェードアウトしていくような、これを象徴してたのは背明治論にあったランドサットから見た地球を表す概念となった世界視線という言い方だったと思うんです。無限大の距離から見られて、その地上的なものの一切の差異というものが消滅していくような、この世界視線としての像イメージ、これが僕は先ほどの言い方で言えば悲願としての共同幻想というもの、つまり国家としての共同幻想を抽出した悲願としての共同幻想という形で吉本さんが捉えようとしていたものだったんではないかなというふうに思います。でこの問題は実はおそらく吉本さんの80年代における古典論の問題とも対応するだろうというふうに思っています。というのも古典論というよりも古典論ともう一つはアジア・アフリカ論、アジア・アフリカ的段階論ですね。というのも悲願としての共同幻想は実は起源としての共同幻想のさらに起源にある、起源のさらに起源、さらに起源という言い方は変かな、起源のさらに遡ったところにある起源の起源、メタ起源というふうなものへの問いへと回帰していくという側面を持ってたっていう気がするんですね。その辺はちょっとまた後で時間があればお話をしてみたいと思いますけれども、そうした形で問題を考えることができる、これが大体大雑把な形で私が共同幻想論という本に関して抱いている問題意識ということになるわけですけれども、ではそこからさらにもう少し分け入っていった時にどういう問題が見えてくるのかということに関してちょっと2つほどお話というか問題提起をしておきたいんです。一つはこれは特に共同幻想論の第一章近世論の読み方の問題になるわけですけど、近世論、さらに言えば在籍論のところも関わってくると思うんですけれども、吉本さんの幻想論とフロイトの理論の体質化っていう問題ですね。これ僕はずっと実はここ 1,2 年
このフロイトと吉本龍明っていう問題改めて考えてみなければいけないんではないかというふうに思ってるんですけれども、それは先ほど言ったまさにそのインセストタブーの起源の問題、インセストタブーはなぜ発生したのかっていうその起源の問題に直接関わってくる問題だと思うんですね。と同時にフロイトの捉え方と吉本さんの捉え方にあるこう落差というかギャップというところに吉本さんの思想的特質というものを考える上で非常に重要なポイントがあるんではないかというふうに考えています。でちょっと吉本さんも差し置いた形でフロイトの方から先に触れていくとフロイトの精神分析理論の原型っていうのは何かっていうとこれ神経症理論だと僕は思っています。神経症の問題が全てのフロイトの理論の起源であると。より正確に言うと神経症というモデルで捉えられた人間の精神心の働き方っていうか在り方って言ったらいいのかな。それが全ての起源になっている。じゃあ神経症ってのは一体何なのかっていうとこれは自己の自己に対する抑圧っていうことだと思うんですね。自己が自己に対して加える抑圧と。神経症っていうのは基本的にはこの自己が自己に対して加える抑圧というもの、この抑圧によって、これは大体フロイトの考え方では幼児期に起こるわけですね。幼児期のさまざまな出来事、その出来事によって生じたトラウマというもの、それをいわば抑圧するという規制が働く。で一旦はそれは忘却されるわけですよね。忘れられる。だから意識の底へと沈んでいく。ところが何年か経つと実はその抑圧されて忘却されたかに見える、出来事というか問題というのがもう一回その人間の中に回帰をしてくる。これがフロイトの、僕はこの言葉こそフロイトの精神分析理論のキーワードだと思ってるんですけど、抑圧されたものの回帰という。フロイトの理論ってこれ一つで出来上がってるって言っても過言ではないというくらい、この概念こそがフロイトの精神分析理論のキーワードだと思います。抑圧されたものの回帰で、この抑圧されたものが回帰することによって、生じるのが神経症であると。そう考えるとこういうふうに言えるんじゃないかと思うんですね。でこの神経症をモデルにして人間を考えるということ、これはその人間の在り方、人間の存在の在り方の一番重要な契機が実は自己に、先ほど言ったように自己の自己に対する抑圧であるということ。抑圧のシステムということなしには人間というのは存在し得ないという、そういう認識がフロイトにはあったということだと思うんですね。じゃあフロイトは具体的にこの抑圧ということで何を抑圧するというふうに考えていたのか。ここが僕は非常にフロイトの面白いというかフロイトの特徴的なところだと思うんですけれども、ここでもフロイトはある種の非常に強引な還元をしてますね。実はフロイトにとって抑圧されるべきもの、つまり抑圧され忘却に追いやられるべき記憶というのはたった一つしかなかった。それは父殺しなんですね。父殺しの記憶だけなんです。本質的に神経症というモデルにおいて抑圧されるべき記憶というのは父殺しの記憶だけであったと言っていいと思います。ありとあらゆる記憶というのはこの父殺しに還元される。実際に殺すかどうかということはこの場合はもちろんあまり関係ない。その父を殺すという欲望を抱いただけでもそれは父殺しになるわけですね、ある意味で。いずれにせよその幼児期、だからこの場合難しいのはこれをその男の子供に限定して考えるのか、それとも女の子供も含めて考えるのかっていうところ、フロイトは実は区別してません。男であろうと女であろうと子供の中にある原型的な記憶というのは父殺しであるという点では男と女の区別は
男と女の区別をするようになったのはフロイトの弟子のユングの時からですね。ユングがエレクトラコンプレックスという概念を作ってからそれが区別されるようになったわけですけれども、結局その父を殺すという形で、父を殺すという出来事、そういう欲望を抱くことも含めた出来事というものが抑圧の対象になり、忘却の淵に沈んでいる。そしてしかしそれが回帰をしてくる。自分は父殺しの担い手であった。でこの時生じるのがこの時生じるというよりも、そのことの主体の中における、その子供の主体の中における、この父殺しという記憶の回帰っていうもののプロセスで、そこで生じるある種の衝撃と、自分ある種の危機と、でそこの危機からの脱却のプロセス、これをフロイトはオイディプスコンプレックスというふうに捉えたんだと思います。でさらに言うと、じゃあなぜ男の子は、この場合男の子とあえて言いますけど、男の子は父殺しをしようとしたのか、あるいはしようとするのか。これは言うまでもなく、オイディプス的に言えば母と一緒になりたいという欲望があるからで、つまり近親相姦の欲望なわけですね。母と一緒になるという近親相姦の欲望があるからこそ、父殺しと、その邪魔になる父というものを殺すという欲望が抱かれる。そうすると、もうお分かりだと思いますけど、神経症における自己に対する抑圧というものが父殺しの記憶に対する抑圧であるということは、そのまんまその父殺しの背後にある母と一緒になりたいという欲望の抑圧でもある。つまり近親相姦への欲望の抑圧である。つまり神経症というのは近親相関の禁止、先ほど言ったインセストタブーの起源そのものを表す一つのターニングポイントになるわけ。神経症こそは近親相関の禁止、インセストタブーの起源であるというふうにある意味では言っている。でさらに言えばそのこととオイディプスコンプレックスと重ね合わすと、実は神経症というのは主体形成のメカニズムなんですね。人間が人間になる、主体が主体になるというメカニズムのフロイトって人はこういうふうに僕は徹底して考えようとした思想家だと思う。さあここでもう一回戻ると、ちょっとあんまり話が長くならないようにもう締めくくりたいんですけど、おそらく吉本さんはこういうフロイトの精神分析理論の構えというものに対してある種の共感とある種の反発と両方感じてたんだと思います。で最終的にはフロイト的なこの主体モデルというものを拒否すること、それを最終的には原理的に否定することが、僕はやはり吉本さんの幻想論の最大の眼目だったんではないかというふうに思っています。でとりあえずここで一言だけ言っておけば、フロイトの父的モデルに対して吉本さんはやっぱり母的モデル、母系のモデルというものを対峙しようとした。でそれはフロイトが形式化しようとしたような主体形成のモデルというものの拒否っていうことを意味していたんではないかと。でそういう文脈から僕は共同幻想論を読む必要があるのかなというのを一つ感じています。この吉本夢とフロイトという問題があるということを言ってみる。からもう一点は、これは山本さん後からお話あると思いますが、山本さんが最近出された国つかみ論という本で、これをめぐってちょっといちこで山本さんとお話もしたんですけれども、その中で共同幻想論っていうと必ず出てくるこういうくだりがあるわけですね。ちょっと短く共同幻想自体が消滅しなければならぬという課題と一緒に共同幻想の悲願に描かれる共同幻想が全て消滅せねばならぬという課題は、共同幻想自体が消滅しなければならぬという課題と一緒に、現在でもなお人間の存在にとってラジカルな本質的課題であると。
これ確か宇田さんもこの宇田さんのご本の中で触れてる問題じゃないかと思うんですけれども、ありとあらゆる共同幻想っていうのは全て消滅しなければならないと字面で読めばこう読めるわけですよね、共同幻想。でも本当にそうなんだろうか。全ての共同幻想っていうのは消滅しうるのか。でこれに関してこの山本さんが国つかみ論で言ってるのはその場所共同幻想という概念なわけですね。これはまたお話があると思います。で山本さんははっきりと場所共同幻想は消滅しない、あるいは消滅させてはならないというふうにおっしゃっています。で僕自身はこの本を書いた時にはこの吉本さんの言葉を文字通りこうなんていうかな受ける形であらゆる共同幻想は死滅しなければならないというふうに書いたわけだけれども、これはちょっと勇み足だったかなというふうに感じています今は。むしろ全ての共同幻想が死滅するという言い方ではなくて、その例えば場所共同幻想に象徴されるようなその国家へ至らない共同幻想のあり方というものについてはその単純な死滅論で語ることはできない。でこれはこれも後でこの本との関連で山本さんからもお話があると思いますけれども、例えば「古事記」の中に今描かれている日本神話の世界をこうどう捉えるかっていうような問題とも絡んでくると思う。すごくこれ最後に一言だけ言いますと高間ヶ原は消滅してもいいけど出雲は消滅しないということなんですね。実感的な言い方で言うと出雲を消滅させるなんてことはできないししてはならないと。伊勢や高間ヶ原は消滅させても構いません。これは消滅させた方がいい。天皇制を廃絶するという意味でも高間ヶ原神話や伊勢の神話というのはこれは消滅させた方がいい。しかし出雲は絶対消滅させてはならない。なぜならばここは大国主の御事の場だから。大国主の御事というのは日本におけるまさに場所共同幻想のシンボルなわけですね。で我々は古事記に関して実は途方もない詐欺に遭ってるんだと僕は思っています。これは何が詐欺かっていうと古事記の第1部に高間ヶ原神話が出てきて第2部にそれに続く形で出雲が出てきてそうではないですね。本当は出雲の方が先なわけです。出雲の方が根源なわけです。高間ヶ原の神話ってのは後から作られたものに過ぎない。でも僕らはまず国生み神話を読まされてしまう。高間ヶ原神話を読まされてしまう。これは古事記の古事記に象徴されるあるいは日本書紀に象徴される日本神話イデオロギーの最も悪辣なやり方であったというふうに思っています。そのあたりもまた山本さんの話があると思いますのでまた後で触れたいと思います。以上ちょっと少し長くなりました。どうもさん。先ほどおっしゃった何モデルとおっしゃいますか。はい。先ほどなんとかモデルとおっしゃいます。神経症ですか。いやいやなんとかモデルちょっと聞こえます。主体ですか。主体か。主体ですね。主体サブジェクトです。だから神経症っていうモデルを使って人間を考えるっていうことは人間を主体という形で主体っていうのは何かっていうとこれは少し大胆な言い方かもしれないけど主体っていうのは要するに自分を抑圧するっていうことで出来上がっている人間の在り方だと思うんです。主体っていうのは抑圧なしには絶対ありえない。だから人間が自分自身の性というものを素直に享受しているところでは主体なんてものは絶対生まれてこないはずなわけです。ところがヨーロッパ近代はその主体ってものを前面に押し出してこれが人間だっていうモデルを作ったわけです。でもこれが僕は途方もない歪みを人類史にもたらしたというふうに考えています。つまり人間を主体として捉えるということぐらい人類史を歪ませたなんていうかな問題というのがないんじゃないかありがとうございます。と、はい、ということです。どうもまた先ほどお願いします。あれもうちょっとじゃあ山本さんやってください。それで一つで休憩入れましょうね。はい。ではお願いします。自分だけでちょっとやってますと僕どんどん先行っちゃうもんですからどうしてもここちょうどいい機会があってそれで、僕が左翼として尊敬している三上さんと、僕がまだ
学生の時可愛い高校生だったんですね、僕ってほとんどの人と喧嘩してるんですが、高橋純一とは一回も喧嘩してない、非常に貴重な存在でございまして。というのはやっぱり基本的に尊重してるっていうのがあります。でなぜ僕そこを尊重できるのかというと、最近分かったんですけど、すごく単純で、吉本思想を踏まえてるか踏まえてないかって、この一点の基準で自分がやってたっていうことがちょっと自覚できました。で吉本思想を踏まえてない人間とほとんど喧嘩してる吉本思想を踏まえてる人とやっぱり喧嘩してないんですね。でこれはやっぱり僕はもう学生の時にアカデミズムに対するもう徹底した不信感と攻撃と対処をその後ずっと自分なりに処理してるんですけども、でその時やっぱり基準となったのがこの1968年の吉本さんのやっぱりこの共同幻想論と、それ以前の自立の思想的根拠で、これをやっぱり相当徹底的に読んだということと同時にですね、広松渉のマルクス主義の地平、これを僕は一緒に同時に読んでました。でこの2つが自分のやっぱり理論的なあるいは思考のですねベースになっていて、それはもう何かというとロシアマルクス主義への否定と旧左翼および新左翼一部の否定ですね。でそれと同時にマルクスそれ自体をどうやって自分で領有していくかっていう、そこの点だけであったっていうような感じを受けてます。で実際行動の中でははっきり言って吉本さんとは使えません自分の経験からして使えない。むしろ谷川雁の方がすごい使えたっていう実感があって、で実際政治行動は僕はもうレーニンに基づいて徹底してやったっていう自覚がちょっとあるもんですから、そんじょそこらの党派には負けないっていう無党派の動きを自分では作ったつもりです。でその時にやっぱり思想的基準になったのはやっぱり反旗派の無党派は反旗派をやっぱり非常に支持し評価し、また共鳴しましたので、その中で味岡さんも吉本龍明もちょっと雲の上のような方だったんですが、なぜか親しくなったというのかお付き合いをさせてずっといただいてるんですけども、そんなところでちょっとせっかくあるんで、この3人でちょっと共同幻想論をちゃんとやりませんかっていうちょっと提案をしていったのはちょっと僕の方からの希望でありまして、でやっぱり今日のお話伺っててお二人からやっぱり非常に本質的な問題が全部出されてるっていう感じがしています。で僕なりにちょっとやっていくとちょっとキリがないんで答えの方から先に若干やっていっちゃいますと、まず三上さんが提示されてきた幻想と非幻想の独自の領域の問題というですね共同幻想論の中でも経済過程は経済過程、幻想過程は幻想過程として独自に領域として識別しなきゃいけないんだっていう、じゃあそこの関係づけみたいなところをどうするかっていった時に、僕が設定したのは制度という次元です。で社会という形のものがいわゆる制度という形で生産を行っていく、具体的には教育であるとか医療であるとかっていう我々の日常生活の次元ですけども、でその中で先ほど高橋さんにはありましたが大学の幻想で、それは学校の幻想であり病院の幻想であり医療の幻想、それからさらにもっと根源的には速度の幻想なんですけども、そういう社会の制度生産の次元でなされているものが国家の再生産を可能にし、商品の市場メカニズムの再生産を可能にしていると。でここの制度における生産の領域が物質的領域、つまり経済的商品の領域とそれから共同元素の領域が重なり合って同時に展開される場であるということです。でこの領域が実は広松渉が言ってる物証化論の位置になるんですけども、広松渉さんの物証化論は商品論の次元でとどまってまして、で制度論のところに対しては指摘をしてるだけで具体的な展開がなされていません。でこれのところは物証化と資本パワーというところで僕陽光の方から捉え直してつかめたんですけども、
資本論に行くと見えなくなるんですが、陽光だとはっきりと資本と労働とのですね領有関係の問題として、この領域が設定されてきます。でつまりそこからどういうことが言えるかというと、商品という幻想形態まで現代社会が到達してきてしまっていると。でこれの究極的な形態がちょっと話が飛んだりしますけど、原発で原発が爆発して人が住めない、そこまで行ってるにもかかわらず電力が必要だという形でですね、そのまた再稼働が営まれていく、あるいは普通の男の子女の子が電気は必要なんです、大事なものなんですなんていう日常感覚で言ってる状態に浸透している、ここに商品の幻想形態、それから国家の幻想形態、科学の幻想形態のですね集約体がもう、構造化されているというふうに僕は理解をします。で吉本さんが要するにこの共同幻想論の序文のところで問題にしてたとこなんですけども、その個々の人間の観念が圧倒的に優勢な共同観念から強制的に参入され混和してしまうという我が国固有な宿業のようにさえ見える精神の現象はどう理解されるべきかというですね、ここのところが今現代社会においても変わることなく続いてきていると。でその根拠をどこに探っていったらいいかということで、僕の場合ちょうど吉本さんが亡くなられたということと現代社会の根本的な問題の接点として、国つかみという領域の古事記の世界に、舞い戻りまして、そこで、もう一度共同幻想を捉え直すという作業をやりました。で、吉本さんがですね、そのやっぱり自分で、言っているところなんですけども、その自分のその、考え思考をですね、その正確に理解し正確に批判し、展開していくということがですね、なされてないということをちょっとおっしゃってるんですけど、僕としてはそれをちゃんとやっていこうということになります。正確に読まれ正確に批判が提出され、また正確にそれが超えられるという、ここへの答えを出していきたいということになります。でそうしますともう一つ先ほど、ね、ありました意思論という領域なんですけども、これも本当さすが三上さんの本質的な問題で、これの問題をですね、今僕自身としては主体の意思という領域から共同幻想という述語性の意思の問題だという形で捉え返しをやってます。で述語性の意思っていうのはどういうことかというと、日本語に主語はない、で日本語に主体はない、主語はないというですね、非常に言語的な根源的な問題がありまして、で我々は主語を語らずしてパロール言語を喋れますし書くことができる。でこの本質形態を日本人が言語形態としても幻想形態としても神経形態としてもですね、ちゃんと了解できていません。で了解できてない根拠は何かっていろいろ探ってきましたら、僕は眼鏡がどこにあるかって分かったんですけども、和辻哲郎が眼鏡であるということと、東大哲学ですね。でそれは広松あたりも同じです。でここでつまずいてる。で主語述語それからコプラというですね、要するに命題文があるということを和辻哲郎も広松も日本語論として、こと論物論を含めてですねやってます。これはもう完璧な間違いです。でこんな言語論が哲学書を通じて何でなされてるんだろうっていうですね、でそういうようなことが逆に言いますと、ちゃんと日本でじゃあ述語文法論がないのかっていうと、国学院系統の松下大三郎、それから東洋大学系統の三上彰、それからどこだか忘れません佐久間かなえとかですね、日本語論として非常に優れたものがあります。ところが時枝の東大の言語論とこれまた潰されるというですね、
で東大が何やってるかっていうところはもう一つ分かったんですが、これは国家を支える社会づくりという形で相当イデオロギー的無意識的に学問再生産をやってるということが最近非常によく分かりました。で京都学科がそれに対して対抗しきれてない。でまして我々みたいな東大から京大から外れてくるような人間はですね、もう全然誰も相手にされないっていう状況はあるんですけども、非常にそこは問題だということが分かりまして、でそれはどういうことかというと、先ほど言いましたその述語的な意思というここのところがですね、共同幻想からの圧迫を受容する述語的意思と、それから同時にその共同幻想からの圧迫や支配を跳ねのける、あるいはそれを上手に受け入れ、あるいは上手にたぶらかすところまで持っている述語的意思というですね、この両面の局面があるということになります。でそれが実はその幻想構造という中に位置づいていまして、でその幻想構造という形で位置づいていった時に、吉本さんがこの共同幻想論を古事記でも日本書紀でも良かったという言い方をしてるんですけども、日本書紀でやったら僕は共同幻想は失敗したというふうに思います。やっぱりこれ古事記だから助かった。で同時にその古事記であるから助かったということはどういうことかというと、古事記の設計原理とそれから日本書紀の設計原理というのが全く違うんだということが、この間ちょっと古事記をやりまして非常に分かりまして、でさらに古事記研究者たちが吉本共同幻想論を全く踏まえてない。でそこから古事記研究がデタラメの極限までいってるというですね、これもちょっと驚きました。で吉本さんをちゃんと共同幻想論として踏まえて古事記を読んでいけば、あれもこの後この日本書紀もやるつもりですけども、そこのところは正確に見えます。それから同時に宣長がいかに人為的作為的に神の世界を作り直したかって、古事記伝で古事記を読んだなって言ってますけど、これも嘘800です。見事に作為的に切り替えてます。でこういうようなことは吉本さんを基準にしていくと非常にはっきり見えてくる。でそこに細かいことやってるとちょっとキリがないんですけども、ポイントだけちょっと申し上げますと、そこにですね、要するに先ほど高橋さんが言っていただきました場所共同幻想という事件がどうしても登場してくるんですね。でこれ吉本さんとの対話の中でしつこく僕は場所共同幻想ということを吉本さんに提言していったことなんですけども、これどこで見えたかというと、実はメキシコの世界ではっきりと見えまして、メキシコでアステカ王国の神話形態というのが統合的な要するに神話形態になります。でところが私の友人のアルフレド・ラペス・アウスティンという人類学者がそのアステカの中に統合されたですね、いわゆるその初期共同体の世界があって、その初期共同体の世界の神々が全部違うっていうことなんですね。でアステカというのはそのケツァコアタルっていう神様が統合的にいるんですけど、その冠のところにその場所の共同元素を全部貼り付けた。でそしてその統合の中で非常にアジア的な特徴ですけども、共同体に手を出さない。でその代わり共同体の側もそれを受け入れるというですね、この構造を作ったということを非常に人類学的にはっきりと示されて、でさらにメキシコの場合大体50カ国ぐらい50カ国ぐらいインディオ語の言語がありますので、統一スペイン語とは全然別な言語形態があるわけですね。で先ほどベトナム革命の問題がありましたけど、ベトナムもですね大体60カ国ぐらいの言語があります。でこれが実は場所の共同体の共同元素の構造で、場所のその共同体がいまだにその言語をキープしきれてる。でそれをメキシコ革命もそれからベトナムの革命もそうなんですけども、統一言語形態で国家言語形態への統一へ持っていこうとする共同元素を作り上げようとします。で日本の場合これは見事に言語学者の、今名前ちょっとど忘れしちゃってましたけど、一人しの誰だ金子さん、金子じゃなくて、田中克彦、違うと田中克彦じゃなくてその弟子のちょっと全部日本語の言語形態で調べてるんですけども、
日本語の言語形態が完成されたのはほとんど戦後です。でそれまでほとんど言語形態も文法形態も確立されてない。でいわゆるその共同幻想として言語形態で統一国家的な形で形成されたのは明治国家がそれを意図的にやりましたけども、僕の側から言わせるとそれが一定程度実質的な形で包摂が可能となったのは大東亜戦争を経ての戦後なんですね。でそこでやっと確立された。でそうすると我々が持ってるその幻想形態や意思形態っていうのはやっぱり古代的前古代的なものを非常に文化としても非常に引きずってる。でそうしますと要するに日本の文化をやるときにその吉本的共同幻想という世界を要するに我々は前古代から古代を経てそして近世も経て明治も経ていまだにですね商品の構造の中でキープしきれてる。でそうするとそこの根本的なところを吉本さんの共同幻想論の方から解き明かしていくっていう作業をしなきゃいけない。で吉本共同幻想論を正確に三上さんが言ったように歴史の層としてですね、共同幻想形態1共同幻想形態2とか3とかそれどうでもいいんですけど、要するに古代的形態中世の室町的形態あるいはその武士的形態江戸的形態とかですね、これを僕は歴史的に相当しっかりと組み立てていかなければいけないというふうに思っています。でその時の基準として共同幻想的に何が大きな問題かというと、その全幻想領域としての共同幻想というものを構成しているその構成の、先ほど言った起源としての起源、高橋さんが言ってる起源としての起源、それから三上さんが言ってる国家以前の国家の領域なんですけども、そこで構成された古事記の共同幻想を見るとですね、先ほど高橋さんが高間原はいらない医者はいらないって言いましたけど、これはちょっともうちょっと丁寧にやってほしいと思いますね。でというのはどういうことかと言いますと、高間原幻想をですね訴求的に作りますというのを高橋さんが言ったように、つまり作られるわけですね。それから日向共同幻想も作られます。で作られる根源は要するに大和のその天皇系の天津神を中心とした共同幻想を作るんですけども、ここのところを作る時にですね、見事に、高間原共同幻想を設定しながらそれをスメラミコト共同幻想に切り替えるんです。でスメラミコト共同幻想に切り替える時にそこで処理をしなければいけなかったのが大国主の出雲の処理であり、日向という場所のこれ後で海幸彦山幸彦という神話がそこに挿入されるんですけども、その神話の挿入であり、そして、奈良における大物主の処理の仕方なんです。でこれをもってですね、要するにスメラミコト共同幻想という天皇制の国家形態が完成されます。でこの過程は吉本さんのこの共同幻想をそのまま読んでいきますと実は甘いんですね。でどういうことかっていうと、これでも吉本さんは問題意識の設定は正確になされてますから、その全共同体における海民とそれから山岳部ですね、でこれとが相互関係すると。でその相互関係するといった時に何かというと、神話形態では大山積の神とそれから大綿積の神という海の神の総合形態と山の神の総合形態があります。でこの時古事記を丁寧に読んでいきますと、海民がどれほど強力かということに天皇家は大体そこで敗北をしていきながら大山積系の山岳系統から協力を得て海民を統治します。でここの時の統治の仕方の中でスサノオはその大山積に助けられて統治を形態を可能にするんですね。でところがそれは、場所の一部の国を統治しただけに過ぎない。で日本全国を統治する形でスサノオを形成できなかった。でそれを大国主が要するに学んでいった時にスサノオの国は黄泉の国になります。
で黄泉の国っていうのは天津神系から阻害された場所の国津神の共同幻想なんです。でそこの黄泉の国に行って修練、要するにスサノオから修練を受けて大国主が多元的な形での民族国家形態の統合形態を作ります。これが出雲県になる。でこれは多元国家になります。でところが多元国家は天津神系の天皇にとっては要するに統一国家ではありませんので、これは要するにサバエなすものだということで、天津神がそれを統治せよということで日向の方に別な拠点を作ると。でこれも「日本書紀」と「古事記」をしっかり読んでいただければ分かりますけれども、何もない誰もいないようなところに天皇家は逃げていくわけで、そこから山津神の山幸彦を中軸にして海幸彦側の海民系の統治形態に行くのが、これが日向の山津神海幸彦と山幸彦の神話形態になって、それが海の方はアタハヤトって形でそのまま残存して、これが実は薩摩となって江戸幕府の打倒にまで行くっていう構造にまでつながっていくものなんですね。でその中で場所の共同幻想とはきちんと機能してる。で高間原はこれ天照大神神社っていうのがあるんですけども、そこで僕神主としては話をしましたけど、ちゃんと分かってました。つまり高間原は場所であって、ここの場所の神のとして天照大がいたと。それが要するに日向で霧島の方に行って、霧島の方に行った時にニニギがそっち移動して霧島の方から天皇家の共同幻想を確立したんですよってことをちゃんと分かってました。で高間原の方のですね、あそこはやっぱり場所の共同幻想として確立されていた。でその共同幻想の確立を天皇家の天津神の共同幻想という形で組み替えていってですね、でそして天津神を立てた日向神話が今度は大和系の中で、登場します。ところがこの大和系のここもですね、この丁寧に読んでぶったまげたんですけども、なぜ天照大神の神が奈良にいないか、これが伊勢にいるわけです、ね、つまりこれも「日本書紀」にもちゃんと書いてあります。天照の大神の神は追い出されてます。要するに大物主がそこを占拠するわけで、大物主を要するにちゃんと立てまつらない天照大神の神天皇家というのの控訴審はこれは邪魔であると、出てけっていうことで、それで追い出されて、それぐるぐる行って伊勢の方に行ってるんです。で伊勢の方に行ったっていうのはこれ単純で、伊勢の天照は海照らす神、これは国津神です。でそれが天照らす神に切り替わる。これ切り替えたのが天孫系の共同幻想で、そういう形で、それはすごいのは天皇家はそれを容認して、そして大物主をそこで祀りながら大物主の娘が后になる。これが神武天皇の后、初代皇后です。で必ず姫というものをですね、要するに婚姻形態を取る。でつまり共同幻想、場所共同幻想の象徴である姫追幻想を婚姻形態の形として統治しながら共同幻想の天津神世界を作り上げていくという構造を天皇家というのは完璧に作り上げていった。でこれがさらに東歌っていう形で、場所が要するに歌を国に献上する、天皇に献上、これいまだに歌の献上やってますけども、そうすると天皇家がそれをよくできたという形で褒めてあげるっていうですね、この構造形態から成り立っていきます。でこれが吉本さんの共同幻想論を持ってこないと、古事記のここ読みはほとんど不可能です、できない。で一応非常に優れている神野氏さんって河野氏さんってちょっと名前どっちよく神野氏さんが唯一古事記というのを正確に理解してますけど、吉本さんの共同幻想論がないもんですから、大事なところでちょっとずれちゃうんですね。でここのところは僕は日本のその国家の問題を考えていく上での非常に要になってくるところだっていう意味で古事記まで行っちゃったんですけども、でそうするともうちょっとご説明しますと、出雲の場所があり、日向という場所があり、大和という場所が全然違うんだということを書いたのは古事記になります。でところがこれが統一国家の芦原中国という次元から、要するに権力者の交代だという劇に切り替わるのは、これが日本書紀になります。でこれが要するに明治天皇制国家の設計原理の基本になってきて、そこで古事記というものが捨てられていくという状況が起きてくる。で
これが要するに僕は原発事故とそれから被災地の問題で、そして南相馬っていうところに行って神社が崩壊したまま放置されている状況を見てですね、あれこれはおかしいぞ。で神社の崩壊をそのままほっとける状態というのは、これは日本書紀的な芦原中国という日本均質社会国家を前提にしたロジックでいくとそうなる。これは場所に立脚すればそれは絶対捨てておけないはずなんですね。でその捨てておけない古事記のその神話形態、あるいは古事記の幻想形態を基軸にして日本のこれからの設計を図っていかなきゃいけない。でそうしますと、そのロジックからいくとどうなるかっていうと、場所の共同幻想の方から言うと憲法は問題になりません。場所の、僕は今条例放棄っていうことを言ってて、条例でもって憲法と徹底的に戦うべきだと。で憲法がどのような形で出てくるか、それは国家の共同幻想としての法的形態ですので、それに対抗できるのは場所の条例だけですね。で場所の条例で決めちゃえばいいわけです。で場所の条例で原発は絶対作らないというふうに決めればいいわけですからで、それから場所の条例で絶対戦争はしないっていうことで、場所の条例で憲法とは対峙するぞってことを言っちゃえばいいわけで、でこれが僕はこれからのその高橋さんが言ってる、国家要するに国家の批判としての共同幻想の位置と、その三上さんが言ってる国家以降の国家というですね、つまり国家がなくなる状況の問題だというふうに思います。でいろんなことはちょっとあるんですけども、ちょっとまとめ的にちょっと言いますと、まず世界思想の水準としての吉本共同幻想論というのは、観念の総合形態を提示したものとして、これより優れたものは世界に存在していません。これももうはっきりしてる。でそれから2番目に、日本の文化の構造の問題として、日本文化というものを考えていく上での基本基準、思想的な基本基準というものを吉本さんが提示してくれた。でそれから共同幻想、それ自体の内部で、特に共同幻想で一番吉本さんがおっしゃってるのは、スサノオを稲作の始祖というふうにおっしゃってるんですけど、これスサノオは稲作の始祖じゃありませんので、国つかみとして林業関係、海民関係の始祖です。でこれが逆に言うと、稲作って形で引っ張り込んだのが、これが日本書紀になって、スサノオというのは国つかみとして場所の共同幻想をちゃんと表彰しきってますので、そういうところの読みを正確にしていけば、共同幻想というものを要するに僕は正確に読んで、かつ正確に批判して先に行けるというふうに思って、国つかみ論では箇所箇所で全部吉本さんの共同幻想論のここが問題だということを全部指摘してますけども、それも全部ポジティブに処理してるんで、吉本さんの共同幻想を否定してるやり方ではなくて、生かすとこうなるという、徹底するとこうなるというやり方でやってます。でそういうようなことをですね、今我々は吉本さんのこれもういまだにこれ50年経ってもいまだにこれはすごい本なわけで、これをやっぱり超えてることで今世界思想で成立してませんので、これを要するにちゃんと正確に理解しながら、言語論もそうだし心的現象論もそうですけども、その新しい世界をちゃんと作っていくことだというふうに思います。でその基準となるのが、今見ました場所というですね、これ西田が定義したその場所という領域の問題で、これが吉本さんは初期国家だとか共同体だとかそういう言い方でもってやってますけども、これはもっと場所という形でしっかりと捉え交わすということが一点と、それから日本の言語形態、表出形態、心的な疎外形態としての述語性だということ、死語がないということですね。でこの意思の問題をちゃんと踏まえていくということです。でさらにそれをもうちょっと踏まえていく上で、その広松渉が言ってる近代二元論の分離の体系、視覚主体客体分離のですね、近代二元論というものを超えていく、僕の場合視覚非分離という日本の固有のですね、技術的言語的心的な形態があります。これは箸だとか風呂敷だとか下駄だとかっていうもの、それから今僕もこれ着物をこれちょっと着てますけれども、この着物とかですね、そういうようなものの技術形態の中に全部実現されている形態として、あるものですね。でこれを
ちゃんと踏まえて吉本思想というものをやっていくことだというふうに思います。で最後にもうちょっと付け加えますと、吉本さんが幻想形態としての領域と政治領域というものの形態がそれが違うんだというですね、ここもここの問題に三上さんは運動論闘争論として非常に苦労されてるんだと思いますけども、政治要するに共同幻想論を国家論、政治論、権力論と重ね合わせてきちんと理解をしていかなければいけない。でその時に国家論の次元でいきますと、アルツセールが言ってるイデオロギー装置としての国家の問題で、つまりイデオロギー装置としての国家の問題は生産所管権の再生産に関わってくる領域の問題です。でその領域の問題と、それから、権力論の問題は、これは国家が権力の所有という霊理的な所有論ではなくて、フーコーの言ってる権力所関係という日常生活の中の権力所関係の網の目の問題ですね。これは幻想領域というよりも非常に物質的領域になります。でその権力所関係の問題、それから市場の問題の中ではこれは決定的なところですけども、いまだに左翼が気づいてないのは、商品論の体系と資本論の体系は全く違う。で商品イコール資本も悪だっていうふうにしているこの間違いですね。で商品所関係が物証化の世界を作り出すんであって、資本は物証化の世界を作り出しません。で資本というものが先ほど言いました実は場所の問題、環境の問題、それから、文化の問題に引っかかってくるですね、基本的なところでして、でこれが要項でおける労働技能というふうに言われたものです。で労働技能というものが労働力という形で転化された資本論に行きますと、商品世界の中に資本というものが不届き者という形で登場したんですけども、要項では資本の可能性というものはちゃんと開いています。で資本の、ちゃんとした原理と、それから商品の原理は全く対立するんだということをしっかり識別しないと、ここの領域も突破できない。でこの資本という領域が要するに悪者であり、資本主義という形であれば資本家として悪いなっていう言い方をしている、これが商品の幻想形態が作り出した、最も典型的なもので、これはもう唐谷から含めてですね、全く間違ってる。でそこのところちゃんとマルクスを踏まえて、そしてマルクスが資本論という世界をネガティブに書かざるを得なかった、そのもっと根源にある要項の領域の問題で、この要項の領域の問題のここは実は幻想領域と物質領域が分かれていっちゃうですね、ちょうど要のところにある。でここのところをちゃんとしっかり持って、その上で商品としての物証化の再生産の世界の解析とやらなきゃいけないし、それから制度という領域の解析と解明をやらなきゃいけないし、それから国家という次元との解析の問題をやらなきゃいけない。でこの次元の政治闘争は全部違います。でその政治闘争の違いのところまで含めてですね、これをちゃんとやっていかなければいけないということですね。それからもうちょっと付け加えていきますと、やっぱり我々の世代のその後の世代、これがですね学問的に、どんなに優れていても何かおかしいっていうのが分かったのは、やっぱり政治してない。で政治をしてないということはですね、これはもう決定的にダメです。でその政治してないところから出てくる知性なんていうものを僕はもう信用しない。でこれがもう若い連中に全部現れてますね。なんかおかしい、何だろうと思ったんですけども、こいつら政治してない。でそれ政治する機会がなかったんじゃなくて、僕から言わせればまさに政治する意思がなかった。この政治する意思がない人間がですね、どんなにこの世界を解明しようが分析しようがですね、知的に展開しようが、そんなもん話にならないっていうのを僕は今痛感してます。でヨーロッパの人間はそうじゃないです。政治やっぱりやってます。でここのところは僕は無党派で、全く思想の政治でしかありませんけども、それなりにやっぱり政治闘争、あるいは矛盾とか現実の問題にぶつかっていった。でそれをですね、善意の問題で、片付けなんていうそんな甘いもんでは、原発の問題も被災地の問題も沖縄の問題も全て含めてですね、でそうではないという感じを受けています。でそこら辺のところはちょっともうこれも経験領域の問題でもうこれどうしようもないんですけど、ただ僕の方の我々もうおじいさんの領域ですけど、おじいさんとしてはこれは
やっぱり言っていかなきゃダメだなっていう感じをちょっと受けて、それで今ちょっと僕は左翼的接近をやってるんですけども、僕としてはもう左翼はダメだと思ってますので、マルクシーもダメだと思ってますけども、今日三上さんのお話聞きながらやっぱり本質的なところはやっぱり正確にキャッチされてる。でそこのところを相当しっかりとやっていかないと、もう当然のことなら解体するのは当たり前のことで、そういう問題が引っかかってくるということですね。でそれからもうちょっと一点すみません、フロイトの問題が出てきたんで、フロイトのことでちょっと触れていきますと、やっぱりこれ僕はフロイトではなくてラカンだと思ってますので、ラカンの議論論理はですね今やってるんですけど、今僕の言った問題、それから吉本さんの共同元素の問題の領域まで心的現象全部含めて対応できるヨーロッパで唯一の理論はラカンです。でラカン以外にいません。でフーコーも対応できてない。それからブリデュなんかとても対応できてない。でも吉本さんの理論にちゃんと対抗できて世界線でもって拮抗できる議論はラカンですね。で政治総的にはフーコーと吉本さんですけども、ラカンと吉本さんというのをやっぱり相当しっかりと世界線で抑えていかなきゃいけないということはあります。でそこのところをつまり別な言い方すると、ラカンは自分でフロイト主義者であって俺はラカン主義者じゃないっていう言い方をしてますけど、そのラカンの目でもって高橋さんが提示したフロイトの問題をきちんとやっていかなければそのところ領域は開けないということですね。で我々は吉本龍明という思想を持ってる世界で唯一の民族ですからこれは大変な財産なんで、これを持ってればですね、僕からするとネグリだとかみんなバカな議論にですね騙されるはずはないんですね。でものすごくいい加減な議論ですよ、僕から言わせると。でそうじゃなくてちゃんと吉本龍明というものを踏まえて、その右対左の対立も超えた次元でですね、吉本思想と世界思想と我々の具体的な生活の領域をちゃんとやっていかなきゃいけないというようなことをですね、なんかアジテーションみたいになっちゃいましたけど、いつも細かいことはいくらでも提示できるんで、あれです。でもう一点だけすみません。それから女性追元素の問題と女性論ジェンダー論に引っかかってくる問題は共同幻想領域として今高橋さんがおっしゃったように、そこをこう飛び越えていくときにその追元素の言ったその領域が引っかかるんですけど、その領域それ自体はむしろ心的現象論とのことの関係から突き詰めていかないとですね、先ほど言った神経症の問題もそうなんですけど、そっちの次元の精密度を要求する。だから共同幻想と追元素のこっちの領域はむしろ制度論であるとか商品論だとかっていうですね、この領域をしっかりつかまなければいけない。で追元素と自己元素のこっちの方は心的領域とそれから精神分析的言語的な領域も含めてですね、これやらなきゃいけないっていうそういう位置をここもしっかりしていかないと非常に本質論っていうのはぶれますので、本質論の社会的歴史的規定性をちゃんとやっていかなければいけないということです。もう一点だけ言わせてで西洋の社会科学理論は本質論を全部排除します。でこれが西洋の社会科学思想の理論のもう最大の限界です。でこれもヘーゲル以来もうそうなっちゃった。でそこのちゃんと本質論を踏まえてかつ歴史にまで射程を入れる思想と論理はこれは吉本龍明世界でただ一人です。でもう一人いればラカンですけども、でこれはもうちゃんとこのロジック形態と思想形態をちゃんと我々踏まえて世界遺産の思想性の中で吉本さんも言ってますけど、俺の思想は世界思想のレベルなんだと。で僕も吉本龍明を理解するには俺も世界思想のレベルに立って吉本を理解するぞってことをやってきたんですが、ここでちゃんと理解して深めていかなければ生かせないっていうのと、今本当にこれは求められている領域だというふうにちょっと思います。以上。はい、わかりました。いいです。です
ですね、今4時なんで、ちょっと休憩入れましょうかね。そうですね。 10 10分休憩といいですか分、15分ぐらいでね。 15分4時15分まで。いいですか？はい。ね。 4時をねう20分休憩ですけどん。いいですよ。休憩入じれます。ゃあ4時15分から20分間休憩で、その後、次の中でいろんな質問をね、やりましょう。一応じゃあちょっとその間休憩を入れますので、ちょっとあれしてください。一緒に書いた。あれ、出版ニュース。ああ、そうだそうだ。そうだ。そう。出版ニュース一緒にしました。はい。すごいハードでした。今日の話。いや、もちろんものすごく。素晴らしい。全く知らないことも含めて。理解するのが大変。ハードコピーいいですか？余裕ありますよ。買い物したい。いい力です。あ、そうか。雑誌です。これは何？あれがこれこれが2000円だそうです。これいいの？まだ分けてもらえます？じゃあじゃあありがたい、助かります。ありがたい。 2000円でいいんですかいや、これもっと高いでしょ。 ？4200円で。流通に出した倍になっちゃうんですよ。いや、倍出しましょうか。いいですか？いや、申し訳ないです。いいですか？はい、じゃあ、すみません。2回お使いいただきますね。じゃあ、なんか申し訳ありません。運んでいただいて。うまいことさっとも、さっと申し訳ありません。ありがとうございます。差し上げます。これを非常にどうしようと思これったはでものも確かこれ本当に面白いです。じゃあせっかくだからこれ書いていただきましょうか、名前をね。そんなのね。このあ変なよくなってると。あ、じゃあ僕もせっかくだから正確にお名前をお願いしあと宮田正幸先生。これでいいですね。そうだよね。料理名にいただきメール。あ、ありがとうございます。それは悪いですね。ユーゴスラビア社会主義の宮田先生です。このあれだね。例えばね、こう天孫族じゃなくてね、国神が勝負で勝ってたらどんなシーンが作ったの？いやもうそれは面白い。高間ヶ原が出雲が高間ヶ原になって、まだね、実は山本さんが本番が出てきてないんですよ。一番山本さんが語りたいね神様がまだ出てきてない。そうだね。あれどこの神様？一番面白い神様の話は次に出てくる。国のじゃなくて違う。猿田彦。ああ、ね。されたやされた。詩を作り変えていただいて。山本さんが一番国つかみの問題として語りたい神は僕は猿田彦だと。これ読んで思った。新古事かなんか作っていただいて。ただあれですね、僕この間生まれて初めて行ったんですよ、高千穂っていうところへ。であそこを見て、でね、ちょっと直感的に思ったのはやっぱり高千穂の場所神社があって、その裏手に高千穂のこう
あそこっていうこう一種フォッサマグナみたいな九州をこう貫いてる断層なんだそうですね。でその下は川が流れてて、滝があって、早苗の滝って言ったら、確かすごくねローカルな場所なんですよ。だからこれが天孫降臨っていう形で高間川系の天津関係の神話に直接すぐつながる場所かなっていう感じを僕もちょっと直感的にしたんですよ。むしろ非常にローカルな場所なんじゃないかな。でその一つの証拠が多分神楽みたいなところに現れてるんじゃないかと思ったんですよね。それともう一つ実は高千穂ってもう一つあるんですよ。霧島のあっちの山の上で高千穂の峰っていうでなんか両者で本家争いずっとしてるんだそうだけど、むしろあっちの方が高間天孫降臨系のねスメラミコト系の神話の起源っていうのは霧島の高千穂の峰の方でしょ。だからこっちの高千穂神社のある高千穂の方はむしろ国津神なんじゃないかっていう、ローカルの神様じゃないかなっていう感じは直感的にはしましたよね。それはね、神社の人はそういうふうにじゃなくて説明つかない。だからどっちが俺って日があるみたいな。だけど霧島系はだから認めないんですよ。そうだから霧島系は多分ローカルの神だとは言わないんだ。天孫降臨だっていう。だけど高千穂の方はいやうちのまさに田んぼの神様でしたみたいな。でそれが日向の方行って、でこう神話を作られたんですよ。そういう説明しかした。でもそこの高千穂神社に天皇家がお参りしてますから。毎年言ってるらしい。だから認めてるんですよ。そう奉納あれが上がってる確か毎年来てる。あそこ電車通ってましたかね。電車通ってものすごく便利なとこ。あれ電車あったんだけど台風で流れて高千穂鉄道っていうのが廃線になっちゃうから。北といや2005年だったかな。2005年に九州台風を襲った時に高千穂鉄道が壊滅的な打撃を受けて金がないもんだからもう再建諦めちゃって廃線になっちゃった。トロッコみたいな観光になる。だから高速バスがどっか途中で通ってきますよね。あそこ高速バスがなんか宮崎から大分から行くとこうなんか寄ってくようなところ。そうね、さっき山本さんも言ったけど、もう一つ本当に僕ね不思議だっていうか面白いなと思うのは。大和のその総本山って要するに三輪山っていう神社ですね、大宮神社で、ここで祀られている神様が大物主、つまり大国主なんですよね。なぜアマテラスじゃないのって誰しもが直感的には思うわけじゃないですか。天皇家の大元っていうかお膝元である大和の国の総本山っていう総元締めである大宮神社で祀られている神様がこともあろうに大物主である。これなんでかっていう。数年前に正月奈良行って大宮神社にお参りした時改めてそれを見て不思議に思ったんですね。で逆に言うと大和の中にアマテラスを祀ってる神社って2つか3つしかないんですけど、大宮神社の近くにもあるんだけど本当にちっちゃな神社ですよ。もうそれは大宮神社と比べ物にならない本当にちっぽけな小さな神社がこれなんか万葉集でもバンバン出てくるところだし、そうですね。それこそ山止めの道の入り口のところに大宮神社がある。ここで大国主なんで最近の古代研究だった大宮神社からちょっと行ったところに巻物がほぼ7、8割の確率でここが邪馬台国だっていうのはほぼ確定しつつある。白隊に巻向王国っていうのはかつての邪馬台国である。そうすると大和の中でのその邪馬台国の中からのじゃあそのどういうふうなそのまさに場所共同幻想の受け渡しになったのかとかすごいまた問題になってくる。奥の方っていうんですかね。はい。奥山の奥の方っていう。そうですね。こう資料。それもそうなんですよ。だから東歌で場所
万葉集、古事記の聞かようにしても万葉集にしても非常に大事な歌の要素の一つが国褒めっていう場所を褒めるっていう場所の名前をそれは褒めるっていうのは正面切って褒めるっていうよりも名前を挙げるだけでいいわけですよ。歌の中でその名前を地名を読むっていうこと自体がその場所の持つ魂をその褒めたたえその活性化させるっていうことがありますね。ありますね。すみません。高橋さん、すっかり山本さんの場所の話に近づいてるんだ。僕の論理じゃない。普遍の論理です。一つね、もう一つきっかけになったのは村井さんっていう歴史学者、村井翔って言ったかな。ありがとうございます。出雲と大和っていうちょうどこれと岩波新書で出して、これがものすごく面白かったの。でさっき山本さん言ったけど要するに大和圏以前にその出雲を中心とするこれ非常に緩やかな多元的国家連合っていうのがあったと。でこれが出雲なんだ。だから出雲っていうのはある特定の場所だけを意味する地名ではなくってむしろその大和以前の大和圏以前のおそらく越の国から北九州までずっと広がっていった多元的な国家連合、緩やかな国家連合の名称が出雲だというふうにむしろ考えられているということで、その出雲、かつての出雲国家の功績を丁寧に皆さん辿ってるんですが、あれ非常に面白かった。僕は一つは、それを読んだ直後にこれを読んだんですよ。それでインスパイアされたという感じがあったんです。彼はちょっと離れてる。彼は山降りたから。高橋さん、今その山本さんみたいなさ、場所の力みたいな感じます。それは感じます。それはね、日本国内で考えるとね、なんとなくこう山、要するに天皇家と出雲とか違う場所でね、感じが具体的に言うとね、その EU とかね、アメリカがね、大和国家、イスラミックに対応するんですよ。それでね、東欧諸国だとかバルカン諸国とかその他あるでしょ。そういうところがね、出雲的な国塚で対応するんですよ。つまりね、としてさ、どこで感じるのかなって感じる。これは本当にね、今ね、ヨーロッパで起こってることはね、ちょうどただね、大和国家と違ってね、この出雲の神様を祀るっていうことは絶対ヨーロッパはしないんです。だから必ずね、ヨーロッパ法制をね、受容させるわけです、全部。だから例えばね、今の山本さんの話を聞いてると、明治の神社合祀になぜ南方熊楠がね、あれほど決死の覚悟で抵抗したかっていう問題の意味も、しかもあれが熊野っていうね、場所で行われたってことは僕はすごく重要なことだと思います。熊野っていう場所の意味があるんだと思います。でね、出雲に対抗する形でもう一つ日本の場として非常に重要な意味を持つのが熊野だと。出雲と熊野は間に大和を挟んでちょうどフェアな関係である。確か天皇制との関係でいうと出雲も熊野も非常に微妙な関係をさっき神武天皇があれでしょ、大和統制に最終的に上陸地点に選んだのは熊野だな。熊野からしか大和は入れなかったんです。それがさっき山本さんが言った山系の神との共同関係の問題、そのあたりが一つ。ただ熊野は必ずしも山系の神の場じゃなくて海系の神じゃなくて現代、つまり我々の日常生活の中でどこでそういうのを感じられるその場所、いろんなところが僕はあるような気がするな。それは街歩き好きなんですよ。実感ですよね。例えば出雲行ったことある？だから出雲、それからあと鹿児島、
鹿児島はね、だから高千穂なんか行くとその感じでね、僕が今まで一番スピリチュアルなものを感じたのはやっぱあそこですら高野山奥の院だったな、あそこ行ったらビリビリビリってきちゃったっていうね、本当にそれ感じたい。そういうとこ行ってそれで何も感じなかったらもう俺は日本書紀に感じること洗脳されてるんだなと思って。それはね、出雲に行くとやっぱりこうすごいよね、宝物はね。だからこうリプリカだけだけどね、もうそういうの感じますよ。300何十のもすごい弱いんだよね。山本さんのようにそれこそが力だというふうなさ、そういうふうに思う感じて。まだそういうとこ行ってないかって出雲なんて言ってない。だから大宮神社行った？出雲も勝つチャンスだからね。出雲が山口さんとなったからね。それはちょっと話に出てこなかったからね。つまり出雲が玉ヶ原になったらもう一つね、もう一つあります。あるスポット。諏訪。あ、諏訪はそうだね。諏訪はすごい。だからね。上社と下社と両方。あそこはで、さっきの話で言うと諏訪大社で祀られてる神様って山の神じゃないんですよね。海系の神で、あそこは海神族と海族。で、安住っていう名前があれ海神族の名称なんです。あれは安住ではなくて本来はアドって呼んだはずだと思うんだけど、アドってのは海神族でだから信濃の山の中なんだけど諏訪って海なんですよね。だから諏訪湖に巡り合った海神族がここを海と見立てて自分たちの場所にしたんだろうなって僕は思う。ついでに言うと諏訪大社って肉食なんですよね。かつて諏訪の大祭の際には鹿の首を50個50個備えたっていうね。いやそれはほらね川本さんからそう高良さんと川本さんの講座で。あれですけどね、どういう進め方しようか、誰かね、3人のうち誰かがあれだから、誰か1人、司会みたいな1人、別に伊藤君やってくれたらやりやすいでしょう。司会ですか？大体山がですけど、俺が司会するより話が進めやすいだろう。じゃあ、どういうふうにしますか？いや、だからいろんな質問をまずといいますか、それともお互いに意見を一回言いますか？いや、いいですよ。それはもう質問の中でお互いに交互でやりやすい。それでは後半を始めたいと思います。3人の方に話されてそれぞれ重なるところと随分違うなと、でも基本的には共同幻想どういうところでそれを設定してなぜそれを設定しているかっていうところの話だったと思います。で今までの3方にのお話についての、質問、意味がよく取れないところ、まずそこを出していただいて、あんまり細かいところではなくてもいいと思うんですけど、それで答えていただいてそこから展開していきたいと思います。ではどうぞ質問を短く、明確に。はい、どうぞ。どこから言ったらいいか分かんないんですけど、共同幻想とどなたにへの質問かいやどなたに答えていただいてもいい感じで聞きたいんですけど、共同幻想と自己幻想、追幻想ということで、僕のイメージだとやっぱり共同幻想っていうのは自己幻想と共同ちょっと位相が違って、自己幻想、追幻想と共同幻想はやっぱちょっと位相が違って、当然共同幻想は自己幻想、追幻想から見ると逆立ちする要するに逆立する形になるという構造だと思うんですよね。そうすると共同幻想の中で政治的な闘争とかそういう的な論理も僕はやっぱり共同性の論理だと思うんですけど、そうするとどうしても直接的に共同幻想の今言ったら逆立ち逆立する思想に入っていくときに自分の中で内在的な不可避性を持って内在的な輪で直接入っていけないような気がするんですよね。いつもどっかでここに書いてあると思うんですけど、吉本の方要するにどっかで虚偽とか肯定するとかいろんな人によって反応の仕方があると思うんですけど、どっかで自分の問題として僕らの簡単なことで自分の問題として入っていくっていうのが俺のことだ彼女のことだっていうのはまだ分かるんだけど、
政治の問題っていう時にそのどういう形で入っていけば内在的なその要するに必然性として生きられるかなっていう時どうもそこで共同幻想っていうのはなんかそういう問題がどっかで根本的にあるんじゃないかと。でこれについてまあそのいろんな高橋さんもその、悲願の共同幻想とかいろんな言い方とかあると思うんですけど、だから共同幻想これからどうなっていくのかっていうのを含めて今言ったその原理的なこの共同幻想自己幻想追幻想との共同幻想の関係が変わってこれるのかどうか、あるいは共同幻想はそのままなくなるべきものなのかあってもいいものなのか、例えば宇田さんであればそのなんか非常に解除した方がいいのと、若干あってもいい柔らかいのもあってもいいぐらい、いろんな言い方があると思うんです。そこについてのちょっとお考えを、原理的なところなんですけどお聞きしたいんですけど。今のは要するに場の意思論とか、にも通ずる話だったと思うんですが、ではどうなったか、じゃあ山本さん高橋さんそれぞれその意思論について語っておっしゃるので、今のことについて三上さん。だから感じさせないようなところまで変遷しているのは共同幻想の力だということが一つあると思うんですよね。だけど現実的に国家は存在し共同的な領域っていうのは存在してるわけですから、そうするとそこへ向けてそれを自己の対象領域として考えるっていうことは、これは僕は知的な活動として非常に大事なことが言ってもと、意思的なものも含め知的な活動の意思としてね。だけど政治的な形での実践をやればもう直結に出現していきます。今の問題がね。今の問題が。だからそれは逆に言うと見えない感じられないっていうのは、政治的な形での僕からすると権力関係の行動なり闘争なりを展開してないということで、要するに共同幻想が安泰しているという状況だと思いますけどね。展開しないことが利益になることですか。山下さんもおっしゃるのはそのさっきの場所共同があるんですけども、要するに共同幻想を骨抜きにするというか、一つのでっかい権力的なものではなくて場所的な共同幻想っていうのはその私もちょっと理解不勉強なんであるんですけど、逆にそういうちっちゃな共同幻想で大きな共同幻想を壊して拒否してしまうという。別な言い方すると、マルクス主義なり吉田マルクス主義は社会主義革命ということによってそこの領域を超えられると思っている。ところが観念の形態はそういった形での国家権力の奪取だとかプロレタリア独裁とかっていう革命行動でその観念の正体に対する解決はできないということが明かしされたのがこの社会主義革命1917年以降の歴史の現在的な結果だと思うんです。だからそうすると僕はその時にもう一つさっきも言いましたけど共同幻想は消滅するっていうのを吉村さんがよく言ってたんだけど、対談のやっていく中ではどうも消滅じゃないと。要するに通幻想との調和だとか、自己幻想との一定での均衡だとかっていうのが大事なんじゃないかっていうことがあって、で僕は共同幻想に対峙できるのは通幻想ではない。場所の共同幻想しかそこに対峙することはできない。で場所の共同幻想はじゃあ国家的レベルの共同幻想をなくすのかっていうと、日本の設計原理ではそうなっていない。天津神という共同幻想性をちゃんと立てて、天津神というものと共存するというアジア的な形態を取らないと、日本の幻想形態は多分確立しないだろう。でその天津神が天皇であるかどうかはこれ別問題だと思う。だから天皇である、そこは天皇が上手に天津神を使って君臨しただけの話だけど、天皇でなくても自分たちの天津神を立てれば、僕は共同幻想の安定っていうのを一定程度成り立つというふうに思います。あれですよね、意思論の領域みたいな一番難しいと思うのはね、現代社会ね、やっぱり一つは共同幻想的な領域がね、非常に戦前と違って戦後はやっぱり拡散してるっていうか、宗教的なものが全面的に出てくるって前にね、戦争とか戦前ある程度、国体論いろんな形ですけど共同幻想が全面出てきてね、ある程度やっぱり個人に、戦中の世代だったらやっぱりね、死ぬか受け入れるかどうかという
具体的な共同幻想性がね、そういう形で、まあ、具体的には死という問題を媒介にしてね、どう受け入れるかというか形で共同幻想自体が本人のその意識の上にね割とダイレクトにぶつかってくるっていうか、そういう意味で集中的にやってくるっていう経験がまああるわけですね。で戦後はやっぱりどっちかというとずっと拡散していくっていう、だから空虚という概念が出る意味で拡散していってなかなか捕まえづらいということがあるし、である面では自由という戦後の自由的な戦後意識の形態がねものすごくそのなんていうのか共同幻想としては解体しているで、まあ、ある面で戦後国家っていうのは共同幻想的な国家と社会国家とが分離していくっていうか構造的にという側面もあるんでしょうけど、もう一つやっぱり共同幻想が肉体化されたものとしてのこの官僚機構とね幻想性とかすごく乖離していくっていうかね、こういう形があってすごくその共同幻想の的なものと我々がその非常に捕まえづらいというかいうことは非常にあると思うんですね。で多分ね戦後自由っていう戦後的自由ってやつがどういう形で我々の共同意識としてあって、ですから今の運動を見ててもそうですけど運動の中で共同性をなかなか実感できないというのが今の運動ですよね。ここのバラバラできてもだから原発運動と見ても70年代闘争とはやっぱり非常に違うなと思って見てるのは、70年の時はまだ何らかの形でどうそれを理解するかは別ですけど共同の性の問題として理解できるところがあって共同の関係をねそこでイメージできるところがいくらかあったんで、それが非常に難しいというのが今の脱原発闘争で、そこにものすごい課題があるということがありますね。で多分それはだから今のその左翼の運動自体が全体的に困難に陥ってるっていうのはマルクスの問題もありますけども、やっぱりそういうこと自体をねどう受け止めたらいいのかってそれをどう対応したらいいのかっていうことになかなかその対応できるという方法がないんだろうと思うんですね。ですからそこで僕はだからその意思論みたいなものはこのどういう形で意思という形の形成が向こうからの共同意思の形成のされ方がね自分の中に入ってくる入り方が非常に難しくなってるっていうか、そういう時にどんなふうにそれを自分自体がもう一回主体の意識としてそれとの絡みでねなるのか、意思させられるっていうことをねそれを意思として捕まえるっていうちょっと言い方変ですけどそんな感じのものがねだから意思論の中にあって、ですからまあヘーゲル的な意思論が展開してた意思論、まあ精神現象学含めてやってた意思論みたいなやつと吉本さんが心的現象論でやった意思論がねどのところに違うのかなともう一回ちょっと今の状況の中でね考え直しているところですけど、実践的にはそこが多分さっき言った主体の問題だ。主体ってモデルで考えるかどうか。というよりも術語の問題なんです。そうそうそう。だからそういうふうに言ってもヘーゲルの論理って術語論理なんですよ。そうね。だから主語は一個で要するに私は移動する、私は欲望する、私は考えるみたいな。つまりこういう術語のバリエーションがあるんだと。でそれを主語としての絶対精神で自己統合するっていうのはヘーゲル理論。だけどこれ術語議論。でその術語論理を要するに吉本さんはむしろ日本語をやってるから、体現的に体質的に僕は術語の論理として今そのさせられ今三上さんが言ったさせられる意思の意思するっていうのは、日本的術語の表出ロジックなのよ。でこれは日本語しか持ってない。日本語しか持ってないんじゃなくてちょっとごめんなさい、正確に言うと今言った4、5言語術言語があるっていうのは世界で、8カ国か10カ国ぐらいしかない。あとの100何カ国は全部術語理論。なのにチョムスキーだとかそういうその西洋言語学者の言語理論が支配的になっちゃって術語理論の言語体系論がないんですよ。でこれをだから今金谷さんだとかみんなでちゃんとヨーロッパでやろうとしてるんだけど、かなり意識的自覚的に直面したのはクリスタル。なるほど。だけどやっぱりだからアルキタイプの術語があるとそれギリシャだと。
いうことが分かってる。でそれをデカルト・ヘーゲルあたりから死後論に変わっちゃったよっていうことを言うんだけど、クリストファーも精神分析で述文の領域を使わなきゃいけないと思うんだけど、やっぱり死後述語のロジックに入っちゃう。例えばこれね、こういったエルゴス我を思うゆえんが我ありってデカルトの有名な言葉があるんですね。これラテン語の言語で書くとこうなるんだけれど、実は我を思うってこれなんですよね。ここに主語ないんです。コギトっていう言葉一語で、これがこの動詞の形、まあこれは動詞の語形変化によって我を思うっていう、でも少なくとも形の上でここには主語はないです。というのね、これはデカルトはフランス語でやったの。ジュポンス・ドンク・ジュスイってやつ、それをラテン語訳したのは別な人で、別な人がコギト・エルゴスムって言っちゃった。だけどこれはコギト・エルゴスムって言った時は今高橋さんが言ったようにもう主語ないんです。なくなるんだよね。ギリシャ語も実はそうなんですね。ギリシャ語、ラテン語っていうのは実は主語がなかったんです。主語ってものが立てられるようになったのは近代のフランス語とか近代のドイツ語なんですよ。つまり国民国家ができて、国民国家に従って国民言語っていう形でルネサンス以降それぞれの国語っていうものが確立されていく中で、ヨーロッパの場合は死語と述語っていう形の言語体系が出来上がっていったっていう。その死語っていうのはね、例えば認証によって、つまり認証が主語を明示するからね、一人称、二人称、三人称、ヨーロッパ語の場合にはそういうふうにして「ich」とか「や」とかね、私っていうのが消えるのと表に出てこない、しかし実際は存在するっていうのと、それから主語がない、つまり認証もないっていう、認証っていうかこの無認証文というものがあるというのはポーランド語だってスラブ語はありますよね。これ本当に主語ないんですよ。全く主語ない。こうなんていうか晴れだっていうような感じでね。だけど英語とかなんかだったら「it」入れるとかね、必ず仮主語みたいなのを作るでしょ。だからその意味ではね、この本当に古典ギリシャ語にね主語がなかったのかね、無認証文が主だったのか。それはどうなんですか。日本の場合にはなんかそんなに攻められないから難しいんだけど、別の言い方をしますと、認証というものが名詞という形で明示化されて、それが要するにそのコプラ文の中で死語という形に位置づいちゃうんです。でそれが登場するためには、いわゆる名詞化という明示化がなされるということが1点と、それからもう一つは A と B 動詞、B 動詞が登場してくるっていうのがその2点、それでいわゆる死語述語コプラの近代的な言語体系になりだす。だから認証というのは別の次元なんですよ。だから日本語でも彼を私ってありますから、でもその彼に対するその B 動詞が違ってくる、私に対する B 動詞が違ってくる、この時に A トルが登場してきて、A トルが登場した時に認証が死語になっちゃったんです。なるほど。認証は死語ではなかったっていう。そうそうそう。でそこはフーコーの言葉とものの中で、フーコーは相当格闘してるところなんです。そうですね。だから今のラテン語とかギリシャ語の場合主語がないで、認証は確かに語形変化で表されてるんですけど、それはおそらく認証って意識はなかったはずだと思うんですよね。でついでに言えばもう一つ思い出したの、古代ギリシャ語には能動体にも受動体にも分類、つまり何々するかされるかっていうどちらにも分類できない中動層っていうのがそれはメディアっていうんです。メディアって言葉は実はこれが語源になってるんだそうです。そうするとこれ何にするかされるかっていう、これまさにこのさっきの近代英語とか近代ドイツ語の場合だと自動体か能動体かっていうのはものすごくはっきり区別されるけど、そういう区別が実は事実上存在しなかったなっていう、相対化されるという。そういうのは残っているのがスラブ系の言葉ですよね。もう一つちょっとこれ変な図なんですけど、これ S と P っていうのは主語と述語です。でこれが普通ヨーロッパにいるところの命題になるわけですね。一つの何々は何々であると。
でこういう変な書き方したんですよ。これ要するにこれヘーゲルの論理っていうのをね、ヘーゲルの哲学って書くとこういうモデルになるはずだと思うんですね。つまり何々は何々であるというふうに言った命題の何々は何々であるっていうのが実は次の主語である。だから僕らがどっかで何々は何々であるという一つの文っていうか命題を見ている時に、実はこの主語というのは絶対的な始まりではなくってすでにあるそれ以前の命題によって媒介されていて絶対的な主語ではない。つまりこの主語とその主語に対応する述語っていうのはこう無限に続いている連鎖の中の一つの部分というか、ね、一つの哲学の言葉で写影という言葉がありますけどね、一写影に過ぎないと。写影ってこう書くのかな。写影。そうするとヘーゲルの論理っていうのは実は固定された主語と述語の論理によって出来上がってるんではなくて、絶えずその命題が次のものに媒介されていく。全体としては大きな運動の中の流れの中から一つ任意に取り出せば一つの主語述語命題っていうのが言えるんだけれども、全体としてはそうは言えないという構造になるんだと僕は思うんですね。これもね、西田の哲学概論で、そのまとめ整理してるんだけど、S だからS イコール A1、S イコール A2、S イコール A3、こういう文章がある。それからもう一つは S1 イコール A ね、S2 イコール A、S3 イコール A ね、こういう文章がある。それから S1 イコール A1、S2 イコール A2 ね。S3 これ S2 要するにこういうふうに3通り分けてるんだよ、ね、それで要するにこれを述語だ、これを述語理論だっていう人とこれを述語理論だっていう人がいる、それで西田は、ヘーゲルをここに位置づけてるだけど鈴木、徹だっけ、それは、ね、ヘーゲルをこっちに位置づける、つまりヘーゲルっていうのは逆に言うとどこでもはまっちゃうんですよ。それでさらに間違いなのは、これは西田が西洋理論を整理しただけの話で、命題法に基づいて、で西田の理論はこれだなんていうそういうバカな西田解釈者が出てくる、西田はそんな次元の述語の話はしてないっていうことなんです。でそれはどういうことかっていうと、もうここに設定した時にもう命題文なのよ。いや、もちろんそうだよね。前提になってるのは命題文。で僕からすると、もうこうやった瞬間に広松当たると和辻にもう騙されてるでそれが東大のやつらがやったロジックで、吉本さんはそのロジックに従ってない、だから時枝は吉本さんの言うことが本当に分からない。分かんないね、分かってないね、もう理解のしようがない。だから表現としての言語を時枝は分かってないんだって言い方するけど、そうじゃなくて、僕からするとこの主語述語のこのロジックから時枝出てないんですよ。だから吉本さんが言ってるロジックが全然理解できない。でも吉本さんは今度無意識に述語の表出理論をやってる。だけど吉本さんの自覚と意識が三浦努になっちゃってるから、これまた全然ダメ。っていうところをちゃんと整理していかないと吉本さんの正確な理解にいかない。だからね、その後論でね、要するに共同幻想論自身がね、ある程度やっぱりこれ一番誤解されたって読まれなかったっていうことの一番一つの原因でもあるかもしれないけどね、要するにある程度近代主義批判近代言語批判なんだよね、形態がね。要するに我があってこう主体があってね、そこから全てが発想できると。ということはその我々の自意識がね、すでにその我々はそのどこから形成されてるかなんていうようなことはあんまり考えないで、自意識であるものが世界だと思ってるわけですよ。ね、そこから全て解釈したりというふうにね理解できると。吉本の共同幻想論で逆実論なんていうのはね、みんなが最初に戸惑っちゃって、でもそこで行き当たってもうそこでやめちゃって引き返すという形でちゃんとそこから入ってね、だから自己意識の生成そのものがやっぱりちょっと違うんだというかで、そういう形をね
でだからいろんな具体的な後からの反省の後死の意識といろんな意識でいろんなものをね作為とか想像の中で人間の形成される意識と現実意識の乖離とかねでむしろ共同の幻想の意識っていうのは向こうからやってくるものだというかそういうだから意思としてもこっちから直接意思できる範囲で半分ぐらいは現実景気でいくんだけどねどうしてもあとの半分っていうのはそうはいかないという問題がねあってというふうになかなかその理解できなくてこれはだから実践的な意識それをもし、吉本さんの共同幻想の意識もよくわかるんですけどじゃあこれをその実践的な現実の具体的な意識の中でね考えたらどうなるかっていうふうにね、言うとねこれはなかなかね我々の主体の意識はねでしょ自分の意識自体をこうでそれは逆の意味で言うとね70年の時に出来上がってる意識をこう自己意識の体系として見ることの欺瞞性をある程度そういう言語体系に対する批判があってだからある程度その肉体的な非発言語みたいなところへこだわったというねそういう形の運動のあれだけやっぱりラディカリズムみたいな運動で身体性みたいなものを非常にこだわったっていうのはあれは別に暴力という直接的なその効果ではなくてねそこで初めて言語思想っていうかね我々の存在意識が表現される表出されるというねそのことに対するいわばその言語を我々が自分の身体としてどう実感できるかあるいは身体どう表現できるかっていったもののねその一番こだわりの問題っていうかそこにあった時はそれは我々は気がついてなかったけどやっぱりさっき術語的なって言ってもね日本語のやっぱり難しさみたいなあるいは日本的な言語空間の難しさみたいなものでもあったわけだしそういうことが共同幻想論の読み方もなかなか今まで共同幻想論に話に入るとね、なかなか議論して厄介なのは相手がやっぱり近代主義的な主観でこう物を見てるからそのところでもう入り口が出ちゃう。ずれちゃうんですよ。でこれね落合が書いてる今度の共同幻想論って何とかいうやつかね本があるでしょ。典型的にそうなんですよ。で共同幻想で言ってる関係とかねいうのは関係で単なる客観性ではいいんじゃないかってだから主観と客観の概念でねすぐ加盟できるじゃないかっていうふうにちょっと待ってくれやっぱり関係っていうのはそういうことじゃないからね関係論っていうのはやっぱりあるんだという前提的なことがねなかなか理解されないっていうところそういうことありますよね。ちょっと違う角度から考えてみたいんですけどね共同性っていうものについて考えたときにかつて、僕なんか運動やってる時に、特にそうだったけど要するに共同性をめぐる経験っていうのは非常に自分の中でネガティブなものとして受け止められるっていう面が強い。で実際、例えば日本の歴史っていうものの中で考えてて共同性の在り方っていうのは歴史を振り返ってみれば惨憺たるものであったと。吉本さんの言葉で言えば日本人民というのは基本的にはその共同性の在り方を巡って言えば惨憺たる敗北の構造というものをずっと繰り返してきたんだというふうな感じになると思うんだよね。ただねそういう見方が一方であるんだけれどもご承知のとおり横に八岡さんがいるんだけどこの八岡さん僕もそこに属してた反旗派っていうとはそういう中で共同体論っていう言い方をしたわけですよね。でなんであの時共同体論っていうような問題の出し方をしたのかなと。でその時ちょっと思うのはあの時反旗が共同体論ということを言っただけではなくて69年の事実上70年安保闘争の天王山っていうのは69年の11月16日の佐藤首相当時の佐藤首相のアメリカ訪問訪米これを阻止できるかどうかっていうところが諸党派みんな天王山っていうふうに位置づけてそこに全力を投球したんだけど惨憺たる負け方をしたと。そのあたりからしきりに70年にかけて議論されてたのは例えばソビエトとかコミューンっていうふうな概念を使ってレーニン主義的な前衛討論みたいなものをなんとか相対化しようじゃないかっていう議論で。
でロシア革命自体がそうだったわけだけれども、その老兵ソビエトあるいはコミューンでもいいわけですけど、それは事実上さっきの山本さんの言葉を使えばある種の場所共同幻想の単位になるわけ。ところがそれはことごとくその上に立つより高次な共同性としての例えば前衛党という存在によって、あるいはさらに言えばその国家ソ連という国家で、ことごとくその場所共同幻想が散奪されていく過程の中で、例えばロシア革命にしても中国革命にしてもあらゆる革命がもうその一番根幹の部分がそういう形で散奪されていくっていうのが共同性の歴史、共同性をめぐる敗北の歴史だったっていう、そういうものに対するある種のその見直しっていうものの中で頃ソビエトとかコミューンっていうふうな概念を非常に拙い議論であったと思うし不十分な議論であったと思うんですけど、曲がりなりにもそういうふうに考えようとしたってことは間違いない。でそこから出てきた問題っていうのはなんとかなんて言ったらいいかな、少し感覚的な言い方なんですけど、ハードな共同性、つまり一旦出来上がってしまったらてこでも動かないような非常にハードな共同性の構造っていうもの、あるいはそういうハードな共同性とこの関係というものをもうちょっとなんていうかな、緩やかなっていうか作り変え可能な共同性、ソフトなっていうのも変だけど緩やかな共同性と作り変えたいっていうふうな思いっていうのがあったんだと思うんだよね。でそういう緩やかな共同性をめぐる形で、例えば共同性の関係にしても編成し直していきたいというふうな思い。ところが現実の歴史でいうと1970年以降から70年から80年ってさっき味岡さんも言ったけれども、むしろ現実には社会国家と官僚制システムの乖離、あるいはその頂点に立つその国家権力とその社会国家の関係というのが一斉に乖離していく、あるいはただ乖離するだけじゃなくて非常に高度にシステマティックな形で再編されていくというような中で、実はその緩やかな共同性、作り変え可能な共同性をなんとか生み出していこうとする運動っていうのは結果的にはほとんどうまくいかなかったというか、成果を見ないまま終わってしまったと。ただそうは言ってもやっぱり今例えば現実に我々の共同性っていうのはどういう問題に直面しているかっていうと、例えばいつか僕もちょっと秋田行った時に秋田の駅前の本当に一番の昔なら一等地の商店街っていうのはほとんどがシャッター街になって閉めてしまっているというような状況。それから今回のっていうか 3.11 の東日本大震災でもはっきりしたわけですけど、もう地方のまさに場所の悲惨な状況っていうか、ほとんど場所というのは解体され尽くそうとしている状況というのはもうちょっとギリギリのところへ来てるんだと思うんだよね。そういう中でその共同性っていうものを共同性を構成していくっていうことを我々どういうふうに今具体的に考えたらいいのかっていうことが改めて問われている。でこれもちょっとまた別の話っていえば別の話なんですけど、市田佳子さんって神戸の先生がいるけど、彼とちょっと話をしていた時に現代の革命論の中で共同体論的契機を入れるか入れないかっていうことが革命論の分岐のポイントになるはずだと。彼は革命論という本を平凡写真書から出してる。で彼はもう非常に顔明なほどのって言ったらいいんだけど、非常に強いアンチ共同体論者なんですね。いかなる意味でも現代の革命論の中には共同体論的契機を入れてはならないという立場で、言ってるんだけど、ちょっと僕はそれにはやっぱり疑問を感じざるを得ないところ。今コミュニティとか共同性の組み立て直しというのを課題に含めない形で、例えば社会っていうものを社会革命っていうようなものを考えることが果たしてできるのかどうかっていうことを。だからもちろんまだ具体的にこうだというふうに見えてきてるわけではないんですけど、改めてここのところでギリギリ臨界点に達しある我々の
共同性の在り方っていうものを組み立て直すための最後のよりどころっていうのは僕らに求められている。逆に言えばそういう形でそういう問題意識でもって共同幻想論っていうものを読んでいった時にさっきの山本さんのような場所の問題っていうのが浮上してくるっていうそういう文脈があるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。だからもう一つの問題っていうのは要するにハードな共同性に代わるある種の作り変え可能な緩やかな共同性の在り方あるいはそういうものの中で、個人あるいは個体同士がどういうふうにしなやかに結びついたり離れたりするようないろんな実践的過程というものを繰り広げられていくのかなっていうところをやっぱり考えてみたいちょっとそういうふうなことを考えているところはあるんですけどね。でもそれはあれですよね、山本さんの言ったような実務的な共同性でなければならないわけですね。多分そうです。だからハードな共同性っていうのはね、おそらくハードな共同性に対応するのはハードな主体なんですよ。多分ね。だからハードな主体とハードな共同性がバーンとぶつかり合うようなこういうモデルで考えるのはちょっともうやめた方がいいだろうっていうことはあるね。今言った通りなんですよ。だからハードな共同体にハードな主体をぶつけるようなマルクス的ロジックでも通用しない。でその時に僕が言ってる場所革命の基本的な課題は2つの課題があって1つは地域主義これを克服しなきゃいけない。だからもう1つは共同体論共同体主義これを克服しなきゃいけない。この2点を克服してないと場所革命は成立しない。でそういうふうに言った時の場所革命は何かっていうと要するに共同体を設定した時に実体的なヨーロッパでいうとコモンズっていうんだけどある種の共有性の実体性を設定したんですよ。で日本でいうとまさに共同体の村落共同体のもう何とも言えないしがらみのこれ実際にもう本当に嫌だっていうその村の人たちはねこんな固いつながりがそういう実態になっちゃう。でそうじゃなくて場所の革命ってのはどういうことかっていうと西田が言ってるように絶対無を出現させなきゃダメなんですよ。有の場所じゃなくて。でその絶対無の出現っていうのが実は意思の問題に関わる僕から言うと術語的な意思に関わる場所の意思の出現なの。これに対する具体的な展望のまさに理論とそれから政治方針を持ってないんですよどこも。だから何にもできない。原発一つに対する対応さえできない。ね、でこれをちゃんとしっかり持てば場所の住民たちがちゃんとした動きできるんですよ。これをちゃんと持たなきゃいけない。で持つためにはどうしなきゃいけないかっていうのは僕が今言ってる場所の神のその場所の国つかみを復元しない限りこれ意思を持てない。共同幻想を喪失しちゃってるわけだ。だから場所の共同幻想というものをちゃんと持ちながらその場所の潜在的な可能性を引き出すその場所の意思をちゃんと掴んでそれを要するに国家との対立なり共存も含めてですけど隣の共同体との共存も含めてねそれをちゃんと作り上げなきゃいけない。でこれを今何やってるかというと場所キャラになってる漫画チックなお人形を作ってやってるわけよ。だけどあれはもう場所の意思が潜在的に現れてる。潜在的に現れてる。だからそれをだからあんなお人形の中で遊んでちゃダメでちゃんと神様まで仕上げろって話だ。味岡さん、どうですか今の話。要するに場所の意思の出現を呼び起こす運動じゃなきゃダメでしょっていうことですよね。だからね、それはね、ゆるキャラでつまり山本さんが言ってる場所っていうのは具体的であることにある面で言ってみたら幻想的な場所であって抽象的な場所でもあると思うんですよね。でそれは例えばどういうことが実現されているかといえばマルクスが例えば社会革命で言えばね個人のその固有の力が職業的なものがそのまま性的な力で嫌わせないでそのまま承認されて実現されるということとね例えば極端に言えば自由なね自由が相互承認されるみたいな場所というかねでそれは例えば沖縄で
その南東論を書いた時に吉本が古い共同をその天皇制を超えるその共同原則を掘り起こしていくといった時に一方では沖縄の古いね、戦前の戦後の沖縄の古い共同体の閉鎖性を批判も同時にやってるわけですね。ちゃんとその戦争中のお前らと転校してどうしたかっていうかとその教祖の連中に含めてちゃんと戦争中のその転校体験じゃないんですけど非常にその沖縄の逆に持ってる地域的な共同性の問題閉鎖的共同性の問題を同時に批判してるわけですね。だからそういう意味で沖縄の場所という沖縄が場所になりうるかというか場所としてね沖縄がなるためにはそういういわば構造的な変換というか変化が必要なわけですね。でそういうことだと思いますよ。で僕はねその共同性ということをなぜさっき国家と国家以前と言ったかと言ったらねそれは別に時間的な未来と過去にあって今がなんじゃなくて今でもあるんですよ構造的にいろんなそれは商品経済があって商品経済一部で商品経済でない経済活動をいっぱい我々の中に存在してるでしょ。同じように共同性の世界を組んでる時だって国家的な共同幻想と共同幻想じゃないとこで共同成立している世界っていうのは我々の中にいっぱいあるわけですよ。現実に実現してるわけですよ空間でね。でそれをどう自覚的に意思的にちゃんと対照的に取り出してね組織できるかということが問題なわけでしょ。だから例えば何もその共同幻想性例えばそういう地域の共同幻想性でもいいしじゃあ商品経済以外の例えば経済行為でもいいんですけど仮にそれをね何らかの形で言語化したり共同のもので表現するとね言葉はね国家的なものしかないし例えば商品経済的なもの以外はね例えばそれを表してくれないと。だからそこでの課題もねそんなふうにしか全部ね表せないからさそこでの問題はやっぱりそれ自体としてちゃんと展開されないみたいなことでしょ。だから僕らのその言葉っていうかちゃんとしたそれを言語構造みたいなものがそういうその中央集権的なそういう言語構造に、ね、収奪されない構造であればね例えば現実にその我々は日常的には経済商品形態でない無数の経済構造も現地いろんな形でやってるわけですよね現地同じように共同幻想にしても国家の共同幻想以外の共同幻想も別に時間と場所だけじゃなくて象徴的に国家以降と国家以前で出てくるけれども現地に存在してるわけですよね。でそれをどう自覚的にさその相対普遍的なものに取り出すときに歴史的なそういうね時間のそういうものが必要とされるということでいいわけじゃないですか。それが今ですねだから方言方言がもう一回評価されてきてるでしょ。それでこの間テレビ見て面白かったんだけどセールスの販売するときに方言でやると相手が非常に気を許すんですでところが商品説明したときに標準語になるだけどその時に標準語だと冷たくて商品交渉が成り立たない。だから方言で人との関係の温かさを作り出して商品は標準語で説明する。でそういうことの中で今リカバリーがあるんだけどもやはり今学校教育の中で標準語国家語が中心になって方言は要するに貶められてきた。でそれも今やっとバランスの状態があるんですけどその時かなり自覚してね国家的共同幻想に基づいた国家標準語というものをちゃんと相対化しなきゃいけない。しかもこれ主語もないのに品種もないのにそういう嘘を教えてる学校文法ですから教育の中でそれがいわゆる国家的共同幻想を無意識でサポートしちゃってるんでね。でこの嘘の学校文法嘘の国語教育っていうのをちゃんと場所の方言に基づいた言語教育なり言語実践に変えていくべきなんですよ。でこれが実は政治課題で先ほど三上さんが言ってたけど要するに当時吉本主義者っていうのは政治闘争しないんだね、それは何かっていうと幻想論本質論に基づいてそんなバカな政治は俺はやらないっていうのが当時の吉本主義者です。でそれは何かっていうと幻想論をそのまま政治過程に持ち込んだ僕から言わせると転倒それは幻想構造は幻想構造はそっち側にあるんであってその幻想構造をちゃんと踏まえた上での政治行動っていうのは取りうるわけところが吉本主義者っていうのはそこで
もうなんか物が見えて分かったかのように政治闘争をしない。これだから我々の無党派の戦いって2つあって、吉本主義者との戦いと党派への戦いと両面を強いられる。でその中で実感的に三上さんたちみたいにその政治国家幻想のそこの領域に政治闘争をぶつけるという実感は我々は持てなかった。沖縄返還と言われても全然理解できない。ただ行けっつからしょうがないから行ったっていうだけでね。だから僕の場合は教育家庭闘争という形で大学における具体的な日常性の闘争形態に全部切り替えている。でその体験的リアリティをやるときに何が大事かっていうと、吉本本質論を踏まえてレーニン主義的な戦いを組むしか方法ないんですよ。なるほど。実際には。で使えない。吉本さんの論理で政治やってると政治しなくなっちゃうからだからレーニン使うしかないんです。でその時僕はレーニンのすごいパワーと限界っていうのを同時に直面する。だってほとんど戦略的だからね。もうそれは三上さんだから多分体でも得してると思うんだけど、全然違う領域なんですよ。でこれは共同幻想に阻害された政治闘争でしかないんだなと、政治っていうのは。それは実感した。ただそれを今度は吉本さん的に追幻想だとか自己幻想にその共同幻想の革命を基準にしてそれを倫理的に裁断するようなことはしちゃダメだ。だから無党派は内下場だとかそういうことはしない。身体的にしない。っていうことは我々は実際行動でかなり意識的にやりましたよね。でその時に谷川岸の政治行動論が非常に使えた。そうだね。それはもう実感的にですね。でそういうことも実は反旗派から申し上げる。それで同時に吉本さんにそこに谷川さんに会ってみると、谷川さんは吉本龍明なんて共同幻想を信じやがってバカ野郎ってだからあんな反省してんだっていうね。で吉本さんから言われるともうなんか乱暴なガンさんが勝手に全部決めてもう大変ですよっていう。だけど我々は吉本龍明谷川岸という存在をやっぱりこう両極に置きながら活動を必死にやったっていうのはあります。いいですか？じゃいいです。最近おそらく改めてなんかその共同幻想だとかそういうのが共同幻想とか地域性やなんか注目されてきたのがグローバリゼーションとナショナリズムみたいなそういう論争がある論争があるような気がするんですね。で昔はなんかそのグローバリゼーションとナショナリズムっていうのはその対立二項対立で捉えてたというところが最近そうじゃないと。でどうしてそれが出てきたかっていうそのイスラムの世界の話なんですけど、最初のうちはなんとなく民主化してない後進国との対立だと、そのうちキリスト教とイスラム教の対立だとか言ってたのが最近むしろ注目されているのがちょっと違うんじゃないかと、なんかその、グローバリゼーションに対抗するものとしてそのイスラムのなんかその土着っていうかもっと地域的なものがあって、その宗教上の対立でもないし、あるいはその全く別の論理で、あるいは時間性とか空間性とかなんか最近の評論に多いんですけど、そのイスラムの世界は別でその宗教上で戦ってるんじゃなくって、なんかその、欧米の世界の時間性とかその時間感覚とか空間感覚をイスラムの世界の人たちが受け入れられないんだと、それとの闘争だみたいななんか論争が出てきて、ちょっとどっかで聞いたことのあるような話だなって、なんかそういうのを若い人たちがむしろ聞きかじってるから、割と吉本さんの本なんかが再評価されてるのかなと、妙な読み込み方なのかもしれないんですけど、そういう読み方もあるんだと思って最近ちょっとそういうのに注目してるんですけど、先ほどの話だとどうしてもその日本的なるものがどうしても中心になっちゃうんですけど、また普遍化しちゃうとそれ近代主義的な発想になっちゃうのかもしれないんですけど、イスラムが今例えばグローバリゼーション、アメリカのグローバリゼーションと戦っていると、そういう時の基本にもそういうものがあるっていうふうに
お考えなのか、それとは全く日本のものとは別物なのか、その辺をちょっとお伺いしたかったんですけど。でちょっといいですか、今の話でねちょっと思い出すのは、一つはグローバリゼーションというのは冷戦構造の終焉以降顕著になってきた状況、もちろんそれ以前から始まってはいるんだけども、基本的には89年の冷戦構造の崩壊以降の現象。またちょっと今日は図が多い。それに言うと、でこれが上位概念になるわけですよね。でここが国民国家のレベルで、民族とか宗教とかいったような要素はここによって抑圧されると。で事実上この上位概念があって、これは吉本さんでいうと模写と鏡っていう1960あれは4年だったですかね、ゴロナの論文に書かれたあれは模写と鏡って冷戦論ですよね。だからソ連とアメリカという超大国2つの体制の対抗関係というのが世界上位概念になっていて、その下でそれぞれの国民国家っていうのは何らかの形で今この構造をそれこそ鏡として映し出すことによって自分の存在があると。同時にこれはその下にあるこれが界概念になるわけだけど、民族とか宗教とかっていったようなレベルのこれを完全に国家というレベルでナショナリズムはここに位置するわけですよね。ところがここがなくなったわけです。なくなったら結局どうなったかっていうと、国家概念自体が非常に流動化していく。じゃあ流動化、これ上がなくなって流動化した結果どういうことが起こったかというと、この界概念がぐーっとせり出してきたわけですよね。でここに代わりにできたのはこれはグローバリゼーションですね。でここが国家の流動化、ここでナショナリズムの流動化が起きるわけですね。さまざまなで具体的に言うと、これはもう岩田先生もまさになるわけだけれど、一番思い起こしていただきたいんですけど、この90年以降の89年以降の冷戦構造の崩壊で最初に起きたのが湾岸戦争はもちろんあったけど、その次に起きたのは旧ユーゴの内戦だったわけですね。で要するにここで国民国家としてユーゴっていうのはまとまってたわけですよね。この上位概念の下でユーゴというナショナルの国家が成立をしている。ところがここがなくなってで漠然としてグローバリゼーションという形になっていった時に、この流動化が始まるとまさにその国民国家としてのユーゴっていう枠組みが解体していくわけですね。で代わりに何が出てきたかっていうと、まさにここのところからで、これは一般には政治用語ではエスニシティって呼ばれている。だからそのナショナルに対するエスニシティ、エスニックと呼ばれる単位がここでぐわーっと出てきたわけです。でこのエスニシティに含まれるのは有力なのが宗教と、それからいわゆる人種という概念ですね。人種は民族と言ってもいいかもしれない。例えばユーゴの場合だといくつかの民族人種単位での共和国があったわけですね。中にクロアチアとかスロベニアとかボスニア・ヘルツェゴビナとか。でユーゴの場合だと民族的に言うといくつでしたっけ？7つ。数え方によるけどね。それから宗教がギリシャ正教とカソリックとそれからイスラムという3つの宗教になりますね。それから言語的に言うと実はユーゴの中だとキリル文字を使ってる地区とアルファベットを使ってる地区と、だから例えばスロベニアとクロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナはアルファベット文化圏ですよね。でそれに対してマケドニアと、セルビアとどこでしたっけ？モンテネグロ。ここはキリル文字っていう同じ、国民国家の中に2つの文字言語があるという。
そういう状況があったようで、そういう要素が今までは国民国家の下で統合されていたのが一気に解体すると、そういうのが全部吹き出してくるわけで、それが最も極端な形で吹き出したのがユーゴの内戦という形で、まさに戦争で、これはユーゴだけじゃなくて他の地域もですね、ダゲスタンとかですね、旧ロシア、旧じゃない、ロシアの内部でもそういうもので、これは世界的な問題だったと思うんですね。そういう流れの中で一番どうしてもクローズアップされざるを得なかったのがイスラムという単位だった。で、じゃあこのイスラムという単位はどういうふうに考えたらいいのかということだと僕は思うんですよね。確かに宗教っていう面もあります。でもおそらくイスラムって言った時にある要素っていうのは宗教だけじゃないですね。といえば例えば大西洋という関係で全然違う歴史を歩んできた一つのまさに共同性。まあ正に言うとイスラムとヨーロッパと比べた場合にイスラムの方がヨーロッパより遅れているというふうにきちんと認知さイスラムの方がヨーロッパより遅れてるよっていう見方が確立をされたっていうのはほんの19世紀の半ばぐらいですよね。要するにオスマントルコが衰退してきて、そのヨーロッパの方がオスマントルコを脅威と感じなくなった時に初めてヨーロッパの方はイスラムに対して自分たちが優位に立てたということを認識するようになった。そんなに古いことじゃなくて、例えば12世紀の十字軍、十字軍というと僕らはどうしても後の世界史のイメージですけど、あれはちょっと悪い言い方をします。ちょっと悪い言い方をするんでご勘弁願いたいんですけど、地の果てからやってきた腰身のつけてる野蛮人たちがマンハッタンに槍を担いで攻め込んできたというのは僕は十字軍だと思ってます。つまり十字軍、ヨーロッパの十字軍が攻めていった中東っていうのは当時世界最高の文明が栄えてた場所なわけですね。そこへろくすっぽ文字も知らない腰身のつけた土人たちが槍を担いでいったのが十字軍の実態だったと僕は思う。でそれでものすごい衝撃を受けてヨーロッパは自分たちがもう一度世界史に戻らなきゃいけない。だからヨーロッパが近代化をした最大の僕は要因の一つはイスラムとの出会いだったと思う。でこれはさっきのフロイト理論じゃないけどヨーロッパの最大の僕はトラウマだったと思う、イスラムに対する。で彼ら、ヨーロッパは自分たちがヘゲモニーを取ることができることによって今その記憶を抑圧したんだと思うんです。それこそフロイト的に言うとこれになった時に抑圧してたものの回帰が僕は起こったんじゃないかな、イスラムというトラウマに対する。でそこでグローバリゼーションのもとにおけるある種の共同性の大きな転換が。そうすると篠原さんが言ったのは、要するにそのイスラムのそういう今起こってることっていうのは、さっき山本さんが言ってた場所的な実語性のある種本質として考えていいんでしょうか。そういう面はあるんだけれども、同時にこのエスニシティ、僕は山本さんにむしろ聞きたいんだけれども、ここでいうエスニシティという単位が山本さんの言う場所という単位とどういうふうな関係にあるのか、重なるのか、本当に重なるのかとか、僕は重なる部分と重ならない部分と両方あるんじゃないかと思ってるね。それそう言ってもらいますね。これはもうじゃあもうドリ流はね、要するにエスニシティっていうのはグローバリゼーションを作り出した概念しかない。そうアメリカ人の概念にしかないって言い方するんですよ。それで文章はそうやけど、スミスっていうイギリス人がエスニシティ論をやるんだけど、そのイギリス人の発想で言うとエスニシティイコールナショナル、つまりナショナリズムの根源はエスニシティにあるっていうロジックで、エスニシティイコールナショナルっていうロジックを作り上げるのがエスニシティ論だからそれは完全な間違いだ。だからこのスミスの理論を日本の学者たちはほとんどやってる、アカデミズムのやつらは、ね、それで僕はどうするかというと、エスニシティを要するに構成するもっと下にバナキュラーなものがあるっていうふうになるんです。もっと下に。でバナキュラーっていうのは本当に村、山一つ谷一つ。日本語で言うと何ですか、バナキュラー。バナキュラー訳せない。だから先ほど言ってた土着とか土族とかっていうふうに言ってた世界なんだけど、
ちょっと違うんですけども、要するに本当村で、だから山一つ越えればもう違う村、だからここは国つかみの領域っていうのはこのマダヤクリアの領域なんです、だからもう山一つ越えれば神様違うんですよ。だからそこの領域が近代の中でエスニシティっていう形で表現されてきたときにグローバリゼーションがどういうふうに一つだけもう一つ付け加えると、そのユーゴ紛争の時もそうなんだけど、このエスニシティの単位のエスニシティの単位は自分を国家化しようとする欲望はものすごい意志がある。そこが最大の実は僕は誤りだと思ってるんだけど、要するに自分を国家として押し出したいっていう欲望を非常に強く持ってる。そこが多分今山本さん言ったバナキュラっていうことと一番大きく区別されるべきところだと思うんですね。戦国時代ね、沖縄の今の問題で沖縄の問題にもつながって当てはめたらどうですかね。今のここ5、6年のね、で要するに琉球湖の全体の自立ということでいいわけですけどね、その場合のね自立の中身がね、まあ昔だったらインターナショナルということで米ソの向こうに世界同時革命でさ、そのね、でまあそれプロレタリアートが社会性ということで移動したけど、これはだんだん空母だっていうのが分かってきたとね、明瞭になってね。でそうすると現代の世界体制を超える、まあ、ナショナルを超えてね、もうちょっと違った形で方法でそれぞれ自立しながら、例えばどういうふうにやっていくかというような形で考えてね、例えば沖縄だったら過渡的には独立論を取るのか、それとも連邦制を取るのかみたいな違い、今これ沖縄の問題はすごく中国の問題にも即すると思うんですけど、僕はむしろ高度の連邦論の方が過渡的にはいいんではないかと思いますけどね、僕今の過渡的な政体制としてはね。ただ基本的にそこで例えば南東論で言ってたみたいな要するに一方のその地域のその自律的なねグループやし共同でもいいんですけど、そうどういう共同元素をその成立させるかというか、それで国民国家的なものを同時に超えていくと同時にね、そこにどういう共通のイメージを見出せるかというような問題が僕は登場していると思うんですね。でそこで従来の我々が考えてきたインターナショナルで世界に向かってねプロレタリア独裁主義全部いけるって、これはもうちょっとダメだと。でそうするともう一回世界を再構成し直すということの中でね、それと吉本さんがまあ未完な思想ですけど、天皇制を超えるって言ったことと未来を超えるって言ったことを同時にねイメージできるかっていうね、そこでまあ山本さん言ってる場所の論理ってやつね、もちろんジオンもそこで問題になってくると思いますし、地域性と自立性もねだから従来で言ってる地域主義や地域のイメージではなくて、もうちょっとそこをどういうふうに変えられるかと。そこの中で非常に重要な問題はやっぱり逆の意味でそこで出来上がる空間がね、逆にある意味ではそこがやっぱり近代というかその都市というか、都市がない方、都市って何だろうっていうことはね、つまりある程度都市っていうのは欲望の自由な欲望を解放したという問題をね、やっぱりなんだかんだ言って最終的にあったとすれば、それ問題をねどういうふうにこう受け止められることができるかと。従来の地域性っていうのはむしろ自由の欲望を抑圧することによって成り立っていたみたいな共同性があるわけでしょ。で僕はだからその都市とそのつなぐものをね、古い共同とつなぐものをですね、沖縄がやっぱりこの都市としての沖縄の問題とね伝統的な沖縄の問題同時にそこで何かこうイメージとしてね展開できる、そういうね半期の政治闘争の焦点になった場所っていうのは3カ所あったわけですよね。沖縄と砂川と三里塚だ。でこのいずれの場所もプレモダンとね、要するにバナキュラっていうか場所的なものと中央集権的な国家権力というものがものすごくこう明瞭な形でこう亀裂を生じさせている場所だったと思う。だからこそ逆に言えば我々ね反共の闘争が政治闘争として考えた時にある種の具体的なイメージを用いたのが沖縄と三里塚とね砂川っていう場所だったっていうことの意味っていうのは多分そういうことだったと思うね。それはですね、僕の方からすると、そこが党派への違和感になるところ。なるほど。
ね。でつまりどういうことかっていうと、自分のことは自分でせいっていうロジックでね。で我々の時にだから支援闘争とかその政治的に阻害された闘争っていうのは、それは他人事の別な共同幻想的領域のも話なんです。だからその国家的共今先ほど言いましたように、国家的共同幻想に対峙する政治行動っていう形態の力と組織形態を作れてないってことがもう実感的にあるのが一点と、それからそれぞれのそういう個別の場所におけるその闘争はその当事者がやるべきことであって、それに対してとやかくこちらが言うことではないと。ただ協力を求められたらやるということはかなりね、谷川岸的に我々は意識的にやったんですよ。でそれでそういう角度からそれをもうちょっと阻害してその沖縄っていうのを見ると、沖縄っていう領域はその天皇制的な形で天つかみ領域に包摂されてない領域なんだね、どう見てもやっぱり。だから国つかみ的領域の場所性ではない沖縄独自の別なロジックが場所の論理があるはず。それが何だか一つ分かんないということが一つと、それは何討論で示されているかというとそうじゃないと思うんですよね。だから要するに異質な文化から折口も含めてですけど、異質な文化から焦燥された日本的な何か別の世界がある。それからもう一点、沖縄という場所は現在的に考えると軍事的な要であるということを、要するに中国側もアメリカ側も日本側も認めてるんだから、まさに自分たちが軍事場所独立国家としてそれを担えばいいのに、場所の論理としてそういうロジックを持たない沖縄の人たちは。でこれは要するにそれが虐げられた歴史の結果なのかなんかちょっと分かりませんけども、そういう場所の自立性としての行動形態を取らないで、やはりなんか中国なりその当時の薩摩なりね、あるいは日本なりに依存するという一つの生存形態をどうも強く持ってるっていう感じをやっぱり受けるんです。でそれどういうことかっていうとね、もうちょっと言うと着物で芭蕉布、彼らは日常的に作ってた着物なんだ。ところが今芭蕉布って600万700万円のちっちゃい、ね、我々がもう手につかないような高級和服なんです。それでさらにこの間琉球のあれを手に入れたんですけども、彼らは着物は全部外へ出すものとして作ってる。昔は。なるほどね。つまり商品的な自分たちが着る贅沢物じゃないんだ。ところがその自分たちが着てた贅沢物だっていうのは芭蕉布なんです。ね、それが今600万700万ですで、作る人間がいなくなっちゃった。そのぐらいひっくり返っちゃってるんですよ、琉球と沖縄は。だから彼らが逆に言うと場所的に転倒してひっくり返った構造っていうのは相当根深い。だからもう一つ別な言い方すると、琉球空手、絶対に刀に勝つ。つまり薩摩藩に絶対負けない技術空手を作った。でこれは極真空手やってる連中でも究極的には全部沖縄琉球空手に行っちゃう。もうレベルが全然違う。もうすごいですよ。この間もなんかテレビでもやってたけど、話になる極真空手のお子ちゃまだよね。ものすごい。要するにあれでしょ、絶対に武器を持つことを許さなかったので、自分の体そのものを武器にしないといけなかった。その体を作らない。でもそれを今度琉球の人たちは絶対にそれを自分たちの何々派であるとかなんとかっていう形で外へ出さない。なんかそういう構造をね、別な言い方すると、日本の政治的な形での要の焦点の闘争になるというふうには当時の沖縄闘争から我々感じられない。だけど向こうから照らし出されることで我々の日本国家の在り方のダメさは分かる。というのは相当実感的になった。今の話聞きながらね、ちょっと僕の沖縄の見方違うっていうかね、琉球王国の時代のその沖縄は確かに薩摩とそれから中国と、という2つの宗主国を抱え
それに依存したっていう見方あるんだけれども、逆に言うと彼らは非常に巧みにどちらにも 100% 依存しない、スタンスを取り得たっていう。それと同時にだんだん最近のこれは研究で分かってきたんですけどね、沖縄の琉球は相当広い交易権を持ってたらしいと。だから要するに琉球っていう国は東南アジア全域の海を通じた交通網の中の一拠点として位置づけられるという側面を、つまり海上交易国家ですよ。国家って言えるかどうかちょっと微妙だけど、王国って名乗ってたから国家って言っていいのかな。でそういうかつての琉球王国が持っていた位相っていうか位置というのと今ね沖縄が抱えている位置というのは相当やっぱり違いがある。むしろそういうものをそういうかつての琉球王国が持っていたその二重貴族を逆手に取る形で一切の完全な貴族というものを拒否しつつ、非常に多国籍的な形で交通交易を展開していくというような沖縄の持っていた位置というものの徹底的な抑圧の歴史というのは明治以降の日本と沖縄の関係だったんではないか。その総仕上げが日韓条約下の沖縄の現在の位置ということになるんじゃないのかなと僕はそんなふうにちょっと思うところが。だから今ので一応篠原さんが出した、イスラム革命の中のある部分でバナキュラーの部分に触れてる時に、力になるでしょうっていうような感じとして理解してだからつまり三里塚とかね、ああいうところにもそういうのがあってもしくは山本さん的に言えば、大学という中でのある種の大学の中でのバナキュラー的なものを、に触れた時に学生、にガッと力が出るとかそういうふうな感じで取っていいわけですね。どういうことかと言いますと僕はそこで2つの仕分けしてるんですけど政治的プラクシスとしての目的意識的実践行動とそれから権力諸関係にコミットする政治プラチックっていうね政治実際的行為の政治行動って政治行為って違うんですよ。ね、だから要するに僕の言い方と当時無党派がかなり意識的にやろうとしたことは自分たちの生活環境に立脚したそこの場における闘争を展開するということです。ところが三里塚であるとか沖縄闘争っていうのは自分たちを阻害して街道闘争へ転化しなきゃいけないんです。ね、でこれの転化をネグレクトした左翼的行動形態を取ったのが旧左翼民政権なんです。ね、それは違うと。でそうするとその阻害行動としての共同幻想性にちゃんと対峙できる政治行動っていうのはどういうふうに取れるのか。それは我々がここに立脚しているこの場所のこの生活のここからそこの阻害形態を考えることであって他者に阻害された領域の政治闘争というのはそれはもうすでにロシアマルク主義的な要するに闘争形態であるっていうふうに我々は理解している。だからその街頭闘争に動員される時は相当シビアな選択しました。だけど最終的にどうなったかというと大学の中で我々無党派が最有力になった。もうそれは中学も角丸も抑え込むぐらいのところまでいった。そこまでの力を持ったということは同時にその後の解体が待ってる。その解体の方のそのデメリットの方の強烈さの方がむしろ強い。つまりそこに阻害した時にやっぱり解体する。多分ここでやってたら解体しないんですよ。だけど逆に言うと党派っていうのはそこで諸関係をキープするわけだからこのパワーってやっぱりすごいと思う。これはかなわねえなっていうのはあります。だけど新たな思想を生み出せたのかな。いや思想を生み出したんじゃなくて解体したが原理ここの問題を今さっき言ったように吉本さんが言ってる観念の幻想形態と政治との違いとの問題として日本古代の中からきちんと踏まえながらねそこを解き明かす政治的な動きをやっぱりつけないと
民族国家があって商品再生産構造のシステムあるわけですから、それはやっぱり変えなきゃダメ。これはもう絶対間違いなんだ。でそんなもの原発作ってるわけですからね。でそれはやっぱり変えるだけのやっぱりきちんとしたロジックを持たなきゃいけない。でこの時にここで言うと信長じゃない信長秀吉その家康のこのロジックじゃダメだ。でこいつらは気違いだってでそれに対して武田だ薩摩だそれから上杉だご北条だっていうこの戦国時代のこの場所に拠点を置いた日本の政治構造それから実践構造経済構造も含めてですけどもこれをきちんと取り戻すことっていうふうに思います。でこれをもうちょっと付け加えちゃうとこの形態に対する一定程度のスポーツ形態はサッカーはそれができた野球がそれできてなかったで野球は読売巨人の日本式的統一構造形態の中でドーンと座っててそれに対して必死に西鉄だ、ね、国鉄だ国鉄はどうか知らないけどそれはやってたんだけどこの構造をサッカーは変えたんですよかなり意識的に放映権から全部含めてでそういう超高性っていうのは今いろんな意味で明らかに場所の動きとして出てるわけだからそこをもっとちゃんときちんとこれは政治理論なりをきちんと出さなきゃいけないんですけどもそれを含めてちゃんとやんなきゃいけないという話。はい今、ずっと起きて非常になんか先ほどから事故と水元素と共同元素関係で場所のお話聞いてて非常に具体的に言及書いたんですけど要するに事故の問題とその共同元素の問題が同じこのなんか意識的というか意識的に同在できて共有できる場所が場所の分だなということで要するにこの一般的なこれまでのそのあれは共同体と逆流するわけなんであれですけどそれが要するにその事故の要するに内在的な倫理のあれが共同体のその目的と同じで考えられる場所があるんじゃないかという今沖縄の問題をそう思ったんですけどそれあり得るなというで一つちょっと先ほどちょっと高橋さんもおっしゃったこと非常に私のこと言われてるからと要するに昔私全然その政治的なものとか大嫌いでもうその本ばっか読んでてで沖縄あれベトナム反対のと俺は全然自分の関係ねえじゃないかとなんであっちになって実現性が全然分からなかったんですよでよく言われてるのはその政治的なものが好きな人は文学嫌いで文学とそういうそのめちゃめちゃめめしい好きなのが政治嫌いっていうもう私全然そっちだったんですけど吉村さんのこの本読んで3つに分ければその曖昧にしてるからそうなっちゃってるんだと要するにその基本的なもの嫌いとかあるいは文学明確に分ければ分けれるようになったんですねそしたらそれなりにこの共同幻想的なものって重要じゃないかと俺と俺だけの問題じゃなくてその家族の問題もあるそれからこの社会の人々の不幸とかいうふうに分けて考えるんですよそっちの共同的な政治の大嫌いだったのは分けること自体によって分けられてすっきり分けられたんで考えれるようになったっていうのがあって今ちょっとそういう意味でなんか共同的なものに非常に関心を持ったところで今お話あったその自分の問題と共同のあれが同じ同在できるような場所って非常に大事だなというかそういうところが逆にないとそういうところでないと逆に共同性のものっていうのはその自分の問題として取り込めないんじゃないかなっていう意味でよく場所の共同性よく意味分かりましたのでその点は非常に沖縄の問題も含めておそらく同じような問題かなといういいですか、ね、はいその沖縄の問題っていうことで沖縄が国家にもし、対立するっていう形で来るんであればそれは沖縄の人が考えるべきだまず意識的にそうだっていうことなんですけども、山本さんの議論の中で条例放棄っていう話ありますよね、沖縄も戦うんであれば条例放棄っていうのが有効だよっていうことは言えるんですか条例っていうのはそういうふうに使えるってこと、でも憲法違反の条例はダメだよ、自分条例で憲法違反も条例は可能であってやればいいそれで憲法と戦えばいい合法性を見るって、法的な戦いはそうなりますよ、だってアメリカで同性結婚はダメって言っても憲法で違反するからってさ認められてるだからそれはナショナルな国家との対立の仕方は
法的な合法性としてはそこしかない。でそれは何が起きるかっていうと、法の次元の根底のレギュレーションという規則性のをめぐる権力関係闘争になるから。これを要するに法の国家権力の構造だっていうふうにやってるとその領域が見えない。だけど権力関係の諸関係の規則性をめぐる規範性をめぐる諸関係の闘争であるということに設定すれば、それは法的な形成の根拠を揺らがすことになりますからね。それは要するに制定法との対立関係を作ることができる。でこれは政治的に使える。今の話聞きながらね思ったんだけど、これ城岡さんに話を聞きたいところなんだけど、かつて独立者学童が反憲法闘争、反憲法闘争じゃない、内闘争っていうんですよね。憲法闘争をやったことがね、あれはどういう意味合いでどういう時代、あれは確かなんか防衛庁行っていろいろ議論をふっかけて防衛庁の役人を困らしたというぐらいの記録しか僕読んだことないんだけれども、あれはね、今のちょっと山本さんの話とちょっと絡むのかなって感じがしたんだよね。防衛庁のね、まあ核実験反対党をどうするかということで、要するに防衛庁にお前らはその日本の国民を代表してるんだったら、ね、国民の意思を代表してね、要するにその核実験の場所に船を出せと、抗議の船を出せと、ね、要するに我々持ってってもいいから船を出せということを防衛庁に要求したわけだ。防衛庁は要するに日本の国民に国家をね代表したらね、日本の国民は要するにアメリカの核実験に反対なんだから、その行動にね、まあそこへ出せという要求を持って、まあ防衛庁に向かった防衛庁との闘争をやったわけですよね。だからまあ今まで何回かあると街頭でもやってるよりちょっと面白いとこやろうということでそういうことを考えたわけだね。だから逆に、まあある面で現実にその防衛庁が国家が国民の意思と共同の意思として成立しているということならばね、それなりの行動を取れということを要求することによってね、それは暴露し、そこによって国家とは何かというね問題をね、展開しようというか、そういうことに対して現実に存在している国家というのはアプリよりにその国家の外からね批判するだけのやり方をちょっと変えようというか、そういうことをやったわけだね。違い入るってことね。まあ憲法闘争っていうのはね、実はこの60年安保終わった後にすぐ憲法問題ってできたわけよね、61年で、一応そのまあシャープが2つに割れちゃって憲法公聴会闘争やろうっていう、まあそれはそれでいいんですけど、それに反対ではなかったわけですけど、一方でねやっぱりまあ憲法をもうちょっと憲法の問題を本質的に考えようという、何でも憲法反対っていうよりはもうちょっとで各大学に、まあ、各ある意味憲法研究会を作って憲法問題をちゃんとその国家論として考えようという問題を提起したわけですね。でそれでまあ逆に戦前で言えば北一揆の、まあ、憲法停止論北一揆を含めて、憲法をどう考えてたかと。で無関節の議論も含めてたけどね、要するにきちっと検討してまず闘争やるという以前の問題として、まあ公聴会には反対でそれはいいんだけれども、憲法問題そのものをまあちゃんと違う視点で考えようという提起をしたわけで、この問題はねどれかっていうと実は重要な問題が含まれてて、今でもそうなんですけど、まあ左翼って基本的にさ憲法問題ってみんなあれじゃないですか、その憲法って、政的利用主義です。で要するに権力が憲法を改正したり憲法問題言うから反対するっていう論理があっても、主体としてねなんで憲法問題を我々がやるかっていうことに関してはさ、もともと関心がないものに関心があるように称するわけでしょ。でということはその憲法なんてさ議会堂内でさ、要するにね極端に言うとさイチジクの葉っぱみたいなもんだっていう、要するに階級支配のための道具だと、ね、だからこれは粉砕する対象であっても我々が憲法を使おうとか憲法をどうしようという対象ではないという考え方がずっと伝統的にあったわけですよ。
言われてね。でそれはさっき言ったみたいに住民権運動の時代は初めて憲法の問題がなったけども、やっぱり大正デモクラシーの時はまあ民法主義でいろいろあったけどもね、彼らが確かに中間的にしか憲法の問題を扱わなかったっていう限界もあるんだけれどもね、それ以上に憲法そのものがもう問題がね、支配階級の道具であって、でそれがやっぱりその当時のいわゆる国民の共同幻想と共同意思として実現した一つの歴史形態であるというね、そういう考え方自体はないわけですから、もうね。だから逆の意味で言うと左翼はやっぱり憲法問題そのものではあまり関心がないところに関心があるという主体のね、で問題が自己矛盾がずっとあったわけですよ。で唯一ね、でなぜ9条だけ問題になってきたかというと、よく僕は理由があるんだと思うんですけど、やっぱり9条はね、日本では憲法問題っていうのは全然関心がないけど、9条だけ関心があるっていうのは、あれはね戦後国民のね中で戦争観がねやっぱり憲法の中に反映してて、でその意味でね国民主権的な意味でね唯一ね、国民が憲法を作ったんじゃない憲法の中でね、要するに戦争に対する戦前のその生産論に対する批判も含めてやっぱりある程度反映してる要素があるわけですよ、国民主権的意識がね。だから逆に憲法というと本来ならば憲法全体でもっと基本的人権とかね、他のところが大事な議論をしなきゃいけないところがもっとね、天皇制問題とかね、そんなこと全然問題なくて9条で終わって9条で終始するみたいな議論になってて、だから他のところのこと聞いてもみんなほとんど関心がないというこの変な構造があってね、96条が出てきても今このなんてかというとせいぜいその国民主権論とか権力を縛るものだという議論で、間違いじゃないんですけど、そういう議論いっぱいしか出ない。でもなんでそれがその重要な課題なのかっていうこと自体をね、国民の主体の意識として憲法問題は何かっていうかことがね、実はやっぱり空白みたいなのなんですよね。でだからこれは実は大事なことで、大正デモクラシー以降の、左翼が大正デモクラシーの以降の思想を設計した後ですけどね、基本的に要するに、国家問題の中での自由とか民権とか宗教とかっていうこと自体が全然議論にならないで、国家ねなってきたっていうか、そういうロシアマルク主義が設計したその背後にやっぱり階級思想があって、国家って副次的な階級問題からせいぜいその分析されるとで出てくる議論は大体国家暴力革命論と国家プロドク論だっていうこの議論のずっと延長上にあってね、だから主体で憲法問題そのものをさ取っかかるさ主体意識っていうのは歴史的に何も形成されない空白ができて突然憲法だけが出てくるからみんな戸惑ってるっていうか、そういうことが実情なんですね。でそれはこれは今もそうなんですけど、その1961年がね時に議論の時僕らもそうなったんですよ。初めてだからそこで憲法問題についての議論をずっと逆にやっぱり一種の国家論の幻想論とか宗教とかっていうことを国家で議論することの意味をね、そこから議論しようということで、そういうなんか大体始めたんですよ。でそれ中断したりいろいろしていったんですけどね。でそれも現代でも改めてもう一回ね、その階級問題が相対化された時にもう一回幻想やそういう問題になった時に、じゃあその憲法っていうのはどういう位置をそこに持つのかというレベルでもう一回憲法のこと岩本さん言ってるように条例と憲法を対抗できるにしてもね、いずれにしてもその対象自体が何であってそのことに関わることにとって我々はどういう主体的位置を持つかということに関するですね、従来のねこの何ていうのかな空白的なね、もうマルクシー的な意味では空白だった議論をいっぺんやっぱりもうそういう意識もなくなってるかもしれないけど、そこをやっぱり突破しないとダメで、それはねこの7年僕はその 4,5 年前もっとなのか 7,8 年はその9条会議の図書会というグループと付き合ってですね、そこでいろいろ議論やっててもやっとねそういう議論をしても9条論自身もやっぱり一種の国民主権論のその無意識も含めたね体現ということにおける戦後憲法の問題という議論をちゃんとやりだしても、その幻想論的なそういう基礎的な天体がですね憲法論自身の中でないから、全然そのそういう意味で国家論的なね我々のその国家向かう場合の主体の意識がもう全然ないんでね、なんか無理やりその分析をさせられてみんなだから本気で
それをこう自分らの問題としてつかめないんだよね。だってそれは悪いことでいいとか悪いんじゃなくて、その憲法問題が自分らで遠いというか、よそ行きの着物みたいだっていうこと自体をね、ちゃんと自分らでもう一回ね確認した上でその憲法の問題考えていきたいことやっぱり今大事なんですよね。でも理論的に言いますとね、要するに共同幻想というが国家的共同幻想として形成されて、その国家的に形成された共同幻想を民族国家として集約していく焦点が憲法だと思うんですよね。でそうするとそれに対する要するに国民の関係なり主体的な関与の仕方っていうのはどうなるかというと、その民族国家に対応する市民社会形成としての主体形成だっていうふうに僕は位置づいちゃうと思うんですよ。それはもうそれ自体が実はもう市民社会形成で、要するに日本人の未熟さという形で了解されるね、了解でもうその時にまさに丸山的政治の世界に入っちゃって、その時はもう吉本的政治の世界はもう棄却されちゃうっていうのは僕の理解の仕方と、吉本的な共同理解はどうなるかというと、今言ったように場所の要するに共同幻想をしっかりと国家の共同幻想に対峙させながら、その国家の共同幻想と共存できる、その天津神と共存できる場所の自立性をしっかりと形成することであるという政治の論理の仕方なんです。そこにそれはだから憲法に匹敵するその場所の条例と物語をちゃんと作らなきゃいけない。それができないから収奪される。というのは僕のご意見。いいですか。今との関係でね、この先ほど旧いうものことが出てきたから、まあ共同幻想の新しい共同幻想っていうかね、ヨーロッパではね、EU というね生まれてきていて、それとの関係でいうとね、元の国民国家の方が場所的なわけですよ、はるかに。確かにね。だから国家批判というものが EU 批判には向かわないで国民国家批判に向かうっていうのはね、場所的なものを崩していくという意味もあるわけですよね。今の言って、だからこうバルカン諸国ではですね、セルビアなんかもそうですけども、どちらかっていうか、まず確実にいわゆる左派とか市民派っていうのは、これはこの EU レベル、EU に同調していく、その方向で一生懸命運動をやる。それに対して場所的なものを組みながら、古い国家にこだわりながら、そちらの言う場所的な感性っていいますか、論理っていうか、そういうものに執着していく人たちは、これは確実に普通の言葉で言えば右翼であり、愛国派であり、応答派でありなんですよね。だから天皇制っていうものもですね、そういう広い世界の中で言えばね、アメリカ的文明の支配の中で場所的なものを国内では場所的ではなくても国際的には場所的なものを擁護する一つの砦になり得るかもしれない、ということはあると思う。それからただ今の右翼がですね、そういうことをきちんとやっていないのは非常にはっきりしていて、日本は右翼らしい右翼がいないというのが僕の実感ですけれども、例えば先ほどの9条の話で、9条とそれからもう一つは戦争ということになれば東京裁判とかなるわけですよね。左翼はあんまり東京裁判については語らないようですけども、例えばよく言われることは、東京裁判に関してはジャッジメントは受け入れたけれども、東京裁判自体は日本国家は受け入れてないんだということをよく言うでしょ。右派の右翼の人たちがね。でありながらね、その人たちに近い人たちが戦後ずっと政権取ったわけですよ。だけど誰一人ですね、この日本の政治家がチャンスを見つけて
国連演説でですね、東京裁判機関というのをやった人は一人もいないんですね。やろうともしてないです。ところがですね、セルビアの場合はつい最近ね、この4月10日ですよ、このいわゆる民族派の人が大統領に選ばれたでしょ。しかし実際の政治はやっぱり EU 派が強いですから、この政府の方は EU 加盟の方に一生懸命なっていくわけですけども、この大統領はね、やっぱり自分の精神をそこまで流されたくないということがあったんでしょう。4月10日にですね、この国連でハーグの戦争裁判法廷大批判をぶったんですね。このいかにも基準が不公平であって、セルビア人もクロアチア人もイスラム人も相当多く殺されて、3人1ぐらいの割合で殺されてるわけです。でセルビア人が2ぐらいでしょう、イスラム人が3で、クロアチア人が1ぐらいですけどね。ところがセルビア人が殺したということで、このハーグの裁判で刑を課せられるけども、その人たちが刑を合計すると1150年になる。で2にあたるセルビア人を殺した側がですね55年なんですよ。ね、全然アンバランス書いてるわけです。そういうことを堂々とですねやるわけですね。つまり日本の場合にはですね、民族派がそういうことをやったとかね、右翼がそういうことをやったっていうことは聞いたことないですね。国内で左翼批判とか何かのためにちょっと言ってると、その意味ではですね、僕はどうも日本に欠けてるのはしっかりした右翼が欠けてるから、この場所的な論理もですね、発想も市民派の中に溶かされちゃって、こういう議論だけになっちゃうんじゃないかということが一つ。それからもう一つですね、新左翼の貢献として救助っていう話が出ましたけどね、救助戦力を否定する、軍を否定するわけですよ。軍というカテゴリーで、明治以来の日本人の中でね、完璧に軍というカテゴリーがですね、大東亜戦争の敗北だけで消え去ったとは思えないんですけれども、しかし表向きには救助でこれを全部体制の方はやった。これは新左翼の貢献はですね、軍というカテゴリーを復活したことですよ。つまり新左翼だけですよ、この自分たちの武装組織を軍と名乗ってね、やれ責任の方やれないかなんか右翼の方見てごらんなさい。ね、この三島由紀夫だって盾の会ですよ。会員なんですね。会員なんですよ、盾の。軍服を着てるけど会員。で、そうするとですね、新左翼のさまざまな諸党派の軍を弾圧するのはですね、不思議なことに機動隊であったりね、自衛隊であったりね、隊が軍を弾圧するっていうこういう不可思議なですね出来事がこの日本にある。つまり新左翼の貢献はですね、日本人の中にあるね、軍というものはやっぱり必要であると。軍というカテゴリーがきちんと生かされないと何かおかしいことが起こるんだということをね、この表にきちんと出したことだ。だからそれはですね、戦後の共同戦後の共同軍がないという共同幻想ですかね。いやそれをこの新左翼が壊した。いや、その時にね、共同軍をね、その話は例えば70年でもいろいろ問題になったわけですよね、自衛隊ね。で俺は基本的に自衛隊とは3人で自衛隊ちゃんとね、共同幻想を持っていれば戦える、象徴的に戦えると。で軍にもし戦争するというふうに戦うという意味だったらね、物理的に18万人の組織ということじゃなくて、3人でいいだと。ちゃんとした実力の話は幻想の問題なんだと。軍というのはね、戦争っていうのは幻想の問題なんだと。でだからやっぱりその3人を形成できる幻想が
形成できないことが問題なんだっていうふうに当時思ってたんですけど、今でもそうなんだけどね。でやっぱりその共同原則そういうもので言えばね、さっきの憲法ではないけど、憲法はやっぱり今日本でその我々の主体としての共同原則の形成のね論理になり得るかと、共同よね、ここが問題なんだと。でここの時に一番問題なのは、僕は場所的な問題ということで言えばね、都市という問題でね、ちょっと山本さんの場所っていうかね、農村的なあるいは地域の場所にはね考えられたけど、都市という場所にとってそれはどうなんだということに関してね、ちょっと考えてる。でおそらく都市の場所の中で形成される共同原則ってどうなんだっていうことがね、おそらくもう一つ現代の課題なんで、そのことのそれは今例えば僕らが経産省前とかね、ああいう書館っていうの前通ってやってて、これがね大学の時代だったら、大学っていうことは非常に限られたけど、あれは一種の都市の共同原則を構成する戦いとしてね、あの時代にあったけど、今現代的に都市の共同原則っていう都市の中で共同性が形成されていく、あるいはね反権力もそういうものが形成される、どういう論理とどういうあれがあるのかということをね、ずっと考えてて今いろいろ見てるわけですが、その中でのその課題という意味で言えばね、やっぱり軍隊と軍の論理はね、多分その戦争論理っていうのはね、僕はその共同体が外から何かに攻められるという論理の中でしかないわけで、おそらく多分日本では明治維新以降ね、もともとその国家の軍隊なんていうのは中国もそうだけれどもないわけで、それやっぱり日本のナショナリズムがね、要するに対外的な関係との関係で消されているということの特殊性なんでね、俺はむしろそういうものは別にね、対外的な権力、対内的な意味での権力の闘争の中で形成されることだってあり得るかもしれないけど、それはもっとね違う論理で形成されていくんでね、むしろその岩田先生が言うようにね、言うんだったら、むしろ民族的なっていうことでもいいんですけど、国家的な意味でね、国民的な意味でのね共同原則っていうのは、共同意識がね形成されないということのすることの問題ということは何かということを考えた方がいいですよ。で民族主義っていうのは無理です。それでね、マネージがあったんで、バナキュラーっていうことで具体的には、例えばこの山一つ越えてうんぬんっていうこういう狭い木、それからまた話の中では五峰陵だとか上杉だとかね、これは相当ヨーロッパで言えば国のレベルの広さを持つ地域ですよね。400-500万でちゃんと立派な国家ですから、そういうものがお話の中で出てきたけれども、つまりこの場所の中にそういう広い場所も狭い場所もともに場所としては場所の論理の中に入りうるということですよね。その五峰城や上杉はその村落の小さな共同的な場所をちゃんと保障し得る、という意味、統治形態を持ってた。それであればね、この今の EU よりははるかに昔っていうか、今のブルガリアであれ、このなんとかであれね、EU に入る前よりも前の方がはるかにそれじゃあ山本さんに答えていただくのは、一点として場所というものとね EU のレベルがそんなに場所の間に真ん中がいるというふうに岩田さんが思う方が、上につながっていったっていいわけだと思うんだけど、そこが答えてもらう場所が消えちゃうんです。消すのが EU の論理なんです。場所のそれは場の力なんだ。それともう一個はちょっと待って、都市における場というものは何かで、例えば僕なんかイメージとしてはこのツイッターでバーッて動きますよね。あれこそ都市の場の力じゃねえかなと思ったりするわけで、都市の場についてその2点目、今岩田さんの質問をちょっとまずですね、ちょっといろんな問題があるんだけど、まず都市論的にはどういうかというと、僕はプレイスシティ、場所シティって言うんですけども、場所シティというものがグローバルシティに対する対抗力を持たなきゃいけないっていうのが一つなんですよ。それで場所シティが成立するための基本的条件は、これも大事なことなんですけども、場所シティがグローバルな金融システムを自分たちできちんと資本運営できないと場所シティは成立しない。
もう一回言ってください、また。要するに場所シティは場所シティがグローバルな形で機能しうる金融システムを持たないと現代の社会の中で機能できない、これも決定的です。でその時にどういうことかっていうとこれを要するに現実的にやれてるのはどこかっていうとこれはスイスなんですよ。だからスイスというのはちゃんと州がきちんと独立国形態で国家形態よりも優先権をきちんと持ってる。でこのスイスはやっぱり EU には参加しない。で今その EU に参加しようとするのはスイスの国家的官僚が EU に参加しようとしてるだけで、場所の側は要するに州の側はそれに抵抗してます。でそしてその場所シティのさらに大事なポイントのモデルはどうなるかというと、例えば今大事なのは例えば日本橋だ。日本橋という場所地域を場所領域をちゃんと一つの共同幻想として組み立てて、それが東京という甘つかみ的状況との拮抗関係をきちんと持つということなんですよ。で都市設計のほとんどはですね、僕が調べて限りでもほとんどソーシャル設計やってるだけ。都市設計都市論者もみんなソーシャル論者です。これはルフェーブから現代の都市論者のいろんな人も含めてですね、もう本当にソーシャル設計やるんですよ。場所設計できてない。でもうちょっと別な言い方するとオーギュスタン・ベルクでさえ社会論ですよ、僕からすると。で場所論になってないのね。でその場所論としての設計をやるということが今言ったようにその金融とそれからもう一つは交通形態なんですけど、交通形態がちゃんと歩く人間の自律的速度形態を中心として組まないとその場所シティは成立しない。でこれはもうこの2点は決定的です。でそれがちゃんと資本を運用できるということ。でさらにもうちょっと展望を言うとね、この場所シティが本当に場所シティと成立して経済的にも成立するためには、だから幻想的には国つかみ的幻想を持つことなんですけど、物質的には賃労働を絶対なくすこと。賃労働をなくすような経済形態ができない限り場所シティの設計はありえない。これもかなりはっきりとしてきて、でそこのところがちゃんと成立するために本当に場所が自分たちでその役人だとかその国家に依存してこれやってくれこれやってくれなんてことをやってるようなところはダメ。役人と知識人ですよ。知識人もそうですね。それでそれも決定的。でこれをですね、僕今そんな今これからちゃんと調べてるんですけど、今下川町か下村町下川町、これがエネルギー化まで含めてやり始めてる。これで行政も含めて要するに目の前に通ってる配電は絶対自分たちでコントロールするってそこまで言ってる。でそこまでのことを場所の人はできるんですよね。でこれをちゃんと取り戻す動きをしなきゃいけないっていうことと、この原型は物質性にやっぱりあるんですよ、戦国時代のモデル的にかなり。で江戸時代はそれを徹底的に抑え込もうとしたけど抑え込めなかった。だから明治政府はそれを分かってたから徹底的に潰した。神様まで含めてね。だからここのところをちゃんとやっていかなきゃいけないということと、それから先ほどの岩佐のあれだと、軍は要するに国民国家が成立した時に個人の存立と軍の編成っていうのは決定的なんですよね。これは国民国家が成立するような決め手で武装蜂起としての軍は違うんですよ。これはチアパスなんかでもそうですけども、これはもうちゃんと国民じゃない、その場所の住民たちが要するに一時的に軍の拠点を警察に占拠してそこを戦うという一時的な政治形態を取ることができる。でも常備的な形での軍の形態を取る必要はない。でしかも戦車が攻めてきた時に戦車と対抗して戦えるかって戦えないんですよ。でメキシコの場合めちゃくちゃ面白いのは、戦車に対して戦うのは全部母親。母親がもう全面出ちゃう。そう戦車側がもう撃てないですよ。でそういうところが僕の言ってるその革命の側の場所を自立する側のなんていうのかな、存在です。スイスはどうですか？スイスはもう完全に国防軍でもう強力な国防軍持ってますから、これはもう半端じゃないです。全員開閉制で徴兵制で、
やってますからね。でこれスイスでこれ支えるのはさらに幻想的には十字軍の十字軍じゃないローマ法王の衛兵ですよ、シンボリックに。だから潰せないんですよ。共同幻想を持ってる。共同幻想として。だからそういう形でのこう政治的な編成っていうのも含めてなんていうのかな、僕はその場所の共同幻想、場所の自立、場所シティの設計っていうですね、本当に総合的な政治行動、政治綱領まで含めた方向性をはっきりと明確にしていかないと、あそこまで痛めつけられて、あそこまで場所から追い出された人たちもそれが対抗できないっていうのはやっぱりね、これやっぱり間違いですよね、僕からすると。それからもうちょっと右翼的なことを言いますとね、右翼的なものは合同主義に基づいて天皇制というアマテラス的なものを立てながら自分たちの強盗を守るっていうロジックを持ちます。でこれは右翼のロジック。最後のロジックはどうしなきゃいけないかということ、別に本質はどうしなきゃいけないかというと、ちゃんと場所の国つかみを立てて、その国つかみに天つかみを持ってくる。その天つかみをちゃんと冷静に、とりあえず僕は天皇を持ってきてもいいんですよって言い方してますけども、冷静に考えれば天皇は邪魔になるんです。ロジック的に絶対邪魔になる。でこんな田舎者で大和の時も先ほど言ってましたけど、田舎者が葛城だとか文化のあるところに攻め込んできて、暴力的だわ、田舎者だわ、文化はないわ、そんなやつらが作った世界ですからね。でこんな天皇制のあれがただ天皇が今正しかったのは天つかみというものを実にうまく巧妙に使って場所の統治をやった。でこれに勝る場所の側の優れた統治をやらないととても天皇家のロジックにかなわない。で逆に言うと天皇家の側ももうそこを気づいて自分たちでちゃんと国つかみと共存しようとする動きを今の平成天皇は相当意識的にやってるっていうふうに僕には言います。三上さんのおっしゃった都市生活者のための場の力っていうのはどういうふうにイメージしてますか？都市生活者にとっての場の力って今の三越シティでもやっぱり地域ですよね。で都市生活者っていうのはそういう地域性を持たないですよね。持ってる。みんなテント村にピャッと来てだからダメだ。場所シティだから全然場所に拠点もないところでそんなことやってるからダメなんです。ごめんなさい。だって場所の拠点じゃないもん、あんなところ。あんなの国家の統治形態の官僚的な形の行政区間の中で。だけど今一番力持ってるのはわーっと集まってさ、中国だってツイッターでバーッと集まってバババッってやってさ、アラブだってそうでしょ。あれも全然認めないわけ。だってそれは、ね、だからいやそれ認めないんじゃなくて政治行動形態のインパクトとしての政治戦略的に意味があるんだ、それをやればいい。でもそれは実際の場所の形成にはならない。だからね、そういう意味で見ればね、テント村の場合は意識的にさ、あるいは政治空間としてね、一時的にね、そういうものを自覚してやってるわけだから、官邸の場合はね。でもし都市の中でそういうのがあり得るとしたら、やっぱり高円寺でやってる連中のあれですよね。で、それは長期的にはダイレクトに結びつかないけれども、イメージとしては高円寺でやってる連中の初期にあいつらが脱現場で結構やってるし、今でもやってるわけですよね、地域でのそういう人とね。でそういう彼らが場所的なものまでイメージしてるかどうかわからんけれどもさ、でそれは将来的には性的なものが都市の我々で言えばかつてやったらで共同運動みたいな大学の中でもそういうのが一定程度ある階層線の中であったわけだけど、そういうね共同体コンビニみたいなのを作れるというか、でそれは当時はそこまでは意識はしてなかったけども、そういうものがこれからやるならばまたいろんなところでそういう地域的なものを同時にね社会的に生み出していくというか、そういうことはイメージされるわけでしょう。でさその時の論理がね全体性の論理みたいなやつがそういう形でなるかと。例えばだから憲法闘争をやる時でも憲法問題っていうのはね多分ね上滑りのところで共同的なものしか形成できないなということの限界みたいなものが我々は見てるわけですよね、その性的なね。でこれはやっぱりそういう場所的なものでぐっと加え込んでねやれるようなところないと。でおそらくそういうものでないとこれからのあれは勝てないしね。でおそらくそういう場合に言ったら憲法の概念だって変わらざるを得ないというねいうような問題までちゃんと意識した上で、そういうことをやってるから。今のね山田さんのあれで言えばね、僕は条件っていうのは多分抽象的な言い方で言えばね対抗的共同性の自立
を担保するってことだと思う。この場合の自立は立つ方の自立じゃなくてオートノミーの方のね、律するの方の自立で、その自立っていうのは別に抽象的な意味じゃなくて非常に具体的な意味、今山本さんのね言ったような意味を含め、例えば金融システムっていう、それを持てるようになれるところがどれくらいあるか分かんないけれども、ただそれをそういうある種の物質性っていうのは絶対必要になってくるんだ。で特に都市的共同性の中ではその物質性がどういう形で保障されるかっていうのが、でそれはなんだろうな、あんまりモデルないんだけれども、ちょっと僕なんかパッとこう思い浮かぶのは、例えばベネチアみたいなとこね。ベネチアってあれ、地理的な条件がああいうふうになってるからだけども、例えば街の中に一台も車がないわけでしょ。それと外とのこう簡単な交通ができないっていうと悪いけれども、ある種の自立性がある種のこう奇跡のような形で実現してる。だから都市行くと本当に普通の都市にはない雰囲気っていうか体験ができるんですよね。あそこにはもう本当にベネチアにしかないものがある。でだからそれが他の都市でね、本当にこうすんなり実現できるかどうかっていうのはもちろん非常に難しいんだけれども、ただ一つのモデルとして、さっき言った対抗的共同性の自立みたいなものをね、物質性も含めて都市という場がね、どの程度担保できるかっていうことが、おそらくいろんな形で今後ますます問われるだろう。さっき言ったように、例えばシャッター街になってるような地方都市がゴロゴロあるわけじゃないですか。もう事実上都市として死んでるわけですよ。地方都市なんてね、本当にそう言っちゃあれだけど失礼かもしれないけど、物質性って言った時に衣食住の再生産みたいなのが含まれない。そう、それも含まれる。だから物質性っていうのはそういうことですよ。賃労働もなくなるわけですよね。だから生存経済です、生存環境経済。例えばね、そういう意味ではね、これはちょっと面白いなと思ってるんだけどさ、どこまでね、そういうの彼らもあれだけど、例えば鴨川でね、加藤と人たちがやってるやつがあるじゃないですか。であれは藤本の遺産を引き継いで鴨川王国やってて、あここではただ部分的にはやっぱり地域貨幣まで一応出して部分的にね回してるわけでしょ。で半分のやってね、半分はそれ以外の自分の人がやってるね。だからそういう例えば場所の展開みたいなこと、彼らがどこまで自覚してやってるかどうか別個にしても、一応そういうモデルみたいなので部分的にはあるわけですよね。いろんなじゃあ貨幣問題どうするか、地域貨幣の問題をやって彼らなりに考えてやってるってで、そういう意味では都市の問題の中でいろんなモデルができてくれればね、そういうものがまたこうね、ある意味で連合して地域がなきゃダメなんだよね。いやそうだから衣食住の保障っていう問題も含めてね。僕はやっぱりネットだけじゃ絶対できないと思う。だから SNS だけではね、それはやっぱり僕は地域の物質性っていうのは絶対地域っていうのは物質性でもあるわけですよ。地域っていう場所だな。場所の物質性っていうのは絶対必要だと思う。しかしちょっといいでしょうか、はい、そういうご議論はそれは理論的にはあるのかもしれませんけど、現実的な問題として、まるで都市国家を作るみたいなお話ですけど、別にこの厳密な議論のちょっと別にして非常に現実的な問題から考えて、そんなエネルギーやら金融やら食料やらそういうものが自立できるようなその都市だとか地域だというものが本当にできるのかと。むしろそれを逆に地域というものはむしろ全体的にちょっとお待ちください。ちょっとむしろ解体されつつある。むしろ逆に地域は解体されつつあって、それが要するに市場が広がっていて、市場が要するに地域を解体していったわけですから、市場も金融もむしろグローバル化していったわけで、軍隊もそちらの方ですよ。要するに国家というものはそれを地域を解体して国家を成立させていくという力ですから。でその地域も例えば沖縄なんかで見たら、むしろグローバルの中で、つまりアメリカ軍が支配しているというか治外法権なんですから、ほとんど。だからそんな風になっているところで地域を立てていくというその大切さは分かります。それから理論としてもあるかもしれないけど、現実問題としてそういうことが考えられるから、非常に考えにくいんじゃないか。そうじゃなくて、今そういうふうにおっしゃった時にね、もうあなたの頭の中で現実と現実性の区別が全然できないんですよ。そうかもしれませんね。現実はそこに人間が居住してて、そこで暮らしてるんですよ。それはもうどうにもならない、消費社会よりも社会の構成よりもはっきりした現実、これを日本人が失ってる。ね、
この現実に対して現実性を設定して、現実性が社会って形で商品と市場経済と国家の中で全部集約されちゃった。これを一日でも早くしっかりと現実として取り戻すことなんですよ。これに対して現実に対する生身の現実に対して現実性を持たないっていうことを実感的にも感性的にも感覚的にもそれは、いやいや、しかし一つでもありますからと。いやいや、おっしゃるようなところが一つでもありますから。もうそこにありますよ。下関でもやってますよ。久留米でもやってますよ。下でもやってますよ。いやいや、都城でもやってますよ。いやいや、ほとんど問題にならない小さい問題にならないっていう社会から持ってきちゃう。いやいや、本当にそれはそういう感覚、金融がありますから、ダメ。エネルギーがありますから。いやいや、ダメはいい、先に言っちゃダメです。金融があります、エネルギーがありますから、食料が自立してますから。ちょっと待って、ちょっと少なくとも左翼的感覚を持ってる人間がね、そんなこと言ってるじゃ話にならない。だけど、だから例えばあんたが右翼だったらいいよ。あんたが要するに共同幻想派だったらいいよ。いや、決めつけちゃいけない。そうじゃなくて、例えばスイスで金融でやり始めてるとか、それからいろんな小さなところで小さいけれど、そういう可能性を現実化しているところがあるでしょうと。だからそういう意味ではその生活の実態から組み替えていけばそういうことも可能で、だから今そういう可能性をどこに見出していくかっていう話をしてんだから、理論だとかね、いやいや、それであればですよ、理論だとかビジョンが語ってるみたいな言い方をすること自体がもうダメだよ。もうそんなこといやいや、だけどですよ、現実問題としてそれが現実なんだよ。それが現実問題を現実として見なよ。いやいや、現実化していこうというのなら分かりますよ。現実化していこうなんてこと言ってるからダメなんだよ。いやいや、行こうというのなら分かる。そういう。じゃああなたはどこに生きてるの？社会っていう空間の中に生きてるの？東京に生きてますよ。国家っていう空間の中に生きてるの？そういうね、どこに生きてるんだよ。いやいや、軍立神がいるような地域に生きてませんよ。ほら見ろ。それはそうですよ。だから間違いだよ。いや、だから山本さんはだからどの神を信じてどこの地域にいてどういうふうにしようとする。つまりね、自分の生きてる地域でないとダメだっていう運動ができないということになっちゃうわけですよ。それであれば。ちょっとすみません。事実問題としてね、言うとね、彼が言ってることは確かにあるんですけどね、ただね、それはね、この自然にそういう方向に動いてんじゃないんですね。あなたが言うような方向をせめぎ合ってるんですよ。で、実際にはね、そういうあなたが言うような方向でしか生きられないように力によってどんどん潰してるんですね、経済を。いや、それは分かります。それは分かります。ね、それはだからもう少しね、違う力関係とかね、違う政治意識ね、圧倒的多くは知識人ですけども、知識人が違った考え方を持ってればね、そういうような変なグローバライゼーションがこれほどの潮流にはなんなかった。それはバルカン半島を見てると非常によくわかる。なんであんなに無理して現実にあるね、経済力を潰してね、潰した上で外から来てくださいということをやらなきゃなんないのかと。これ非常に暴力的な過程なんですよ。だから確かにそういう意味ではね、この昔の原始的蓄積の時代のグローバル資本主義の原始的蓄積を非常に一生懸命やってると。でそれに対してこの市民的な意識を持ってる人たちね、それ抵抗できないんですよ。そうじゃなくて宗教者であるとかね、僕は上民と呼んでるわけですけど、普通の日頃の生活をやってる人たち、その人たちは抵抗はできるんだけど言葉がない。こちらは言葉があるんですよ。言葉が決定的なんです。だから山本さんの言ってることって相当程度理想論的なところもあるように見受けするけれども、その言葉がね、バルカンの上民の人たちの中に理論としていけりゃね、相当抵抗できると思う。いや、だって分かります。ちょっといいかな。あなたのおっしゃるのはね、現実じゃないんですよ。イデオロギー効果なんですよ。はっきり申し上げます。それはあなたのおっしゃったのはね、現実でも何でもなくて、ある種のイデオロギー効果、今岩田先生のおっしゃった言い方で言えば、グローバル資本主義がここ20年余り作り上げてきたイデオロギー効果によって生み出された現実という名の一つの記号だと僕は思っています。だから記号に踊らされてはいけないんですよ。でイデオロギーに踊らされるっていうことは
まさに希望に踊らされるということでね、僕らがある現実の見方っていうものを要するに我々のこう認識の構造これは僕マルクスの一番大事なところだと思うのはね、マルクスは資本主義って対象を批判しただけじゃないんです。資本主義ってものの中で日々作り出される我々の日常意識も批判したわけですよ。あるいは資本主義っていう現実をこれが現実だという認識の型を、ね、批判したんだと思う。だから一見するとマルクスの言ってることはものすごく空想的で抽象的にしか見えません。理論というのはそういうものです。ただ本質的な理論というのは必ずそういうものにしかならない。でもね、それを現実を見てなくて抽象的だ空想的だっていうのが実はイデオロギーなんですよね。僕らは一番そういうイデオロギーを恐れなければいけない。そうしない限り何にも変わらないです。残念ながらね。だからそれは都合がよく自分たちの理論に合わせて現実を見ているだけだっていう言い方もあるいはあるかもしれない。でもね、どんな些細なねところであれ今のグローバル資本主義の現実の中にどんなに些細ではあれねこう刻み込まれてるなんていうのかな、亀裂って言ったらいいのか、矛盾点というか不連続点みたいな、それをね丹念に掘り起こして少しずつでも掘り起こしながらね、そこから糸を手繰り寄せるようにしてひっくり返していく以外に僕らの戦い方ってのは僕はないんだと思う。言葉尻を捉えるようだけどね、掘り起こす必要もないんです。隠さなきゃいいんです。そうだから隠されてるから。今ね、僕はちょっとこの前に言ったと思うんですけどね、僕は今度、1ヶ月ばかりボスニア・ヘルツゴビナとセルビアとそれからブルガリア行ってきて、ブルガリア行った理由はですね、今年の2月3月の2週間にね、僕はあなたに話したけど、ブルガリアで8人のこの焼身自殺が起きたんですよ。8人ですよ。ね。その理由はブルガリアは2007年にこの EU に入って、ね、怒涛のごとき EU の論理が貫徹している。その中で人々はですね、言葉を持たないから、知識人はみんな EU 派ですから、体で自己表現する。つまり絶望して焼身自殺をする。問題はそこから先なんです。その絶望して焼身自殺をする、ね、これがですね、例えば1969年のヤン・パラフがソ連がチェコに侵入した時に後に抗議して自殺を、これはこの現象はリベラルメディアによってバーッと世界にあれされるわけ。ところが今度のあれはですね、リベラルメディアは見事に全部隠すんです。報道しない。でその一つの典型としてですね、愛国派の週刊誌、民族派の週刊誌はですね、これはセルビアの週刊、隣国ですからね、今自分たちはこれから一生懸命 EU に入ろうという宣伝やってるわけでしょ。その時にこういう EU の先輩国がこんな目に遭っちゃってる。大変ですよね。リベラル派としてはなんか弁明しなきゃなんない。完全な無視なんだ。無視だけではなくてですね、その記事、ブルガリアで8人の焼身自殺者が2週間の間に出たと、ね、その時に写真はですね、ブルガリアの焼身自殺の写真じゃないんですよ。その週刊誌に載ったのはヤン・パラフの40何年前のヤン・パラフの顔写真と、焼身自殺した、ね、トラメンという人がその人の写真が出ない。昔の写真。それからですね、驚くべきことにまさにね、こう焼身自殺者がバーッと走ってるんだ。暑いからね、もう炎を吹き出して走ってるわけです。顔を見るとアジア人なんですね、チベット人で、キャプションはですね、ニューデリーにおける中国に抗議して焼身自殺をするチベット人、これがですね、その記事の写真なんですよ。リベラル派のですよ。ところが愛国派の方はですね、ちゃんと焼身自殺の写真出して EU における焼身自殺、ブルガリア EU 国家ですから、
それからもう一つの写真はヤンパラフじゃなくて、その焼身自殺をした人のみんな民衆が悲しみますよね。で祭壇作ってろうそくを立てて花を当ててみんな抗議してる、その写真がちゃんと出るんです。つまりこういう情報空間の中でですね、先ほど言ったように凄まじい EU 化っていうのが起きてくるわけだから、それを何か自然の力関係としてのこの EU 化とかグローバライゼーションというふうに見ちゃうと間違うんで、やっぱりその方向を知識人も圧倒的多数の知識人を含めてその方向をがむしゃらに追求してるというふうに僕は見る。だからことさらに掘り起こすなんですけど、まあでもやっぱり嘘をつかなきゃいいと。日本みたいな状況だとやっぱりある程度意識的に掘り起こさない限りはね、見えてこない問題はあると思うんですよ。ともかくね、俺一番頭にくるのはね、僕はね理論を構成した時に現実を見てしかやってないんですよ。アカデミズムに容認されようとも思ってないしね。それだからそのためには日本のこんないい加減なデタラメな知識の状態では現実に切り込めない。だから僕は世界に向かって世界の学者たちと対話しながら、その中で唯一日本で活かせるのは吉本龍しか本当にない。使い物なんないですよ。もう丸山正夫だってはっきり言って僕は昼松だってね。その中で言葉として革命なり革命の行動と実践としてそれをちゃんとキャッチできてたのは三上さん一人ですよ。僕から言わせると構図だってダメだよね、そういうことの判別のも体験的にした上で、じゃあ現実のリアリティに対してどう切り込んでどうしていくかっていうロジックを僕は探してる。で浮ついた議論の仕方だとかそんなビジョンとかそんなデタルのことやってない。企業とも真正面から対立して企業のどこがダメかっていうのを実感的に分かってるしね。それから何が可能で何が不可能かっていうことはもう明確になることですよ。それを場所の人たちが全部自分で放棄しちゃってる。これはもう決定的です。南相馬に行ったってそうだよ、もう自分たちで家を奪われて場所を追い出されてるのに国に何してくれますかね。こんなことやってんだから自分たちで行きゃいいだろう、ね、しかも高校生ははっきり言ってる。福島の禁止されたところのシーベルトと福島駅のシーベルトで全然福島駅の方が高いんですよ、なのになぜ僕たちは学校でサッカーできなくて放射能の高いところ行ってサッカーしなきゃいけないんですか、やらいいだろうそんなサッカーそこで。なんでこれができない。これはもう間違いですよ南相馬の人間たちのね。それに対して我々はもう何をやったかというと南相馬から南相馬の歴史を徹底的に調べる。これちゃんとやった。それをちゃんと証拠会議書にも出してる。これさえやってないんだから、ね、場所の人たち。それは場所を持ってる非常に大きな力です。いやそこで先生のおっしゃるような先生と言っちゃいけないかもしれない。とにかくおっしゃることはなるほどとまあ一応頭で理解したとして、ただし何ていうのか僕はさっき言ったように東京に住んでいてテント村はまあそこにあって、それがまあその評価というよりはそこから問題は結局やっぱりかなり地域性というより普遍的な原発の問題になり、あるいは、沖縄だったら普遍的な基地の問題になり、憲法という普遍的な問題になるというようにかなりまあ観念的だか幻想的だか分かりませんけどそういう問題になるでしょうと。だからその地域ごとの問題対応というのはそれはもちろん重要でしょう。そういうことを聞いてる時僕ふっと思うんだけど、あんた現場行った？被災地行った？行きましたよ、もちろん。一番もうごく初期に行きましたし、その後も行ってますよ。何を感じました？何を感じたと言われてちょっとそういうのはまあ今ちょっといやそんなことよりは今そういうような状況というのは状況じゃなくてそういうように現場の大切さというのは分かるとしても、広がりというものはやっぱりさっきのその都市なりいろんなところで違うんじゃないでしょうか。その土地だけで対応するということではないんじゃないでしょうかと。ちょっとね、言葉尻をいや悪い言葉使ったかもしれません。違うそうじゃなくてね、今あなたおっしゃった普遍的という言葉、まあそれも変化確かにユニバーサルっていう、確かに変かもしれないでね、ユニバーサルこれこれと直ちに連関してくるのはさっきの言い方ではグローバル、そうですね、あるいはインターナショナルでもいいかもしれない。でもね
じゃあ普遍的って一体何でしょうかっていうことなんですよ。僕がだから今日ここで議論していることのね非常に大事な問題、僕らがある意味では自明なものとしてこれは普遍的なものだと、でそれはローカルな問題だよっていうふうな形で二分化するような時についつい口にしてしまう普遍性とかね、あるいはそのセンターっていう言い方でもいいですけど中央性とかね、そういうことでもいい、あえて言います。あえてはっきり言えば僕はそこでいう普遍的なものや中央的なものっていうのはフィクションだと思う。それはフィクションでしかないわけでね。ただフィクションであるっていうこととそれがフィクションであるっていうこととそれが力を持たないっていうことではないわけで、そのフィクションであるはずの普遍的なものや中央的なものが今猛烈な力を我々の生活に対して働かしていることも事実なわけです。そうですね。じゃあその抽象的なものがねそういう暴力的な力を発揮しているっていうことの、ある意味では一つの矛盾というかな、そこの中にあるギャップみたいなものを僕らはどう考えるかっていうことが今日ここで議論していることのね僕は大事な非常に重要なテーマだと思ってるね。例えばね単純にある場所ごとの個別的な問題っていうのを積み重ねて算術的に全部合わせれば普遍的なものに到達するっていう議論をしてるわけでもないし、それから普遍的なものを普遍的なものとしてそれ自体として取り出して何か戦いをやるっていうことでもない、そういう形でむしろ普遍的なものが一つのフィクションであると。いやフィクションっていうよりもっと言えばある種のなんていうのかな、悪い意味での幻想というかな、である種の転倒した形態であるということ、そのことをどうやったら我々はきちんと明るみに出すことができるかっていうこと、そのための一つの出発点になるのが山本さんが場所という言葉を使われる。でそれは個別的なものじゃないんですよ。何か普遍的なものに対する個別的なものっていうそういう二項対立の関係で出てくるもんではなくて、あえて言えばねそれぞれのさっき自立という言葉を使ったけれども一つ一つが自立した単位として持ってる特異性みたいなもの、特異性っていうのもちょっと曖昧な言葉だけれどもそういうものがねランダムにバーッと並存的に並んでいる状況っていうものをまず考えてみようじゃないかと、そういう単位にまず置き換えて考えて見てみると世界がどういうふうに見えてくるかっていうこと、そういうふうなところから一つ一つさっきも言ったようにね辿っていくしか僕らやり方ないはずだと。いきなり普遍的なものとかっていうふうに言うことはできないし、それ自体が実はフィクションに過ぎないと。それはそうだからそのフィクションとしての普遍性みたいなものを現実であるというふうに考えてそれを問題にするっていうこと自体、これ僕二重三重にねさっきイデオロギーって言ったけどある種の転倒なり盗作なりを含んだ見方と言わざるを得ないってことだと思う。場所っていうか今普遍的ってこといいんじゃないですか。いやそういうことじゃなくてキューバ革命は12人ですよ始めたの、ゲバルドでカストロたち。チアパスの反乱は5人ですよ。やれるんですよ。左翼はなんでこれ忘れたの。山本さんちょっと僕はもう一番ね左翼に対して一番腹が立ってもう本当そこなの。山本さんちょっとお話しますけどね、現実若い時に武装闘争みたいなことをやってきたものとしてね、非常に再現的に言えば後悔してる部分があるんですよ。爆弾を掘ったりとか火炎瓶を掘ったりとかあちこちねやりまくって大阪戦争とか内々戦争とかやった体験から言えばですよ、逆に今の若い世代が先ほど何て言うんですかね政治的なことを全然やらないと、これはもうけしからんじゃないかみたいなことをおっしゃいますけどね、逆に今の若いやつはメールでやって対幻想というかね、吉本さん的に言えば対幻想的あるいは引きこもるという自己幻想に陥るという、僕はこれ全然悪いことではないように思うんですよ。そこが政治的にやらないのはダメだというのは
僕はそこはちょっと違和を覚えますね。そうなってないいや全然違うの全然違うのだって若者の自殺死因の半分が自殺だって言うんですよ。結局若者たちは全然ネットの中で自爆テロしてるわけですよ。いや僕なんか逆にね憧れますね今の。もうそうじゃないですよ。それはね僕の人生体験から言えばですよ。あなたの体験は違うから違うと思いますけどね。そうじゃないですよ。それはね若者たちに対するね本当にしっかりした理解になってないと思いますよ。コンピューターごときでね人間の存在は満たされますね。こんなことは我々誰だって分かることでしょ。いや追幻想的に追幻想じゃないですよ。相手のいや単なる病的形態しかあってないね。コンピューターの技術なんて何にも解放してないですよ人間を。そこはしっかりしてくださいよ。いやいやコンピューターの使いシステムがいいとか言ってる言い悪いの別にして若者たちはそうじゃない。い若者たちが要するに完全に現在の共同幻想と商品社会の中に組み込まれちゃったじゃないですか。その人たちは現実をも見れなければ世界も見れてないよ。自分実際見えてないですよ。そこさえわからないようじゃもうダメですよ。だから山本さんは場所幻想というか具体的に。いやそうじゃない。それは今度逆に言うとあなたがやった自分なりの政治闘争なり、革命闘争なりの自分なりの総括がきちんとできてないからだよ。いやいや自分なりには総括して火炎瓶投げてみてそんなものが国家の元素なんか国家の元素を変えるなんてことがわからない、ありえないってことで自分で実感したでしょ。いや実感しましたよもちろん。そしたらそこから何をしなきゃいけない。そこからじゃあ何をしなきゃいけない。そこから何をしなきゃいけないの。その虚しさに対して。そしたらそれが本当にだけど自分がこの世の中間違ってる、この世の中の社会編成が間違ってることも分かってるわけですよ。そしたらそれをどうしなきゃいけない。いや僕なんか言わしたらねやっぱり追幻想的なね共同性っていうのがやっぱり吉本さん的に言えばですね、まあなんていうか尼崎の事件で女の人がたくさん殺してですね男がいろいろなんていうかなんていうのかな母系性というか母権的ななんていうか共同性みたいな、ね、あれがですね暴力的に殺人事件にならなければですね結構ある意味でのなんていうかな共同性が成り立ってるんじゃないかなという。だから国家的な共同幻想を超えるようなものというのはやっぱり基本的にはそういう追幻想ではないかなという。高橋さんなんかその辺はどう考えてはるのかって聞きたいと思いますけど、それはもし僕がそういうふうにさっきね喋ったというふうに理解をされたとすれば全くの誤解です。全く誤解です。そうではないです。追幻想自体の問題ではない。さっきは言ったように継ぎ目のところに追幻想が関わることは、しかも僕は慎重に言ったはずだと思うけれども、ここから入社格のところで問題なのがインセストタブーなわけですよ。インセストタブーを作るということ、追幻想をベースとする形でインセストタブーが作られることの中にその起源としての共同幻想を国家としての共同幻想を推し進めていく一つの、力が働くんだということを追幻想だとこういうのからインセストタブーあれするって開くとこういうことですよね。それからその国家としての共同幻想からその悲願としての共同幻想への、今度は出社格のね出社格のところで僕が申し上げたのはその N 個の性ということで、一見するとこれはさっきも言ったように近親相関のタブーも含めてあらゆる性的なタブーっていうのが解放されること、であると。そのことに本質があるように見えるわけだけれどもそうではなくってそれはあくまでやはり共同幻想のその拡散、つまり国家的に凝縮して共同幻想からどういうふうにその共同幻想が拡散していくかということの表れとしての問題として捉えているということであって追幻想そのものが問題であるっていうこういう言い方しちゃいけないのかもしれない。僕の中ではさっき申し上げたことはねあくまで本体の問題は共同幻想そのものの変容の問題であって変化していくということが問題であってねそこに追幻想がどう関わったかっていうところの問題の範囲でお話ししたってことはぜひねご理解いただきたいと思います。だから僕は追幻想それ自体を自律化させたりあるいは物心化させたりっていうことは全然考えていないっていう。さっき山本さんは自己幻想やねそちらの方とむしろつなげて考えるべきだっていうふうに言ったわけだけれども僕はまだちょっとそこのことも含めて
今申し上げた対幻想が共同幻想の入射角と出射角にどう関わるかっていう以上のことは今のところは全く考えていないということだとして理解いただきたいと。いろんな共同幻想があってですね、いや理解間違えてるかどうかは別にして、いろんな共同幻想があると。それで場所の共同幻想というのは非常に強くて、そこでもって戦うというのは非常に強固な。強くないんですよ。いやいや、ちょっと待ってください。違ったら違ったであるんですけど、いろんな共同幻想があって、場所の共同幻想で戦うということは非常に強い根拠と本質性があるから、それは強いと。しかし、かといって、テント村なり、何でしょう、憲法反対なり、憲法反対じゃない、護憲運動なり、あるいはそういうようなものの共同幻想もあると。だからいろんな共同幻想の中で、ある個人はどこかによってやるかもしれないし、ある人はその別の人の共同幻想を応援しに行くということもあるというような感じで捉えたら違いますか？違う、どうして違うかと言いますと、共同幻、これ吉本さんも言ってるけど、共同幻想に改定があるんじゃないんだと、だけど共同幻想に対してこちらが関わる、この関わり方のバリエーションがあるということですよ。だからその共同幻想の本質のここはやっぱり見落としちゃダメなんですよ。ここはやっぱり見抜かなきゃいけない。ただそこに関わりの多様さ、これはちゃんとしっかりとつかまなきゃいけないってことなんですよね。でともかくね、ものすごく大事なことは何かっていうと、要するに日本の人たちが、僕からすると日本の神様である古事記の理解もできてなければ、自分が喋ってる日本語でそれ自体の対象がさえできてない。これはもう人間としても人間として日本人かなんか知らないけど、これは間違いだよこれ。でこれを要するにそんなことさせてないの誰かって言ったら、古事記研究者たちであり、要するに言語学者たちですよ。そんなやつらの大学の知識に基づいた物事やってるんだ。これはもう絶対に間違い。日本語は日本語としてちゃんとしっかり日本人として理解しなさいよと。でその上でこの自分たちの言語の持つ可能性と限界というものをちゃんと理解して、それから日本の古事記である古事記の神様が何であるかということをちゃんと理解して、それをやっぱり日本人の文化の一つの力のね、政治的な動きでも文化的な動きでも芸術的な動きでもいいですよ。そこへちゃんと持っていくべきですよ。ね、それを右翼がやろうが左翼がやろうが誰がやろうがそんなどうでもいい。その人たちがちゃんとそれをできてない日本がおかしいんですよ。そしてそれは社会が編成されてるからです。そういう社会が作られてるからです。これ全部絡め日本語に主語がないという話なんですけども、裁判は私何度かやってるんですけどね、自分で。裁判っていうのはこれみんな原告は被告は訴訟っていうか訴訟の訴訟でなしに訴訟はという形で主語も必ず入れています。だから体験的に言えばこれは何ていうのかな、その規範としての言語というか、規範としての言語というのをできてきたのは近代国家というか法治国家というか、そういうところで初めてもう法曹界の世界ではそういう形で使われてるわけです。でそれと僕らが使ってる日常の生活なんて基本的になんていうか私はとかあんまり言わない、俺はとかね、使うようになってきましたけども、そういうその乖離というかね、でそういうことがなんていうかな、日本人の間で規範的な言語がなんていうか欧米的な形でその言葉の使い方にも変わってきてるんじゃないかなというのは、それはその通りでいいんですか、変わってきてるっていうよりも明治以来ね、明治以来の近代化の中で日本語ってものが西洋モデルで作られちゃったってことなわけですよ。でそれは我々のそれは日本語という非常に人工的な明治国家以来の近代化の歴史の中で作られて極めて人工的な産物なわけです。国語って言ってもいいわけだけど。でも繰り返し言うけど、これは我々の日本語っていうかね、我々が喋ってる言葉そのものではないわけですよ。それは何かもっと全然違うものなわけですよ。でそれはある種の阻害の産物っていうか、さっきの言い方で言えばイデオロギー的産物と言ってもいい何か。というよりも僕はもっとね、社会を編成する上で主語が絶対必要なんですよ。だから学校文法は主語を外さない。橋本文法を踏まえて学校文法で主語を作る。今おっしゃられた裁判もちゃんと主語がいないと。要するに社会としての規範が成り立たない。ところが武士の法律だとか、それから聖徳太子のあれでもいいですけど、主語なんてどこにもないですからね。要するに
法規的な形態で、要するに日本人っていうのはそこをキャッチできるんですよ。でそこもうちょっと分かりやすい言い方しますとね、トンネルを抜けると雪国だったんです。トンネルを抜けると雪国だったんです。すごいどこにもない。これ翻訳できないんですよ。ね、これ現状問題の翻訳だと全部間違ってる。で日本、それは別な言い方すると、これ今度逆に言いますよ。ヘーゲルならヘーゲルの主語述語コプランの、あるいはカントの主語述語コプランの文章、こんなもん日本語には翻訳できない。僕から言わせればあんな翻訳全部インチキ、嘘。ありえないですよ、論理の形態として。その自覚さえに知識人持ってないんですよ。それは分かりますね。でその知識人が持ってない知識でもって僕から言わせると、小学校、中学校、高校、さらに大学で中層インテリの知的形態を社会的に編成されちゃってる。そこに共同元素がスポーッと乗ってくる。それから消費社会の快適さが乗ってくる。こんなの完全な僕から言うと快楽の全体主義ですよ。そこに左翼も企業も全部絡め取られる。情けないなってもんじゃないよこれ。一つだけ政治的な問題で言うとね、さっき岩田先生がねおっしゃったことと絡むんだけど、僕はねやっぱりここ20年余り一つ決定的だったのは、やっぱり社会民主主義がね完全に新自由主義に敗北したっていう、あるいは新自由主義化したということ、このことがその岩田先生がねさっきおっしゃったリベラル派と呼ばれる、市民派とかリベラル派と呼ばれる連中ので、これについてね一つ思い出したんですけどね、ドイツにペーター・ハントケっていう小説家がいるんです。でこの人絶対ねノーベル賞をもらうだろうって言われてたのでノーベル賞を逃した。なんでか、彼の妻ってセルビア人なんです。でユーゴ内戦の時にセルビアを擁護する記事を書いたので、これでね完全にヨーロッパ中からソース感を食らって、で彼は特にドイツに住めなくなっちゃったんです。だから今確かスロベニアに住んでんじゃないかな。でその彼が書いた、ペーター・ハントケが書いたエッセイがあるんだけど、その中で彼はその口を極めて批判をしているのはまさにリベラル市民派のかつては左翼であった連中のこのユーゴ内戦の時の身の処し方、これを口を極めて批判をしてるんだよね、ペーター・ハントケ。僕はそれはすごく印象的だったんだけれども、だからこのハントケのね、僕はあれを読んで、僕自身も正直言うとマスコミやなんかの報道を通してある種のセルビア悪玉論みたいなものにねこう乗っかってた部分があったんだけれども、そのハントケの、読んでエッセイっていうかハントケのテクストを読んで改めてね、そういう見方は非常に偏った見方だったんだなっていうのを反省した経緯があるんですけどね。で今のことが今の話の文脈にどうつながるかちょっと難しいんだけれども、ただそういう流れの中で例えば岩田先生がおっしゃった EU というね巨大な共同性の問題っていうのが捉えられなきゃいけない面があるということは確かだと思うね。そこで一言言わせていただくとね、このハントケの名前が出てきまして、僕はハントケとは全然別に90年代の戦争中、春休み夏休みは1年を除いて全部この戦地を歩き回りましたからね、要するに体験的に分かるわけですよ、セルビア人、クロアチア人、イスラム人、その人たちの接し方でよく分かる。だからヨーロッパの報道がね、普通我々が理解するヨーロッパの知性ってこんな無様だったのかと。であんなきれい事の丸山さんがあんなに、大塚久夫があんなに理想化した人たちってこんな人たちだったのかっていうのはもうしょうがない、入っちゃったんですね。だってこういうリアリティの中でそうしか思えない、ですからそれはまあところが多分ね、これはね昔から必ずしもそうだったかどうかわからない。そうじゃなくて、これは2年ぐらい前にですね、ポーランドの、毎年行くわけですけど、この週刊誌ソリダールの連帯の週刊誌出てるわけです。それを見て表紙にですね、このポーランドはですね EU に入って成功して一番繁栄している国ってずっと言われてるんです。今でも言われてるんです。でそこで出している連帯の週刊誌表紙はですよ、こう日本で言えばこうシャッター街みたいなのを出して、そして村にも町にもどこにも仕事がないというのが表紙のキャプション。
そして連帯の議長、今の議長をやってる人がですね、我々には再び新しい8月が必要だ。新しい8月って何かというと、1980年に1000万労働者が、レーニン増選挙ですね、コミュニストの政権に対して立ち上がったあれ言ってるわけです。ところがですね、知識人とか経済学者を含めて一切こういうことは議論しないんです。つまりですね、僕が思うにはね、知識人の変節っていうのは、つまり変な話で知識人っていうのは自由がない時に初めて価値を発揮するんだろうと、ね、自由がないから自由を求めてあらゆる社会問題に目を光らすと、そして弾圧されるけど書くと、ね、ところがですよ、自由を獲得しますとね、もう別に労働者とか現実の社会問題に問題があるからって書く必要ないんで、何を書くか書かないかは私たちの自由で、誰もからも弾圧されないから、私はこの問題に関しては書かない自由を行使する。この問題についても書かない自由を行使する。体制によって、権力によって書くなと言われるんじゃなくて、自ら書かない。ということがヨーロッパで今弥漫してるんじゃないか。ですね、その問題はね、やっぱりね、都市のね、孤立というかさ、ね、やっぱりさっきの共同性っていう日本の場所の共同性がね、都市でどうなんだろうっていうことをね、絶えず思ってるわけですよね。で、例えば僕らテントやこの間の秘書官って前出てやる共同性もね、あれは非常に特殊な共同性だけどね、政治協定で60、70年アップの時のから見てもさ、ああいう場所が生活空間とどっかで連続してるわけじゃないわけですね。だからかなり強烈な政治史で伝えるしかない。だから非常にそういう自給的な特殊な政治史のあり方だっていうのは分かって重々分かった上でやってるわけですよ、そのことはね。でその中でね、同時にね、一体都市の中でね、そこに来てる人たちがどういう共同性としてその広がりを持ってるのか、あるいは孤立してるのか、あるいはじゃあ逆にどういう共同性とね、絡んでいくのかと。でそこに多分きっと近代社会がね、これ共同意識が拡散したということでもいいし、逆に言ったらおそらく自由ってやつがね、徹底的にね、こう自分が主体的に形成した自由ではなくてね、むしろはめ込まれたりとかね、意思された自由によってがんじがら動けなくなっちゃってるみたいな、そういう孤立っていうのはね、その阻害というのはね、我々はね、かってね、70年の時には徹底的なやっぱり自由の意思というか欲望みたいなとやることでね、既存のものに対する批判というか共産のあらゆるものを含めてね、やろうとやる。その時のある面で孤立感っていうのもよく分かったんですよ。ね、やれば丸裸みたいにね、本当にね、その阻害と自由っていうか徹底的に実体がないね、この空虚みたいなところへね、さらされるみたいな、ね、ある面でじゃあ何が一体このなんていうか、その前に、ね、そういう自由のね、根拠が有るのかっていうような問題っていうのは真剣にその時考えたんですけど、今は逆にね、戦い面にね、自由みたいなところに強いられちゃってるんです。逆にね、そこから動けなくなってるっていうかね、こういう問題があるんじゃないかっていうんでね、すごくその若い世代の人たちのね、動きにそれなりに注目してて、若い人たちいろいろね、そういう感覚みたいなやつがどうなんだっていうので、これはね、80年代90年代で吉本が主題のないとかな、難しい話でよく書いてるね、ことでもあったんですけど、あの頃のことを書いてるのは思い出したなと。でやっぱりこうまだこう主題がだからね、フェミニズムの最近の運動を見ててもね、かつてはねフェミニズムの主題阻害されたことがあったんでね、今もう自由になったからね、逆に主題がなく、そういうところで歌ってる問題ともよく似てるなと思ってね、カイロので書いてある。そういう場所があって、だからそういう中でこの共同性っていう共同幻想の問題っていうことを議論する場合にね、今共同性の問題をどういう形でそういう条件を含めて、だから今だと逆に逆立っていうやつがある程度自然過程として置いられた、その時代の中でね、もう一回これを考えるっていうのは、そういうこと
ことが必要なんだなということで、そろそろ最後の、それでね、今の味岡さんの話を受けて言うと、今僕ら共同幻想の読み方として最後にどうしてもやっぱりもう一回検証しなきゃいけないのはその逆律という概念だと。果たして逆律という言い方が今のね状況の中で成り立ちうるのかどうかということは相当深刻に検証してみる必要があるんじゃないかなと僕は思っています。でちょっと一言だけ。あと自己検証と追検証自体の問題が本来問われるべきですね。それはでも進展検証論の問題。でもそれによって共同幻想そのものに対する対応が変わってきてるわけですよね。ですね、5時間の長時間ディスカッションもそろそろ終わりなので、最後にですね、お一人ずつ今日の共同幻想論の議論についてまだ言い足りなかったところもしくは、この辺を付属していくことがあれば、お一人ずつ、今最後安住さんも糸川さんもちょっとおっしゃいましたけど、順次では山本さんから。僕が一番言いたいことはですね、共同幻想が社会幻想、商品幻想まで浸透して、その現在の民族国家が何ら使用されないままに、また商品のその市場世界ですね、これが何の解決もされないままに、さらにもう一点、民族的な問題が何の解決もされないままに、その共同幻想が浸透しきっちゃってる。でこれが要するに人間を完全に不能化してます、僕から言わせると。でその不能化してるのは何かっていうと、要するに自分自身のことを自己決定するということは西洋でさえできなくなってきちゃう。でそこまで日本人はもっとそれができない。それは別に僕はよく言う例えで言いますけど、赤信号で車も一台も通ってないのにそこに佇んでる真面目な善意を持った日本人ですよ。これは間違いですよ、こんなのは。だからそんなことやってるから車が平気で赤信号の時人を引き殺すってことをやるわけで、何のために赤信号を作られたのかさえも分かんなくなっちゃってる。でこれがもう医療から教育までですね、全部浸透しきって役所の動きまでそうなっちゃってて、それはもう企業まで来てる。企業は経済活動することさえもできない、利益を出すということさえも忘れてる。役所は住民に要するに寄与するんだっていうこんなことも忘れてる。当事者たちが当事者としてしなきゃいけないことを全部忘れてるところまで共同幻想というものが浸透しきっちゃった。これをちゃんとひっくり返して、自分のことは自分で決定して、自分の生活は自分の生活でちゃんとやるということの動きをちゃんと作ることをですね、日本人は一日でも早く取り戻さない限り、こんな原発が要するに廃壊するんですよ、僕からすると。で間違ってることをちゃんとやんなきゃいけない。で間違ってることのその現実性に対して、先ほど僕言いましたが、現実と現実性が完全にまたそこで混同されてますから、現実自身が見れなくなっちゃってる。自分が自分でやってることの現実さは分かんなくなっちゃってるわけですね。でそこに絡め取られてる共同幻想っていうものをちゃんと批判的に見直していかなきゃいけないっていうことですよね。でそれをもうちょっと先ほどの例で言いますと、主語がないってことはどういうことになるかというと、トンネルを抜けるという9人だった。でこれが要するに英語になると「The train has passed the tunnel」ってなる。つまり列車がトンネルを抜けた。日本語であえてやればですね、そうするとイメージがどう変わるか。列車がトンネルを抜けたってやると、列車がトンネルを抜けてるって外からこう見てるんですよ。ところが要するにトンネルを抜けるという9人だった時は、その人間はその中にいるんですよ。いいですか。日本人っていうのはこの感覚を持ってるんです。ところが頭の知性は列車がトンネルを抜けたってこの知性になっちゃってるんですよ、僕からすると。これを作ったのは大学です。完全に大学の知性。この知性では現実は見れない。でこんな知性は早くともかく捨てて、僕からすれば吉本龍明と俺を読めという知恵が言いようがないけども、30年か40年間戦ってきてですね、本当にこれはひどすぎる。でそれがもうわーっと万年して、左翼もめちゃくちゃダメ、右翼もダメ、企業もダメ、役所もダメみたいなですね、こんな中での繁栄の快楽と安楽の全体主義に没入してる。でそれは別な言い方すると、こんなに政治家も含めてボケてる時代に場所が自分で自立で取り戻す絶好のチャンスですよ、逆に言えば。でそれを今要するにどこがやれるかっていうですね、もうそこにしかある意味でかかってない。でこれをやれなかった時に日本は本当にただ
滅びるということを僕はただ痛切に感じるだけで、あと自分はただ知識人として先ほどちらっと言ってましたけども、天津神と国津神を結ぶ間に猿田彦っていうのがいます。この猿田彦って神に自分がなることだというふうに僕は思ってますので、その猿田彦はちゃんと天津神と、つまり天なるものと地なるものにちゃんとそこをつなぐですね、その存在としての僕は知的活動を要するに一個もネグレクトすることなくやりきると。だけど溺れて死ぬわけですからね。溺れて死にます。もう分かってますね。猿田彦はね、最後溺れて死ぬ。でも溺れて死なしたのは実は天津神が天皇家のロルチャー。そこで僕は絶対自分で自己救出しますからね。でこういうことがちゃんと日本人の中でちゃんと自分たちの場所のこと、それから日本語のこと、これをちゃんと理解する、その基準となるような知的遺産は僕は吉本龍明と西田のこの2人ぐらいしか日本に本当にいないですよ。それをちゃんとやりましょうってことです。はい、じゃあ高橋さん。はい、私来たもう特に僕は付け加えることはそんなにないんですけどね、一つだけ最後にね、場所の問題やなんかを議論してた時にどうしてもチラチラしてくるのが、東洋対西洋とかね、アジア対西洋みたいな図式なんだけど、僕が今考えてるのはそういうことではありません。そういう枠組みを取っ払ったところで、まさにその山本さんの言い方であれば場所なり実務的意思なりということを考えていくっていうことになる。そうするとね、実は西洋にもそういう思考をした2人の思想家は僕の考えだといると思ってる。それはスピノザとマルクスです。だから吉本さんの思想を考えるときに、僕は補助線としてスピノザとマルクスという補助線を引いて考えたい。おそらくこれは共同幻想論を読む上でも、あるいは神経現象論を読む上でも非常に重要な補助線になるはずだというふうに思っています。それはまだ十分自分の中でできてないんで、これからの課題としてやっていきたいというふうに思っています。そんなところでしょうかね。じゃあ、そうだけね、共同幻想論を読んできても、共同幻想論へのね、批判が結局、共同幻想論っていうのは、日本の国家が、先制国家であったとかね、それ宗教的な主体が強いところは通用するけども、そうではないという議論が一方であるわけだね。これ、逆にそれを、やっぱり、暴力革命論もこれはまた論外として別個の課題で、それも含めてね、でこの武田君なんかがやってる、ポストモダンの中の違ったグループですけど、現象圏とかで、これがね、やっぱり都市の問題とかそういうことを結構それなりに提起してるんで、もう一回これをちゃんと批判しながら、やっぱりそこのところをきちっと考えたいなというので、それは逆に言ったらやっぱり僕らがやっぱり都市の問題、都市のことっていうのを同時にね、考えて、吉本さんがちょうど南東論から書いたのが72、3年ぐらいで南東論の領域の仕事が終わっててね、で88年か9年かね、89年か8年か沖縄に行って琉球湖の書いててね、ここでかなり沖縄の問題というよりはかなり普遍的な世界姿勢みたいなの出してて、バンと出してるんだね。でかなり沖縄の現地からの人は批判っていうかかなり受けなかったんだね。ある面では吉本が沖縄のことを書いてくれるっていう共同幻想が結構あって、そういうのがあったこともあるんですが、でもう一回そうすると吉本さんはその時僕らと中上と寺田倉庫っていうところでやってた時にかなり都市論をやってる都市の問題でね、都市ですよね。でそれをまた沖縄で展開して、マスメディ論以降の問題でね、ですれ違ったという問題もあって、その辺のことも振り返りながらもう一回ですね、どういう形で今沖縄の問題で憲法問題で都市の問題とかね、こういう問題を考えながら、国家の問題、共同幻想のね、そういう前後の共同も含めてですけど考えたいなというふうに今思ってます。で結局その武田君なんかの議論でいうと、結局なんだと彼らの国家論を見ると共同幻想論で幻想、やっぱり最終的には幻想っていう概念はよく言っても
やっぱり幻想は幻想だということで幻想形態として共同幻想のね幻想の阻害形態を批判している場合と幻想の一般を提起していること基本的なこともあれでじゃあその国家の問題で基本的にその暴力国家のね法的なものは自然状態からホップスのなんだかんだって言ってるけどそれ自体幻想でなかったら一体なんて理解するんだっていうようなどういう形でそれを理解したらいいんだっていうことに対して結局実態的には何も言ってないことじゃないかっていうふうな批判になっちゃうみたいなところも感じててねでだけどこういう議論を超えるのは難しいと同じようなことをね例えば貨幣論で岩井加藤ね価値形態論考えればっていうだけど彼は幻想論を除外してるわけですから貨幣は貨幣だっていうところに行くときねじゃあこれの貨幣は貨幣だって言って最終結論はマルクスの価値形態論とその貨幣論っていうのは面白いけれどもじゃあ貨幣は貨幣だ貨幣は信用があるから貨幣だっていうのは一体何だっていう幻想があるから貨幣幻想論っていうのはどう違うんだっていうどういうねすごい概念をどういうふうにちゃんと入れないのかっていうことに関してね同じように感じてる問題でもあるわけですね。だけど今我々から見るとなかなかそういう時代のそういう問題に対して回答が出せないところでみんなねうちだってるいろんな形態の連中がねそういうところにあるなということでまあでもそんなに遠くのない場所に我々もぶつかってるのかなということでまあその辺をね、超えたいと。で目下の一番の最終課題は一番持ってるのはさっき意思すると意思されるっていうことをね実践的には結局その世界を意識することによって世界を認識したり把握するっていうこと自体はね不可能でむしろそれは結果として後で出てくるのかなというふうに考えたりしてそこのところがまあ我々にとってね行動するっていうことと考えるっていうことのね一種の矛盾みたいなもので無意識と意識も含めてね人間がこうどういうふうに意識を意識できるかっていうことをねこういうことでもあるわけですけどそういう問題もまあ考えてて吉本さんの共同幻想論を読みながらまあもう一回逆にするとかそういうのをねいろんな形で以前には見えなかったっていうか前若い頃には読めなかったやつを改めてそういう基本的なところを読み返してねそんなふうなことを自分の今の日常的なところでぶつかっている問題とこう絡めてね読んでます。まあ共同幻想論自体の今後としてはですね、前回の時にはちょっとこの今日連合赤軍事件のことについて書いたなかなか面白い原稿がね、あったんでお配りして誰かもしあったら木場さんに帰りもらってってください。だからね資料まだあると思います。でありますしねで次回あたり吉本さんの南東論以降の問題で、沖縄でのそういう資料で使ったりとかいろんな共同幻想論をどう読んできたかということで批判的な読んでた人たちの意見をねいくらか読みながらね内容を深めていきたいというふうに思っています。で共同幻想論自身もねまだ今いいことは再び割とそれなりに読まれてきているということはねまあどういう読み方だということである程度いいことだと思いますので、それに自分なりにまた読んでいきたいとは思っています。はい。もう一つ僕日本言っておきたいんですけど今神様神と場所の神とそれから日本語ともう一つは着物です。着物日本人が着物を全部捨てた。これが日本人が日本人としてのリアリティを持つですね欠落するも最大の僕は原因だというふうに今見てます。それで着物というのは全部場所の生産なんですよ。場所に先ほど言った琉球それから八丈島山形のなんとかそのとかですねもうともかくですねこの場所の中できちんと自分たちの着物を自分たちの場所に即して暮らしと環境に即して自分たちで織って自分たちで着てた。でしかも自分でやってみれば分かりますけどこの帯の締め方からですねものすごい技術ですよ日本人の。これを洋服という形で全部切り替えちゃって今僕はほとんど着物着てますけども要するにこれは母親のものを全部作り直してね作れるわけで日本人がともかくもう 99% が着物を捨てたということはですね日本が持っている可能性を確実に捨てた。
でそれは僕別な言い方すると国家の問題、政治の問題、文化の問題全部集約的に考えていく上での幻想の技術的な基本である今言った日本語、それから場所の神、そして着物、それからさらに米の問題ってのはちょっとまた別にかかってきますけどもね、坪井さんのあれでこれをちゃんとね日本人っていうのはきちんと理解していった時に社会主義革命論や西欧的な社会主義革命論や暴力革命論を超える変革の可能性と経済の可能性、それから政治の可能性絶対見つけられます、これをちゃんと掴むべきです。京都は着物いっぱい着てますよ。京都だけでたくさん着てますよ。もうなんていうかもう浴衣とか。いやいや、京都は私も京都生まれ育っていろいろしとったけど。全国的な話です。でそれではですね、5時間にわたって非常に中身の刺激的な、講座でありました。で残念ながらみんな高齢者が多いから人のとこ忘れてっちゃうでしょうけれどこのお三方はここでずっと講座を持ってらっしゃるので、忘れかかった方はまた講座に参加してください。ということで一応これで終わりたいと思います。じゃああと木端さん。ハジさん岩田市連席の総括やったあの人今ちょっと来てもらえないから呼んでるんですけど、ね、岩田さんにここに来てもらえないかな。まあちょっとねいろいろ遠いからね、今なかなかあれで考えてみます。彼はね辰野にだから長野がまあどういうね彼でいいかちょっとまあこれからちょっといろいろ連絡取ってみます。それではこれで終わりたいと思います。どうも長い時間。飲みに行く人は桜水産にいつものところ行こうと三上さんは言ってる。向こうのところにあるんだ。明日は日比谷文化図書館って昔の日比谷図書館のとこね。図書館です。そうです。